まもなく D1 グランプリお台場ラウンド10始まってまいります。この後開会式が行われますが、それに先立って D1 関連の出展ブースを紹介させてもらいます。今回はモーターファンフェスタの無料エリアに D1 関連の企業の皆さんも出展してもらっています。どうぞ皆さんお越しください。今回出展しているのは東洋タイヤ、芝タイヤ、バリノ、ウェインズトヨタ神奈川、アルティア、グッドライド、トネ、ユーラス、スノコ、 BN スポーツ、プロジェクトミュー、 ATS、 レイズ、奥の松酒造、ダンロップ、ブリッド、関東工業自動車大学校、リバティウォーク、 D1 ビレッジ以上となります。また本日は道場走行が予定されています。道場走行付きのプレミアムチケットのお客様、または道場走行が当選されたお客様は13時から道場走行を行いますので、東洋タイヤ VIP スタンド裏までご集合ください。さあそれでは間もなく D1 グランプリ開会式始まってまいります。準備ができますまでもうしばらくお待ちください。It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。 Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. Well, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on the track and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。トヨタイズ。さあスタートしました。もしかしたら100点狙い。うわー来た来た、すごい振りすごい振り、返していく返していく、いった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 。中村直樹先頭、後追い秋葉流星、それでもいったそれでもいったそれでもいった、近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。
オイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。 Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. Well, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You missed the line on the track, and you could die. Not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を醸せ Toyo Tires. さあスタートしました。もしかしたら100点狙い。うわー来た来た、すごい振りすごい振り、返していくいた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 。中村直樹先頭、後追い秋葉流星。それでもいったそれでもいったそれでもいった近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。
イルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。 Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. No, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on the track, and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。 Toyo Tires. さあスタートしました。もしかしたら100点狙い。うわー来た来た、すごいグリーンすごいグリーン、返していくいた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 中村直樹先頭、後追い秋葉龍介、それでもいったそれでもいったそれでもいった近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイ85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。
イルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。 Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. Well, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on track and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。 Toyo Tires. さあスタートになった。もしかしたら100点狙い。うわー来た来た、すごい振りすごい振り、帰っていく帰っていく、いた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 鎌田直樹先頭、後追い秋葉流星、それでもいったそれでもいったそれでもいった、近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイ85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレフォグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレフォグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。
力オイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。
皆様お待たせいたしました。2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド10お台場始めてまいりましょう。まずはこの方、鈴木学さんです。よろしくお願いいたします。ようこそお台場お越しいただきました。ありがとうございます。いや今日はまた今日でこういった天気の中から始まるということになりました。この D1 グランプリシリーズ今年の最終戦ということになります。昨日チャンピオンはもちろんまだ決まっておりません。むしろさらにもつれた形ということで、今日の戦いの中で2023年度シリーズの D1 のチャンピオンが決定するというところですから、このお台場でぜひ皆さん我々と一緒に最後まで楽しんで見ていただきたいと思います。今日も一体何が起きるか、本当に全く予想のつかないこの D1 グランプリお台場を最後まで楽しんでいってください。さあ学さんありがとうございました。続きまして野村健さんです。レディース&ジェントルメン&お父っつぁんおっかさん、ようこそお台場へ。今日はお日柄はちょっと悪いですが、はい、雨の中ですが多分ねものすごい走りが見れると思います。今日で1年分の車終わりですからね。そうですね、今日使い切ってしまうと思いますので、皆さん、楽しみにしていてください。チース。はい、ありがとうございます。さあ続いてピットレポーターはこの方です。川崎編集長です。よろしくお願いいたします。おはようございます。ドリフト天国の川崎です。ピットレポーターらしいですね。解説じゃなくて、解説兼ピットレポーター。感想は YouTube の方の解説で、そうです。バンドさんと一緒にやって、そうです。水槽は、会場内の、ピットレポーターを務めさせていただきます。呼ばれなくてもちょいちょい面白そうな情報を挟んでいって学さんの方に行こうと思うので、皆さんご期待お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ続きまして今回はですねビデオオプションのライブ配信のゲストにこの方が来てくれました。 TGR チームウェッジスポーツバンド監督の坂東正さんです。よろしくお願いします。こんにちは、谷口さんの代役で来ました。今日は朝からたくさんのお客さんありがとうございます。空席除いて満席です。いや意味が分かんない。はい今日も一日頑張りましょう。はい、よろしくお願いいたします。ということで、だからマスさんはですね、ビデオオプションチャンネルの方の、ライブ配信を、解説と、それで川崎さんと共に一緒にやっていただくということになりますんでね、D1 プレミアムチャンネルの方のライブ配信の方は、私、ここ会場実況、私の実況と、そして野村さんの解説でお届けするという形でお送りしてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ続きまして審判はこの方々です。まずは審判長は上本久さん。はい、おはようございます。ジャッジストから、わかりますか、こちらです。はい、今日あいにくの天気なんですけど、最後まで、どういう結果になるのか皆さんと一緒に、見ていってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。
さあそして、審判員ですが高橋邦明さんです。お願いします。はい、おはようございます。今日最終戦、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたします。そして、もう一方審判員です。小口義則さんです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい。そして、コーナー審判員といたしまして春山隆さんにも、頑張ってくれていただきます。お願いいたします。はい。さあ審判員はですね、そのちょうど皆さん見えてるターミナル駅、あの前の白いテント、あそこで実況解説、それから審判員がいるところで後から審査するという位置でございます。はい。さあ続いて D1 イメージガールをご紹介いたします。マニュアルの車に乗る3名、まずは S1 号に乗ります D1 事務局勤務江崎ロアさんです。皆さんこんにちは。2023年 D1 イメージガールに就任しました江崎ロアです。事務局も兼任してるんですけど、今日は愛車の S1 号シルビアを持ってきたので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。さあ続きまして RX8 に乗る桑田彩さんです。はい、同じくイメージガール就任しました桑田彩と申します。今回 RX8 乗ってきましたので、ぜひ皆さんたくさん写真撮ってください。よろしくお願いします。さあ続いて S2000 に乗る南千春さんです。はい、皆さんこんにちは。同じくイメージガールを務めさせていただいております南千春です。私の愛車の S2000 も3台一緒に並んでるので、よかったらぜひぜひ見てください。はい。さあそしてですね、英語版のライブ配信のアナウンスはアレクサンダー・スミスです。お願いします。アレクシですけど、英語版のアナウンサーアレクシと申します。Good morning, Odaiba。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして今回はですね、スペシャルゲストをお越しいただいております。本日は BMX のパフォーマンスを出展エリアで予定をしております、大池水選手です。2018年日本人初のワールドカップ優勝の快挙を成し遂げました。彼女は AE86 に乗っているドリフト好きのプロ BMX ライダーで、実はオフ日にもサーキットに行ってドリフトもしちゃうドリフト女子でもあります。さあそれでは大池さん、ご挨拶お願いします。一言お願いします。皆さんこんにちは。BMX ライダーの大池水です。普段はこの BMX 使って世界中回ってパフォーマンスしてるんですけど、今日はちょっとオフをもらって、D1 を初めて見に来た。はい。でなんかその流れで今ここに立っちゃってるんですけど。ですよね。もう乗ってるってことは、これいつも乗ってるバイクですよね。そうですね。じゃあこれでよくぴょん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 飛んでる。じゃあ車の上ずっとこうぴょん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 行っちゃいます。あれ森さんの車あたりならいいと思うんで。でそれダメだからあなた寝なさい。ここに寝ろ。そしてそこを飛び越えてもらおう。はい。だから適当にこうパフォーマンスして。でもちょっと今雨で。滑るんで潰すかもしれない。じゃあ人は飛ばなくていいです。じゃあ一回飛んでみ。そんな3人並んでますけど。いやそれ無理だって。いやちょっと森君最低でもやめときなさい。はい。いや路面が濡れてるんでちょっと無理だって言って、逃げた。じゃあフリーでちょっと見せていただければと思います。はい。寝てもらっていいって。野村さん寝なさい。俺マジ俺怖いんだけど。マジでいやこれ嘘。いや見えない見えないとねちょっと待って、見えないと怖いんだけど。マイク手拍子いらねえよ。手拍子とかしたら失敗するよ。こんなのアドリブない早く。まあヒヤヒヤ。ちょっと野村さん、なんで俺こっちにね。もうちょっとくっついてよ。なんで俺こっちなんだよ。いや俺こっち。来た。うわいや信用ないから大体もうマジかよ。イエーじゃないよ本当に。いやありがとうございます。はい、大池湊さんありがとう。で、今度デモ内やるときはぜひじゃあドリフトで車でね、このお台場でやっていただくようになったら嬉しいなと。次来た時は俺が車で越えてあげます。そうですね。いやードキドキしました。はい。さあというわけで大池水さん、今日もよろしくお願いいたします。さあまた本日はオレンジのリボンをあちこちで見かけるかと思います。これは子ども虐待防止キャンペーンのリボンなんです。
D1 グランプリはこのキャンペーンに賛同し、シンボルマークであるこのオレンジのリボンを掲示しています。皆さんも多くの方に子どもの虐待問題について関心を持っていただきますよう、どうぞご協力をお願いいたします。さあ、それでは学さん、選手紹介に行こうと思いますが、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。加藤さん、行きましょう。さあ、それでは選手紹介に移っていきます。まず最初の選手です。カーナンバー88、チーム東洋タイヤーズドリフト、川端正人選手。続いてカーナンバー9番です。フォージトクルー佐藤牧場、山本航選手。続いてカーナンバー77、レノレーシング渡辺、松山北斗。カーナンバー31、芝タイヤレーシングそばぎり広大。カーナンバー69、 Z チャレンジャーブースター秋葉流星。カーナンバー6、浅井工業 SP セキュリティレーシングチーム内海明則。カーナンバー95、チームベルテックスネクスター D2D 大チャポントインチャロンポンちゃん。カーナンバー99、チームバリの N スタイル中村直樹。カーナンバー29、カーショップグリッターカーライフオレンジネクストドリーム斉藤裕二。カーナンバー51、 RS 渡辺スピードマスター岩井照義。さあ、続いてカーナンバー12、ミュゼプラチナム DD 久保川澄香。カーナンバー90、ウェインズトヨタ神奈川オレダレーシング最上元気。カーナンバー23、マーキュリー写楽人バリの下田沙也加。カーナンバー52、チーム森北岡祐介。カーナンバー46、 D-MAX レーシングチーム末永正雄。カーナンバー89、ネクスタードライブトゥドリフトラトボンチャオルディンポップ。カーナンバー86、 DSL.com 笹山茂久。カーナンバー2、芝タイヤレーシングセイムスタイル D 田中セイミ。カーナンバー75、 Z チャレンジャーブースター畑中夢と。カーナンバー39、ホットホイールズロケットバニーレーシング永井俊樹。カーナンバー87、ファット5レーシング斉藤大吾。カーナンバー56、 GP スポーツ森高弘。カーナンバー43、 RS 渡辺スピードマスター田所義文。カーナンバー98、ドリフトスターレーシングレーシングギア尾藤弘樹。カーナンバー78、チームベルテックスネクスター D2D 上野貴弘。カーナンバー45、グッドライドネクスターチャナポンケートピアン S。 カーナンバー84、 PSR レーシング橋正和。カーナンバー27、軍祭レーシング芝タイヤ茂木武史。カーナンバー7、チーム RE 雨宮松本清アパ松井幸雄。
カーナンバー70 D-MAX レーシングチーム横井正史。カーナンバー63ネクスタドライブトゥドリフトコンピシットトーインシャロンペイ。カーナンバー55広島トヨタチームドルーピー松川和也。カーナンバー11リペアクリエイトミツルパワー村上充。カーナンバー33広島トヨタチームドルーピー石川純也。カーナンバー8平野タイヤバリノレーシング久米哲也。カーナンバー79 TMS レーシングチーム G マイスターメクア幸次郎。カーナンバー93平野タイヤバリノレーシング加納弘樹。カーナンバー66チーム東洋タイヤーズドリフト藤野秀幸。カーナンバー16 TMS レーシングチーム G マイスター山口浩二。カーナンバー18芝タイヤレーシング日比野哲也。以上の選手がエントリーをしております。さあそれでは学さんお願いいたします。さあというところで選手の紹介は終わりましたけれども、ここで選手を代表しまして今回のラウンド10選手宣誓をお願いいたします。選手宣誓は昨日ラウンド9土曜日優勝者藤野秀幸選手です。はい、皆さんおはようございます。今日はあいにくの雨なのですが、雨もやみそうですかね。はい、最終戦お台場最後の日です。もう選手みんなですごい走りを見せたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあということで選手宣誓も終わり、すべて皆さんを紹介し我々も出揃ったところで始めてまいりましょうか。2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド10お台場の開幕です。シリーズタイトルスポンサーグランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、バリノタイヤ、芝タイヤ、サポートタイヤスポンサーダンロップ、グッドライド、パートナースポンサートネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、 ATS、プロジェクトミュー、
BN スポーツ、グリッド、オフィシャルウェア、ルーマ、オフィシャルアワードドリンク、奥の松酒造、メディアパートナー、ドリフトスピリッツ、3A、以上の皆様のご協力でお送りいたします。さて、皆さん開会式が終わったところで間もなくですね D1 グランプリ始まっていきますが、ここでスタート前に今回のレースクイーンの皆さんをご紹介をしていきたいと思います。まずはじめに D1 イメージガールの皆さん、先ほどね、紹介がありましたけども、改めて、皆様に PR をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。改めまして2023年 D1 イメージガールズの江崎ロアです。で、私たちは3人ともマニュアル車を自分で所持して、今回私たちお互いの愛車を持ってきました。で、私は普段 S15 のシルビアに乗ってるので、今回はシルビアを展示しているので、よかったら見てください。はい、さあ続いて順番にいきましょう。はい、イメージガールに就任いたしました桑田彩と申します。普段は RX8 に乗っています。いろいろお金をかけてカスタムしたので、皆さん隅々までよく見てください。よろしくお願いします。はい、さあ続いてはい、イメージガール務めさせていただいております S2000 に乗ってきました南千春です。イメージガール3人ともそれぞれ愛車が印字してあるトレーディングカード配っていますので、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。はい、 D1 イメージガールの3名でした。よろしくお願いいたします。さあ続いていきましょうか。トネレースクイーンの皆さんです。皆さんこんにちは。トネモタスポギャルズの愛です。ひろひなのです。トネ株式会社は今年でなんと85周年を迎えることができました。D1 の他にも様々なカテゴリーのレースをサポートしており、常に新しい視点でクオリティの高い工具を作り続けています。実際に使ってみると便利な工具ばかりですので、ぜひトネツールのウェブサイトをご覧ください。今回はトネ販売ブースも出展していますので、ぜひそちらにも足を運んでみてください。最終戦最後まで一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ続いていきましょう。皆さんおはようございます。2023スノコイメージガールリターンこと立花リリです。私たち日本石油はオイルメーカーとして活動しています。アメリカブランドでありながら日本国内で開発から製造まで一貫として行う真のオイルメーカーです。物販ブースではスノコブース52番で、グッズ販売などもしておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続いてバリノガールいきましょう。皆さんおはようございます。2023バリのタイヤを応援するバリノガールの北川美玲です。バリノタイヤからは中村直樹選手率いる尾藤選手、メカー選手、山口選手、秋葉選手、下田選手、加納選手、久米選手、森選手、笹山選手、畑中選手、あと今回から内海選手と斉藤選手の13台が参戦します。昨日は準優勝という結果だったので、今回は優勝を目指して皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ続いてチーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの皆さんです。皆さんおはようございます。2023チーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの白石美音です。同じく相坂真希です。よろしくお願いします。私たちはカーナンバー88川端正人選手、カーナンバー66藤野秀幸選手、カーナンバー7松井幸雄選手、カーナンバー77松山北斗選手、カーナンバー39永井俊樹選手を応援しています。シリーズ最後の日を迎え、とても寂しいですが、最後の決戦に向け準備完了です。戦いを支えるマシンの足元は東洋タイヤの R888R ドリフトです。グリップ力が高く、選手からも信頼が厚いタイヤで、タイヤの側面にドリフトと刻印されているかっこいいタイヤです。ブースにも展示していますので、ぜひ皆さん見に来てください。またブースでは東洋タイヤのかっこいいデモカーを3台展示しています。3台同時に展示されるのはとても珍しいので、ぜひこちらもご覧ください。昨日のラウンド9では藤野選手が総合優勝に輝きました。シリーズランキングはトップと3ポイント差の2位、3位は松山選手です。シリーズチャンピオン獲得に向け最終戦に挑みます。そしてチーム東洋タイヤーズドリフトでは関東自動車大学校ドリフト部の生徒の皆さんにも活躍いただいています。ピット内での作業やブースの設営撤収など現場実習を兼ねて毎日頑張ってくれています。青いサロペットを着た生徒さんや関東とプリントされたつなぎを着た生徒さんを見かけたら応援の声をかけていただけると嬉しいです。それでは
海外のお客様もいらっしゃるので、英語でも紹介させていただきます。Good morning everyone. Thank you for coming to Tokyo Drift. We support Team Toyo Tire Drift. Toyo tires are AAA are drift tires are trusted by racers for their high grip. We do our best to win the city championship. Please join us in supporting Team Toyo Tire Drift. Thank you and have a good day. ありがとうございます。それでは最終戦もチーム東洋タイヤーズドリフトの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ続いて芝タイヤガールズ皆さんです。皆さんおはようございます。私たち芝タイヤガールズです。今日は4人います。私たち芝タイヤが応援する31号車そばぎり広大選手、18号車日比野哲也選手、2号車田中聖美選手、87号車斉藤大吾選手を筆頭に本日12台出走します。物販ブースでは芝タイヤのグッズが販売しています。私たちレースクイーンやドライバーさんのグッズが当たるガチャガチャも大人気です。今回はドライバーさんと私たちのタオルも販売しております。それぞれ20組限定なのでぜひゲットしてください。最終戦でもある東京ドリフト、みんなで盛り上げていきましょう。それでは皆さん、私たちと一緒に芝タイヤの応援をよろしくお願いします。さあ続いてケノールガールの皆さんです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ケノール L ケノールガールのチュアンリサコとカカです。福知優です。私たちが応援しているのは山口選手と笹山選手とメクワ選手です。ケノールオイルは 100% レースのために作られたのフランス製のオイルです。ケノールブースでは特別価格で販売しております。ぜひお立ち寄りください。最終戦寒いですが最後まで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ続きましてエヴァンゲリオンレースクイーンの皆さんです。皆さんおはようございます。エヴァンゲリオンレーシングレースクイーンアスカ役の五十嵐のぞみです。マリ役の桐島聖子です。私たちが応援するのはウェインズトヨタ神奈川オレダーレーシング90号車エヴァ RT2 号機スープラです。ドライバーは今年 D1 初参戦最上元気選手です。いよいよ今シーズンを締めくくる最終戦となりました。チーム一丸となって優秀の美を飾るべく頑張っておりますので一緒に90号車の応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ続きましてリペアクリエイトミツルパワーレースクイーンです。皆さんおはようございます。リペアクリエイトとミツルパワーレースクイーン月島奈々です。いよいよ D1 グランプリ最終戦ということで本日は悔いの残らないよう全力を出し切って勝利へ進みたいと思います。カーナンバー11村上充選手を私と一緒に応援しましょう。イエローの GR86 にぜひご注目ください。本日も熱い声援よろしくお願いします。はい、さあそれでは続いてお願いいたします。皆さんはじめまして、シャークエナジードリンクの本原優奈と愛理です。私たちは、チーム DMAX70 号車と70号車の横井選手と、46号車の末永選手を、応援しています。皆さんもぜひ応援してください。シャークエナジードリンクは、クエン酸と5種類のビタミン B がたくさん入っていて疲労効果、ダイエット美容にも効果的なのでぜひエナジードリンクシャークエナジードリンク飲んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ続いてカーショップブライトさんです。皆様おはようございます。フォーストクルー佐藤牧場を応援している山田のんです。昨日惜しかったので今日は追走トーナメントに残れるようカーナンバー9山本航選手の応援を皆様よろしくお願いします。はい、さあ続いてプロジェクトミュウさんです。はい、皆さんおはようございます。プロジェクトミュウののりえもんこと峰のりえです。
プロジェクトミューは日本を拠点とする高品質ブレーキメーカー。プロジェクトミューはモータースポーツの DNA、 日本の技術、そして30年以来世界中で受けられているブレーキソリューションの頂点を作り上げています。出店ブースではモータースポーツ商品のみならずアパレルグッズなど多数取り揃えております。それでは短い時間ではございますが、プロジェクトメニューの世界に皆さん触れてみてください。皆さんのお越しお待ちしております。さあ続いてスピードマスターのレースクイーンの皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは RS 渡辺スピードマスターを応援する南瀬真由美と藤野真奈美です。私たちレーシングサービス渡辺は昭和42年に創業されたレーシングカーの設計、製造、アルミホイール製造のリーダーであり、レーシング界で培われた技術を基盤に一貫して革新的な製品を提供しています。ドライバーは43号車田所義文選手と51号車岩井照義選手です。今日が泣いても笑っても今シーズン最終戦となります。2人ともすごく、一段と気合を入れていますので、皆さんの熱い応援をよろしくお願いします。さあそれでは最後のお二人です。お願いいたします。皆さんこんにちは。浅井工業 SP セキュリティ D1 レーシングチームプロジェクトレースクイーンを務めます野々です。大鳥ゆまです。カーナンバー6ドライバーは内海明則選手です。岡山の合同セキュリティ会社合同セキュリティ会社SP セキュリティさんと、あと全国に拠点を置く浅井工業さんのコラボレーシングチームです。チームレース活動を通じてみんなを元気にしていきたい、そんな思いから作られたチームとなっております。皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあというわけで華やかなレースクイーンの皆さんが今日もですね D1 グランプリを盛り上げてくれます。この後まもなく単走が開始されます。会場の皆様は寒さ対策をしっかりとしていただきまして、今日一日 D1 グランプリをお楽しみいただきたいと思います。それでは以上でレースクイーンステージは終了です。皆さん今日一日よろしくお願いいたします。All right, everyone, good morning. That is the opening ceremony. Were you watching? Did you see me? Did you see me get all nervous? Even though I'm used to broadcasting in front of, over 1,000 people sometimes. It's a bit different when you're in person and you're doing it in Japanese. As I think it was my first time doing that, but anyway. Good morning, everyone. Welcome to round 10. We are starting the day here on time for once. Well, not for once, or compared to yesterday. Big wind yesterday that blew all the tents away, it blew half the pit away, scattered everyone's stuff everywhere, so we had to start really late yesterday. But today we're on time, which is good because it means we have a longer break in the middle of the day for all the display stuff that's happening. The drifting Lamborghinis, I don't know if you saw that yesterday. So that's the good side. The downside is, as you can see on screen right now, it is a little bit wet out there. There was rain this morning. Now looking at the cloud report, it is moving away from here, so it shouldn't rain any more than it already has. And we are up here today in the broadcast tent. Hello, I'm in the second row. There's me waving in the background there, and this is the front row with our local commentators. They're commentating for the crowd here, Nomikin and Manapi. And of course here on the internet, on the English stream, it's just me, Alexi from YouTube, doing my best to hold it down by myself. On the Japanese channel, it is Kawasaki and also Masataka Bando from Bando Racing, is the boss of Bando Racing. Super GT 500 team.
Of course, he knows a lot about drifting, so he'll be giving his opinions over on the Japanese stream. Whereas here, it's just you and me, chat. Hope you enjoy today's broadcast. It should be good. Yesterday we had a lot of action. Some really good driving here at the special stage, Odaiba. Now, if you don't know Odaiba, one of the man-made islands around Tokyo, in Tokyo Bay. If you stand in the right place, you can't see it from where we're standing, but if you move over like about 100 meters or so, you can see Tokyo Tower quite clearly. They're really close to the middle of Tokyo. So it's a great place for spectators because they can easily get here. There's plenty of parking around here as well, and trains, and also shopping malls with lots of food and good stuff like that. So if you're ever thinking about coming to watch D1 Grand Prix, maybe if they announce Odaiba, put it on your list. So how do they judge drifting? It is a subjective motorsport, which seems like a weird thing to say. But the way they do it is they use a system called DOS. The D1 Original Scoring System uses a computerized judging system. Now, what they want to see in drifting is, of course, angle. Sliding your car around the corner is what they want to see. Not small angle, though, big angle. They want to see these guys go out there, flick into the corner with big angle and hold that big angle all the way around the corner. No wobbling around, no shallowing up and reinitiating the big angle again. Just hold that angle cleanly all the way around the course. Now, this is the course here today. It's split into sectors. Sector 1, the flick entry. Sector 2 with the outer zone, holding angle. Sector 3, also holding that angle all the way to that in zone there. Sector 4, the flick. And then Sector 5, another outer zone and over the finish line. At the beginning of the end of the course, there are judge sectors where the drivers do have to drive cleanly in and out of the judge sector. They can't spin after the finish line or anything like that. Now, the zones on the track, they are indicated on the track by big chalk lines. Now, the cars don't need to go through the whole zone. Only a tiny little part of the car going through just the corner of the zone is enough to avoid getting a penalty. Now, speaking of penalties, zone penalty, line penalty, and judge penalty. If they miss any of those zones, they will be given a penalty and have points taken away from them. Same thing, line. If they go outside the course, we all know the phrase track limits these days, I think thanks to Formula 1. If they go over the edge of the track, they'll have points taken away. And also, any other things they do that are weird, for example, straightening up for a long time, they'll get points taken away. Add up all the points from the automatic judging system and you get a score out of 100 for the theoretical perfect run of this particular layout. Now, it is possible to get over 100 points, and we did see that once yesterday. Now, in the case of a DOS error, which does occasionally happen, we do have multiple human judges watching each run, and we'll go by their result from that run instead of rerunning it. Alright, so we're about to start qualifying. We have 40 drivers here competing for top 16 place in today's round 10, the final round of today's, this year's D1 Grand Prix Championship. So stick around. Qualifying will go for the next couple of hours, and then later on today we will have the top 16 battle. Today, more than usual, there will be a slightly longer break in the middle of the day. Reason is because there is some various entertainment during the middle of the day. Lower ranked drivers, for example, D1 Lights drivers doing demo runs. Also the Liberty Walk demo runs, that includes Drift Lamborghini, which is pretty cool. And some other things like passenger rides and stuff like that. So there is going to be action on this stream all day. So if you want to leave the stream running all day, go right ahead, because there will be something happening for most of the day. We start off this morning with, of course, qualifying. Time here in Tokyo is just after 10:30 in the morning. And currently the top 16 will be starting at 3:20 in the afternoon. So that is
a bit under 4 hours from now. It's about 3 hours 40 minutes from now. Sorry, 4 hours 40 minutes from now. 機械だからじゃなくて、いい審査員がいいコンディションのまま終わりまで続くと。So time here in Japan right now, almost 10:40 a.m. and the best 16 will start at 3:20. 実際にご覧いただいて、いろいろ点数を見てきたと思うんですが、かなり感心された感じがありましたね。So that is the schedule for today. So that means, let's have a look. So that means 4 hours 20 minutes from now is when top 16 will actually be starting. So if you want to come back for that, if you don't want to stick around for qualifying, you can come back in 4 hours 20 minutes from now, and we will start the top 16. That said, though, we have 40 drivers here today and only 16 spots for the top 16. So if there are any drivers that you did want to catch, qualifying is 100% your chance to catch those drivers and see how they tackle the track. We did have a few drivers who didn't make it out yesterday. For example, Daigo Saito did not qualify. Also, Yokoi did not qualify, which was kind of surprising. His car was not really set up, it seemed, well for the conditions here. We saw in that shot there before. This particular track, if you can call it that, it's a converted car park. And as you may have seen in various car park, converted car park tracks that are used in drifting competitions, sometimes they're okay. For example, the Okuibuki layout is very consistent. The surface there was laid not too long ago, and it's quite consistent. Quite obviously, in this shot, you can see how inconsistent this layout is. There's pools of water, there's patches which change the consistency of the surface in the wet. So the first group of drivers, I think all eyes will be on them to get an idea of what the track looks like when it comes to drifting. And the first driver heading out in this group. We have an onboard camera there right now. そうなんですか。その辺もドキドキしながら、だから最後まで予選通過者がわからない。そうなんですね。トップ10ぐらいはわかるけど、もちろんその後ぐらいはわからない。ということですか。So first group heading out, Masato Kawabata, you can see on screen right now. We also have Wataru Yamamoto in the S15 Sylvia. Next driver, Hokuto Matsuyama in the A90 Super. Now he's one of the drivers here today who could possibly take out the championship. He's currently sitting third in the points with 109. He is also equal to this guy, Kodai Sobagiri. Both of them, third and fourth place respectively, 109 points. And final driver in this group, Ryusei Akiba in the S15 Sylvia. Akiba really on the up in the past few rounds of D1 Grand Prix. Performing really well at the previous rounds at Autopolis. And not really doing too bad yesterday. He got knocked out in the best 8 by Ishikawa, who was the first place qualifier yesterday. So this is the first group to run today, Group A1. We have 4 groups, A, B, C, and D, split into 2 groups of 5. Each of the drivers gets 2 runs, and the top 16 score drivers will move through to the best 16 later on today. Here we go, first driver heading out right now. This is Kawabata in the 2JZ powered Toyota 86, GR86. Right, so what kind of conditions are we looking at here today? Wow, doing a great job. First run, Kawabata running right to the edge of the track, but still though. I saw one of the judges, actually the head judge, clap his hands at this run. A little bit of a wobble there, just sort of getting a feel for it. まずは最初のアウトクリップ。昨日予選落ちなのにね。よっぽど昨日悔しかったんでしょうね。
ちゃんとゾーン入ってますね。これギリギリですね。Right to the edge of the zone there. That's okay. He's still within track limits. Now this track surface, very difficult to get a handle on. 点数的には96.8。 Having a skilled right foot is absolutely key here. Adjusting your accelerator to match the changing conditions of the surface. Very important. Right, here we go, next driver now. Wataru Yamamoto, first run. A little bit of a shallow line. さあこれ我々としてはこれで山本航の点数がどれぐらい入ってくるかっていうのはね。そうですね。でもゾーン外してますね。すごい気になります。So once again today, sold out tickets for D1 Grand Prix. そのゾーンを外すとマイナス2点。これなんかギリギリの場合は上本さんが画面に向かって定規でやる定規をね昨日指してましたね。 So if you were ever thinking about coming to watch D1 Grand Prix here at Odaiba, you need a ticket person because you can only buy them locally. And they sorry, pardon me, and they sell out pretty quickly. Okay, zone 1 penalty there for Yamamoto. Quite easily seen in that shot, missing that. All right, here we go. Next driver, Hokuto Matsuyama in the A90 Supra. He's currently sitting third in the championship, equal to the next driver, Sobagiri, with 109 points. Nice angle. Oh, a little bit too right to the edge there. Wheel on the line, that should be okay. On is in. Yeah, not as much egregious limiter today like we saw yesterday. They're really having to pedal these cars around to keep the grip. You can see the rotation of the rear wheel. Speeding up, slowing down, speeding up. You can really see how quickly they have to work the accelerator. A bit of handbrake there, trying to slow it down to avoid going off the edge of the track. And not a bad score there for his first run, a 96.7. I think they're going to be fairly low at the beginning of the day. The track conditions do change. They will change the scoring algorithm slightly. Next driver, also 109 points in the championship, Kodai Sobagiri. Wet conditions, do they suit this long wheelbase Infinity? Or is it going to be difficult to show angle and avoid spinning out? Maybe a little bit slow average speed through the course. Someone in chat saying Alexi low-key advertising is side hustle, selling tickets. Yeah, that is lies and slander, sir. I did not do that. I did have quite a few people asking, but I told them to. You need to find someone else. I don't think it's an ethical thing to do, honestly. Yeah, quite slow. They look at 93 km/h entry. Low score there for Sobagiri, so it doesn't look like it's easy for him to drive that car out there. All right, next driver, Ryusei Akiba. Great performance at Autopolis. Made the top 8 yesterday. A lot of speed on the entry. And as you can see by the wipers, there is a slight amount of rain falling now, so it doesn't look like the track conditions will change anytime soon. Aggressive committed entry from Ryusei Akiba. He's one of the youngest drivers in D1 Grand Prix at the moment. And a 96.6 puts him in third place again, slow entry speed. It's only a short run up. They don't really have enough time to get a whole lot of speed for the entry, but it will help them.
especially on the first long corner, if they can carry their speed and angle deep into the reducing radius corner. Oh, that's big angle from Kawabata, a bit too much. It's going to be a course-out penalty. And as you can see, difficult to get the speed just right. これが川端ですよ。これが川端正人。僕の知ってる。まあ1本目で大丈夫でしょうということで、まずは2本目攻めてきました。コースアウトぐらいじゃひるまないですね。そうですね。行っちゃわなければ点出ないんだからっていう。さあここですね。しっかりと。Nice and smooth entry there for Kawabata. Wheel over the edge. That is the entire wheel over. That's going to be a 2-point penalty, unfortunately. As you can see in the background, the concrete wall. It is an FIA-compliant concrete racing wall and fence. That's the sort of thing you see at Formula One street stage races. First person to test it was Naoki Nakamura in Friday's practice. It flattened the car all the way up to the rear shock tower. Right, second run now for Yamamoto. Last chance for the year. All the way to the edge of the track. Yamamoto to be a -2 penalty. And honestly, in wet conditions, any kind of penalty, more so than in the dry, could mean a scrubbed run. 滑りやすい路面とはいえ横には向きにくいですね。フロントが汚いから。これでも監督選手チームとしてはですね、この雨の量非常に気になりますよね。いやだから逆に後ろの人たちは There is very light rain falling at the moment. Not really sure if it's going to make the track any more slippery. 一番最初の人たちは結構難しいと思うんですよね。参考例ないですもんね。まあでもそれでいうとこれからの選手も非常にね。And their score there 93.9 for Yamamoto. どのチームもドライを想定したタイヤセレクトでも認定受けてるんじゃないですか。マーキングをね。雨と Right, next run. Matsuyama. Chance at the championship here today. He's going all out. Big flick right to the edge of the track. That's big angle. Can he pull up in time? Nicely done. Oh, a little bit of a wobble there. He's running fairly wide there. It's going to be hard to get enough angle to go into the final sector. No, good job. That should be okay. Remember, it's the bodywork of the car that needs to go into the zone, not the tire. That should be pretty good. That looked like a decent run. And that's what we're talking about there. Stable angle. You can almost see the back of the brake rotor in that shot. The amount of angle these cars have is amazing. Suspension really working there. And there you go. Wow, that would have been a qualifying score yesterday. 97.4. Matsuyama, great job. All right, next run, Sobagiri. He's got to pull something out on this run. More speed, more angle. Looks difficult out there. There's a saying in Japan that drivers who do best in the rain were broke when they were younger, because they'd have to go out in the wet to practice because they couldn't afford tires. Not sure if that still holds up or not. Oh, and a 94.9 Sobagiri. Remember, he's currently 4th in the championship, equal to Matsuyama that we just saw run 109 points. That could be a DNQ. All right, next driver, Ryusei Akiba. He's looking for another top 16 result here today. Really working that accelerator on the handbrake, on the front foot brake. On the front foot brake. I mean, the foot brake works all four. You know what I'm saying? Left foot braking is what I meant.
角度良かったですね、これね。でしっかりとついてます。さあこれが秋葉流星のこの今のアウトゾーンどうですか？今入ってます？入ってます。これにウイングがもう上から見たら入ってます。なるほど。定規いらないですね。上本さんの定規出ないです。さあこれで今2つ目のアウトゾーンですね。And 95.6 for Akiba. やっぱり最後の方のね、角度がね、あれなんだろうな。Yeah, sector 1 only 24 out of 25. 車速もね、なんか見てるともうちょっと出てるかなと思ったら93キロだから、やっぱり松山君すごかったですね。じゃあ。All right, that is Group A1. そうですね。 And the best score so far, 97.37. That's a really good result for Matsuyama in the A90 Supra. カッパ5000円で売ろうかな。さあそして今 A グループの半分ですね、終わりましたので、ここからはもう半分が出てきますけれども、今ご覧いただいてますが、松山北斗選手が現在トップ97。All right, next group. We have the current first place point holder in the championship in this group, and that is Naoki Nakamura. And as you can see, rain has become a little bit more heavy. So all the drivers do get one warm-up run. So in this group, Akinori Utsumi, Mr. Fire. So not too much standing water. Sorry for the Americans watching. Water. There he is, Naoki Nakamura. Currently 124 points in the championship. Also in this group, Dechapon Toingcharan, one of our tyre drivers. We also have Yuji Saito in the S15 Sylvia and Iwai there in the FC RX7 3-rotor. 岩井選手ちょっとウォームアップかっこよかったですよ。かっこよかったですか？もしかしたらますよ。シャルマン以来の。もしかしたら来ますよ。岩井照義が映っていますね。でもお台場といえばウッチーみたいなイメージもありますけど、ファイヤーですね。ファイヤーですよね。ファイヤー事件ですね。でも本当に松田さん大好きですよね、岩井選手ね。ずーっと松田ですよね。These are the next 5 drivers in Group A. Yuji Saito doing really well yesterday. His car setup seemed to suit these conditions pretty well. さあそれではまずはスタート地点につきました内海明則選手です。彼のファイヤーが聞きたいですね。超ベテランドライバーですね。僕元気のないファイヤーしか覚えてないんですよ。言わされるファイヤー。 Here we go, next qualifying group heading out now. Utsumi in the S15 Sylvia, first qualifying run, very slow on the entry. Not exactly a top shelf run here for his first one, Utsumi. Utsumi not entering every round of D1 Grand Prix this year. The feint entry, it's not necessary to do a feint entry, but it is the one which will give them the biggest flick of angle. And that will give them the biggest amount of points there. Big understeer in the final sector over the finish line. Looks like the rain may have put out his fire. Yeah, for those who don't know about D1 law, he's called Mr. Fire because of an incident that happened here several years ago at Odaiba where he ran into the side of Naoto Tsunaga from Team Orange. The car's tyres made contact and his car launched up in the air. And there's a famous photo on the internet with a huge fireball coming out from under his car. And a penalty there you can see on the bottom there for that straighten. 88.0.
Once again, thank you, chat, for writing my jokes for me. I appreciate it. All right, next driver, Pon from Thailand. The S15 Sylvia. Oh, that's going to be maybe a tyre over the edge of the track, I'm not sure. But he's going all out. It's an aggressive run from Pon. A bit of a wobble there in the angle. Trying to position his car through the final sectors. This was a good run overall. Just maybe if you had a bit more speed. Now that tyre, I think, was just on the line. It should be okay. Just a bit more speed. This would have been a really good run. Still, though, should be a fairly well scored run. Good effort from Pon. And a score there, 96.2. Room for improvement, but still, nice run from Pon. All right, here he is. Here he is. He's that guy. He's that dude. Naoki Nakamura currently first in the championship, looking for his second championship win. Well, if it was a noise competition, he'd be winning it. Don't know about this run. Right, here we go. Entry. On the handbrake, shift down, hand hovering there, ready to grab the handbrake if need be, or add steering input. The rotation back, he's having to not much self-steer on these cars, they really have to work the steering wheel. Inside of that window looks a bit foggy. With the grey sky, foggy windscreen. Not an easy place to be, and a 94.4 Naoki Nakamura. That is not a good score. So a non-start for Naoki would be devastating to him today. But he does have one more run to make up for it. All right, next driver now, Yuji Saito, S15 Sylvia. It's a VR38 twin-turbo V6 from a GTR in this S15. Oh, so slow coming out of that final corner. He doesn't look too confident to step on the accelerator. Long handbrake. Just sort of using the momentum of the car to glide around the track. And just barely hits that zone, should be okay. And a 93.4, very low score for Saito. Tough conditions here at Odaiba. All right, next driver. Mr. Retro. Iwai, he's always driving cars from the 80s. This one has a 3-rotor turbo. We started that entry a bit early. Sorry, a bit late, I should say. He went a fair way off the edge of the track. Rough. It's so rough out there. It's hard to watch this sometimes. Would have been a better run if it wasn't for this. Watch this. The entry here, and he's on the accelerator to try and drive away from the edge of the track, but just slides out over the line. Yeah, just a bit out.
これだって265ぐらい入ってるんでしょ FC で。そうですね。細い方ですよ。 Great looking car though, and a -2 penalty there for EY. 出力が285入ってるんですからね。今 D1 って車の重さに合わせて1200キロでしたっけね。1250、1200だっけね。Right, here we go. Next run. それ以上が285。 Group A2. Having a hard time out there in these conditions. Second run now for Utsumi. He's going for big angle. Limiter. Here we go. Looks like the fire's back. Oh, the car gets a bit unsettled on that bump on that part of the track. 足も動いちゃうね。伸びながら行けば。車もね動きがすごくピッチングというかね、ギャップに反応しすぎちゃってますよね。はい、ちょっと見てみましょう。 That goes for a nice lead. This should be an improvement on his. Sorry, should be an improvement on his first qualifying run. It would be nice to see Utsumi out there. Haven't seen him out in D1 Grand Prix for a while. 路面の悪い面を取っちゃってるんですよね。走っているところが不運な感じですか。そうそうそう。だから減速もしちゃうし。だからベストラインじゃない。And a 94.3 for Utsumi puts him in 7th place so far. Yeah, a little bit weak on the second half of the track as well. そう今一つぐらい当たんないと不安だよね。頑張れポンちゃん。さあポンちゃんですね。All right, second run now. Pon. He's going all out. Oh, nice entry speed, but that's going to be a course out again. No. He's working so hard for this run, but it's going to be an automatic -2. He's getting good drive out of the last sector as well. Throwing big angle at the finish line. そうですね。進入のフェイントの時にフェイント側の反対切ったところが思ったよりもフロントタイヤ流れちゃって全部後々になってコースアウト気味になっちゃいましたね。The car looks fairly well balanced, but it doesn't seem to grip up when he's expecting it to. The front end kind of got away a bit there. And a 94.2 for Pon with a 2-point penalty in Sector 2, unfortunately for him. All right, last chance. This run could determine the championship. Naoki Nakamura, second qualifying run. He's currently first in the championship. If he doesn't qualify, that would be an absolute disaster. Everybody give him your energy. He has to qualify for a chance at the championship. Oh, will it be enough? Oh, I don't know. The judges are going to have to take a look at this. Entry. Yep, it should be okay. It should be okay. It just has to be the bodywork of the car that goes over the zone to avoid getting a penalty. Should be okay. Just barely, but it should be okay, Naoki. If you don't qualify, that would be terrible. Even 16th place would be fine, but we want to see you out there in the top 16. He's first in the championship right now with 3 points over second place, so it's still pretty close. Second place, of course, being Hideyuki Fujino. And he is in the last group, Group D2. So we're not going to see him for a while. This is not looking good. Oh, it puts him in the 6th place with a 94.8. I don't know about this. This is not good. This is really bad for Naoki. Well, it's going to come down to how everyone else does here today. Like this guy here, Yuji Saito's second run. Very slow rotation on the entry. Oh, and losing a lot of speed as well. And slowing down once again. Yeah, keeping an average speed seems to be very difficult here today. これなんとなくの感じですけど、やっぱり路面がものすごく雨に対して、雨量に対してものすごく反応しやすそうじゃないですか。ああ、確かに。今結構食ってましたよね、斉藤選手。Looking good until about there, until the car kind of stalled up, but he lost his momentum and had to build it back up again.
Remember, the DOS system does look at the car's speed throughout the entire course. It is recording the speed the entire time. And 92. All right, next run, EY, the RX-7. Great looking car, even in these dull conditions. Nice entry. Oh, he's going to hold this. Is he going to spin? Is he going to come up short? He's going to hit that zone. Oh, just barely gets it. That was worth it. It was worth slowing down a bit to hit that zone and avoid a penalty. More angle, more angle, more angle, more angle. Oh, EY really works for that run. That's probably the hardest we've seen someone work for a run so far. Nice angle. じゃあ岩井選手としてはもう渾身のこれ以上ない走りですね。雨量が少し減ったから。ちょうどよかった。ちょうど踏んできましたからね。手前で踏んでいけたんで。あとはこの first and second sector. Very cool. Sort of fell apart in the second zone. 角度アングル的には。 But overall, not a bad run, it seems. Let's see how the DOS will score this run. And a 94.8, so not too bad. まだ外れたね。外れた。見た目6位だよ、6位。で見た目かっこいい。ああ、見た目かっこいい。いやでも結構厳しいところですよ。厳しい点の6位だよね。厳しいな。6位って言えないよね。So these are the first 10 drivers out of 40. So it looks like, just looking at the scores so far, out of 10, probably about the top 4 is qualifying cutoff, if you extrapolate out the scores. So about a 96.1, looks like Pon is about at the bottom end of the field right now. So qualifying score today looks like a sort of a low 96. Looking at the results so far, that can change though. And the average score halfway is 95, but there's a lot of 94s there. So if more drivers get 94s, that could bring the average score down a fair bit. やりますもう一回。だってもっと雨がひどくなってきて、もっと点が低くなってきてって係数どんどん変わってってなった時はもうダメってことですね。そうですね。今入ってきました。今入ってきました情報が。今ウェットケース4。だからこの4がずっと変わんなければ。Right, next driver heading out right about now. We have our 2 lady drivers here in this group, Sumika Kubakawa and Sayaka Shimoda. Also the Evangelion Racing Supra with Genki Mogami. The JZX100 Mark II of the Solo Run Emperor, Yusuke Kitooka, and the S15 Sylvia of Masao Suinaga. そしたら各グループですもんね。そうです。もうダメ。やばい。もうダメですね。うわー、これはちょっと。とりあえず全部見ないとわからないですけど、直樹はもうちょっとね。きついですね。ちょっときついよね。ただね、逆にいい感じで言うと川端選手が僕的には昨日ね、ちょっと単走あれだったんで。完璧で今日乗ってるんじゃないかなっていう。2日ダメなことないですからね、あの人は。言ってました。なんか藤野さんがいい時と絶対にテレコでやることで。Sending them out on their warm-up run. As they head out, I'd like to say to everyone who's joined us since the beginning, welcome to Round 10 of D1 Grand Prix. This is the final round of the season. So the championship will be decided today. On screen now, the A90 Supra of Evangelion Racing, Genki Mogami. Oh, Sumika Kubakawa spinning on the warm-up. Driver on screen now, Kitooka. One of only 2 JZXs remaining in D1 Grand Prix. And final driver in this group, Masao Suinaga in the S15 Sylvia. See their onboard shot from the JZX100 of Kitooka. And there's Suinaga, the teammate of Yokoi.
can tell the difference. Suinaga has the green trim on the body kit. Yokoi has a red trim. 今のウォームアップも下田選手ものすごいところを攻めてきましたね。これいけんなーっていう感じで戻ってきましたから。そうですね。だからこのグループの中には女性ドライバーが2名いると。そうですね。いうことですね。技巧派のChat says, I watch every D1 round with my wife, and we always laugh when Alexis says lady driver. I'm just translating. They say jose driver, which means like lady driver. I don't know. It adds a bit of flavor to the field. 軽い車がいいでしょうね。とりあえず軽さですよね。 That said, though, back in the day, 軽いのが一番いいですよ。 man, Sumiko was easily the best lady drifter in the world. Now, she took some time off drifting for family, and now she's back in D1 Grand Prix. Known back in the day as Kiro-chan, or Little Miss Yellow, because she always drove a bright yellow 180SX. All right, here we go, first qualifying run. All right to the edge of the track. Sumiko going hard on her first qualifying run. This is good speed. She's being very aggressive. Remember, the second half of the run seems to have a bit less grip than the first half. Whoa, she had to back off a bit there. Nice run from Sumiko on her first qualifier. いや全体的にも良かったですよ。もうちょっと危ないかなと思った。ちょっとドキッとする部分は Right to the edge of the track. As you hear them say on the Japanese broadcast sometimes, giri giri, which means on the edge. It's about as deep as you can get into zone 1 and zone 2. Kept their speed up nice and high too. A 4-wheel lockup there, or at least 3-wheel lockup. What? 93.5? That's kind of a low score for that run, I gotta say. Oh, the flick wasn't enough? Okay, well she has to show a bit more angle next run, it seems. Alright, next run, Genki Mogami. A90 Supra. Shinji, get in the Supra. Well, that is the Unit 2 design, though, if you watch Evangelion. スピードはあったような気もしますよね。だからここなんですよね。ここのセクター2本目のこの白いところ、ここでもう今さっきの2ってところよりも前で振ってなきゃいけないんですね。Alright, there we go. So it turns out that's what Sumika needs to do. She needs to flick harder and hold that angle for longer. It seems that, yeah, honestly, compare the run we just saw to this run. Yeah, that makes sense. Would have liked to see a bit of a higher score there, but hopefully the spotter will relay that back to her so that you need more angle. A bit of an average run there for Mogami. So that's the seems to be the thing. Angle, more angle. All right, second lady driver here today, Sayaka Shimoda. Longest queue during the autograph session, I might say. There we go. Oh, looking good. Sayaka not qualifying yesterday, unfortunately. She has a popular YouTube channel as well where she documents her journey into and through D1 Grand Prix. Quite a high stance on the front of the car. It's a particular setup you see, especially on Sylvia's. Oh, and a 94.9. Alright, solid run. Little bit, speed okay. スピード遅かった手前から流してるからね減速しちゃうんだよね女性だから10点ぐらいプラスしてあげなよ So we need the drivers who are fast have no angle, the drivers who have angle are slow. That's the trick here today. Alright, next one, Kitaoka.
Oh, a lot of angle over the finish line, but keeps it straight. All right, here we go. It's the entry. Being very ginger on the steering wheel right there. 重さをね、感じさせない。そうですね。でも100乗りの勝松さんから Wet conditions, can the boats do well? See there, over RPM flashing on his display. Low entry speed, but not a bad score. It's interesting, we're not really seeing a big spread in the scores. They're all quite close, even though the conditions are quite difficult. Alright, next run. Last one in this group, Suinaga. There we go. That's a nice flick right there. There we go. It's a good run so far for Suinaga. Can he keep up this level for the rest of the run? Does he get a good drive out of this corner? Build the speed up. Angle, and then more angle into the final sector. Using the entire track. It's not a bad run from Suinaga. マスのこのエンジン燃料なんでしょうね。あ、本当だ。違いますね。違いますね。さあこれがアウトゾーンギリギリ持っていき Easy to see that slow motion. The way they set these cars up, getting on the brake, take the weight off the rear end, a bit of handbrake there to encourage the rear to go all the way out, and then back on the accelerator really quickly to squat the rear end down and grip up. There we go, a 96 puts him into 5th place. Good score there. ちょっと走らせ方の問題なんでしょうか。わかんない。僕の目と合ってない。目で見る限りはどれもおかしくないんですよね。Right, back to our first run in driver in this group, Sumika Kubakawa. DNQ yesterday. This is her last chance of the season. More angle. She needs more angle compared to her last run. Losing a bit of speed there. I don't know if this is better than her first run or not. The entry was pretty good. Sector 1, Sector 2, not too bad. 先ほど久保川選手いい走りをしたんですが、その振り出しのポイントが良くないということで。僕はさっきの方が好きだけどな、走りとしては。さあそのあたり修正ができれば点数は入ってくると思うんですが。ただ振り出しとかね、1セク2セクは問題なかったですよね。Yeah, compare that flick to her first run. Not too bad, but still not quite as good as a lot of the other drivers here. セク4ね、セク4渋いですよね。The run was clean, but there's nothing that great about it to set this run apart. She did make a bigger effort. Definitely her spotter let her know. And a 95.9. Yeah, average score. It's being brought down a bit in this group. むしろここの満点がどんな走りか見たいね。そうですね。さあそして最上元気の登場です。 Second run, Mogami in the Supra. Whoa, that's a lot of angle. Oh, he's going to spin. Ah, couldn't hold on to it. Boo. Okay, sorry, just sitting in front of me, Kuniaki, one of the Japanese judges, was giving it the thumbs down. And a spin. Let's watch this again. Nice effort. この選手はもともとなんか出てたんですか？はい、D1 ライツの方で出てて。All right, cameraman, get your shot there. There's one for the end of year report. Just don't leave this part in. 今やライバルですよね。でもすごいですよね。こういうね、チームにドライバーとして乗るっていうのはなかなかこうね、こういう構図がないんで。去年まで500馬力とか600馬力ぐらい乗ってたのに、今年から1200馬力に乗ってるのでね。しかもこんなかっこいいスープラで。そうですね。でもウェインズさんってトヨタ神奈川さんですけど、本当にディーラーとしてこの D1 にちゃんと取り組んでます。0 for sector 2 and 3. もされてですもんね。そうなんですか。だからかなりちゃんとしたチームとして。Asuka and Mari don't look too happy about that. Here we go. Last run for Sayaka Shimoda. Second run. Oh, she's missed a shift. That may have been a missed shift there. Something happened on the front straight.
Saika focusing on the rest of the run, just trying to get something out. On the most important part of the track, look at this. You see the car just kind of wobble around there. ちなみに今、雨降ってないですよ。そうですね。もう水たまりにこう雨沈み May have been a missed shift. みんな傘さしてないですもん。そうなんですよ。ウェットケース3に変わりますよ。 Into second gear. Recovers very quickly though, doesn't get flustered. Tries to do the rest of the run, but having a slow entry speed is death on this course. これはすごいな。まあ当然個々の皆さんの走り、各選手の走りを聞いて And on top of that, a zone 3 penalty. Good effort from Sayaka, but unfortunately, a missed shift. 伝えていきたいなと思いますね。 Right, next round, Yusuke Kitaoka. さあ、そして今北岡選手となっていますが。 Oh, nice smooth entry. Building his speed up. Angle not too bad, maybe a little bit more would be nice. Yeah, quite shallow on the angle. 路面選んでいいところに来ましたよ。そしてゾーン5へと向かっていきます。ここは綺麗に立ち上がっていく北岡祐介。エンジン音 And over the finish line. 踏めてますね、やはりね。そう、やはりエンジン音がいいね。昨日も言いましたけどね。この車は本当に。 Kitaoka loves the limiter エンジン音がいい。 in usual conditions, but you can hear い him いとこ選んでったんですよ。 roll on the accelerator to try and get as much grip as possible on the front straight. Get good speed for the first corner, and then got on limiter for the rest of it. And it seemed to pay off with a 96. Puts him in 4th place so far. 皆さん振り返しの瞬間をビビってなんか思い切っていけないからぬるいからダメっていう。例えば左足ブレーキを Kind of shallow angle though. Speed and angle will win you the qualifying here today. Next run, Masao Tsunaga. Oh, that might be a wheel off there. まあ流れてしまってスピンをしてしまうんだったら安全に行こうということでセクター4が点数が伸びてこないという。普通ならもっとパキーンっていう感じで行くはずですよね。だから要求が高いってこと。そういうことですね。その要求が高い。要求が高いですね。そこはそれは無理だよっていう。雨なら13しか出ない。得点の付け方なんでしょうね。It's really a shame that all these drivers can't show their true potential in dry conditions like we saw yesterday. Oh, that might be on. These tires are pretty wide. 末永選手はただ1本目96点入っているので、これを頭角ラインと言っていいのか、このグループならと言っていいのか。95.98。そうですね。なので2本目がどうかと。そう2本目がどうか。まあ当然攻めた結果だと That 思うん might be ですけれ safe ども。as long as the tire is still on the line that is in. セクター2のアウトゾーンですね。今回上尾さんがいないから九州から出てきてるの。 See the judges watching a slow motion replay. ここですね。これギリギリかな。 That should be okay. 出た部分もあるけど入ってる部分も Using every part of the track. 外形の話だったら入ってますよね。これね。入ってますよね。いやこの辺はねもう上本さんが。そっか。ゾーンに入ったのはウイングを入れるのに、アウトの時はウイングが出たからとか言わないんだね。面白いよね。タイヤですから。タイヤですよね。一輪か二輪か。ほらゆっくり今見てますから。何度も見てます。セーフじゃないですか。大体得てしてこのリプレイが長い時はもうか So なり he's the last driver in Group B1. そうですね。ただでもね老眼だからみんなねすごい見えないみたいで。 And what that means is we're going to see the points so far after this replay, after we get the score for Tsunaga. There it is a 95.8, puts him in 6th place. これチャット皆さんもちょっと心配してましたけど、やはり雨だからこれ編集長ドローン飛ばないんでしょ？あ、そうか。確かにそうですね。雨飛べないんですよドローンは。じゃあドローン映像が出始めたら、これはもう係数も変わってくるからみたいな。Actually, sorry, we'll see it after Group B2 is run. So after the entire Group B is run. So next group heading out now. This is Pop in his GR86, another one of our drivers from Thailand. Shigehisa Sasayama, also GR86. Next driver in this group, Seimi Tanaka. After the 2 rounds at Autopolis, his chance at a championship win opened up. That's him right there. He's currently sitting 5th in the championship points with 108. So if everything goes right for Seimi Tanaka here today, there is a chance at a championship. It's a slim chance, but there is a chance.
Also in this group, the J6100, Yumito Hatanaka and Toshiki Nagai on screen right there with the Rocket Bunny kitted S13. Tosh King. ただこれ中村直樹選手がもし予選を敗退してしまうと藤野選手が残った時点でかなり分かんなくなってくるっていうね。まあでも今の感じだったらもうちょっともうだってやばいですよ。今中村直樹選手は全体で12番手ですからね。12番手。はい。もう中止にならない限り結構厳しい。厳しいですね。中止ってあれですか。なかなか。朝の感じだと2人とも見てきたんですよ。Quick air check. 藤野選手は For the start, they are allowed to adjust tire pressures before the starting area. というかいい意味リラックス。で中村選手の方はもう気合が入りまくりの感じでしたね。やったるでーっていうのが中村選手。そうです。藤野選手はなんかうまくいったら勝てるのかもね。そうしたら GR86 の初めてのチャンピオンか。あ、そうだなーとかって言ってましたよ。Pop going for number 1, he says. そう柔らかく言ってた。 2JZ GR86. この車はなんか斉藤大吾選手の車なんですかって書いてある。Our second tyre driver in the series today. That's a big flick there, big angle. Can he keep this momentum up for the rest of the run? スピード感も出てきたし、なんかもう頑張れ。路面が狂ってるんですよ。Pop working so hard for this run. That was pretty good. Let's watch the entry here. 食ってるってことはちゃんと自分で分かって安心していってるってことですね。角度もサイドから全然恐る恐るいってないもん。そうですね。ちょっっとサイド With that huge ring on the back, it's almost looking like a speedway car with that flick. 角度ついたんですけど、そのままほら前に走ってきましたもんね。ちょっと This should be a pretty well scored run, I think, for Pop. ドライだからいけちゃうよ。って言ったのを信用して、本当タイの誰ですかね、スポッターはね、いるのかな。 And a great score for Pop there, 97.2 with 98 kilometers an hour entry. He's got that entry dialed there. Second place in the points. Well done. The Thai contingent will be happy about that. All right, next one now. Shigehisa Sasayama. Similar setup to Pop's car. But already you can see a real difference in the driving. Oh, front end understeering a bit there. さっきのポップ選手はドライだったような気がします。やっぱタイだからですよ。暑い国の灼熱の国。風間君いい見方だねそれね。本当そう思った。The entry there, the flick. Compared to the run we just saw from Pop, very obvious difference. YouTube 頑張ってるササヤンチャンネルっていう。もうドリフトよりむしろ YouTube を頑張りたいです。And the low score there, 93.2 for Sasayama. He's going to have one more chance. Maybe if he's sitting in his car there on the start line, he can pull out his phone and rewind a bit and watch Pop's run. Our next driver, Seimi Tanaka. 5th in the championship. Everything has to go right for him here today for a potential chance at first overall. もうドライの走りのそうですよね。侵入がドライの侵入だもん。バーンって蹴ってきてるでしょ。完璧ドライ。フェイント使ってこなかったもんね。これ映像を見てる人は分かりづらいかもしれないですよ。Tanaka maybe taking it easy on his first run. スローにしちゃったら分かんないよね。ただあそこのね、おいいけんのかセミって感じのぐらいの侵入してきた。どうですか？ウイング入ってます？ We do see some drivers going for the strategy of taking it easy on their first run and then going all out on their second. It's risky, but it can pay off. 上空から見れば最後の方はね入ってます。これはあれか。セクター3ですね。これセクター3ですね。でも審査員は今セクター1見てます。まあ注目はセクター1ですよね。でも全体の車速も高かったですし、進入も良かったですし。Not a bad run overall, but you can see a fairly shallow on the last sector there. 4番手か5番手ぐらいで通ったんじゃないか。僕もそう思います。ただ車の性能はありますけど、これ監督タイヤの性能も大きく関わりますかね。いや、あると思いますよ。温まりがね、いい See, they're working
sequential transmission and handbrake and steering and pedals. It's a lot of work to do out there. Seimi Tanaka 96.5, not a bad score. That puts him in 6th place. He really needs to make the top 16. Our next driver, Yumeto Hatanaka. First qualifying run. Didn't qualify yesterday, unfortunately. And coming up very shallow there. It's going to be a -2 for missing that zone. Still though, rest of this run, it's still a chance to get a feel for the course and the car. Limiter echoing off the buildings. Oh, and a spin. He is not feeling it today. あんまりこうタイヤを信用してないというか、たまりを信用してないみたいな感じでしたよね。ちょっと路面がドライなのかウェットなのかっていう手探り状態のドリフトだったかなと思いますけど。まあある意味どうですかね、こういうウェット路面というのはかなり経験って重要ですかね。そりゃそうですよ。あとはそのタイヤとのマッチングもねあるし。レースだってウェットが得意な人っているんですよ。そうですね。がぜん元気になる人もいますよね。ウェットだけ速い人とか。And the score there, 72.9 for Hatanaka. Only 20 years old. He's the youngest driver in D1 Grand Prix. His father was a former D1 Grand Prix driver. So we're getting into that NASCAR side of things now, where we have fathers who used to be professional drifters, and now their children are drifting too. All right, next one now. Toshi King. 2JZ in this S13 Silver. I think he's still running the Supra 6-speed in this thing. ただ踏んで足すっていうよりも振り返しをシャキンとやる方が重要ですもんね、セクター4はね。そうですね。さあまずはこれが。It's always good to see a car in D1 Grand Prix where, it could be a show car. Is it a professional drift car? It could be either. Previously, that job went down to a driver called Murakami, who drove a fully 326 power kitted out S15 Silvia. Of course, he's upgraded this year to a brand new GR86, which is a bit less show car looking. This year, it's Toshi King. Great looking car though. All right, here we go. This man is on fire today. Pop. Second qualifying run. I want to see him bring this aggression to the tandems later on today. Oh, big understeer. I'll kind of lose it on the last sector, unfortunately. Oh, that would have been a good run. But that's okay, he has a first run to fall back on. 4セクは薄く立ち上がって振り返しだけ奥目でシャキンってやった方がいいんじゃないの実は。すごいウイングがゴイン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 足がもうワン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 動いてる。でも本当にすごいこう気持ちが伝わってくる。攻めてる感はありますよね。Pop wants it. You can tell by the driving. He really wants it. さあセクター5は失敗がありました。これは点数は絶対伸びてこないんですが。まあこの1本目 and a penalty there for that big understeer, unfortunately for Pop, but that's okay. He's still sitting in second place with half the field to go. Right, second run, Sasayama. Alright, second run for Sasayama. Not a bad run. There's nothing really too bad about this run. Just once again, oh, nothing all that great. It's not a bad run though, honestly. Just a bit more speed, a bit more angle. Puts him in 12th place. Yeah, just needs a bit more of everything. A bit of spice sprinkled on top of that run. You might say that run was acceptable. All right, next run. Seimi Tanaka. This man is fighting for a championship.
足ブレーキ巧みに使ってマシンをコントロールしていきます。 This is another driver who really wants it. でも上手に走る。そうですね。いやもう上手ですよね。全体的なスピードは。そう全体的なスピードは高い。 Seimi Tanaka, the first driver who was throwing down really big entries on Friday's practice. I'll admit, he did one where I flinched pretty bad. I thought he was going to crash, but he didn't. It would be nice to see him perform in the dry here today, but... And there it is, a 97.7, Seimi Tanaka. There's his golden ticket into the top 16. Our next driver, last chance for this year, Yumito Hatanaka. Missed course and spin in his first run. Yeah, you can kind of tell when the drivers are on limiter that hard for that long. It means one of two things. Either the car is perfectly gliding along the track, or they're going really slow and trying to speed up. And I think the second half was the case here with the JZX100. So not a bad run. Improvement on his first run, but might not be enough. Good effort though from Hatanaka. Right, last driver in Group B, Toshi King. Second run. Oh, a lot of angle. He's going to come up short of the zone. No, he just makes it right at the end. Love the retro look and the livery, the Hot Wheels livery on this car. I think I saw them giving away Hot Wheels in the pits one time, a couple of rounds ago. I think it might have been at Ebisu. 加速する体勢になれなかったですよね。そうですね。まあとにかくその4セクから5セクに行くところのその姿勢を作るための準備ができてるかできてないかですね。準備をしつつゾーン2に入れない。And 95 flat there for Nagai. 昭和の車この辺が厳しいですね。やっぱさっきの FC も全く同じようで角度がついてしまった後の。 点数出た瞬間に4セク指さして。All right, that is your top 16 so far, and Nakamura, Naoki Nakamura, 17th place, DNQ. Big news. So Naoki coming into this round, first place in the championship with 124 points. DNQ. That is big. Championship just blew wide open again. Fujino with 121. And Hokuto Matsuyama and Kodai Sobagiri both with 109. Now looking at the scores there, where is Matsuyama is currently sitting in second place. So it looks like he is safe for a qualifying position. So all of a sudden, Matsuyama in the blue A90 Supra with the prototype shark wing on the back. All of a sudden, his championship's looking pretty good. 情報が入りました皆さん。はいはい、何でしょう。さあ言ってもらいましょう。ウェット係数が2変わりました。どういうことなんですか。4から2に変わったということは監督。はい。上位？各グループの上位に変わっていくと。なので今これがランキング、これが変わりました。はい。うわー、この点線より上が残ってるってことです。なるほど。ということは、そばぎり高台も落ちちゃった。わあ、大変。ああ。そばきり選手も落ちちゃったんだ。最上選手、笹山選手、畑中選手、永井選手、下田選手も落ちた。だからこうなってくると藤野秀幸 Okay, so what has happened right now is I'll try and explain this as best I can. In order to keep the judging as fair as possible, what they do is when the track condition changes, they end up taking the first top 4 scored drivers from each group
instead of just going for the straight out top 16 scores, when the track condition changes, they need to take the top 4 drivers, because remember, it's not fair if the track conditions change between groups and they're all running on the same scoring. So what this means is, so what's happened is, Sobagiri, who was previously in his group was quite strong. It was a 95.81. So Sobagiri has also fallen from the top 16. Yeah, we've seen that the rain has definitely stopped. You could see that people took down their umbrellas. So to explain again, what happens is, if the track conditions stay the same from beginning to end of qualifying, the way they determine qualifying order is the top 16 ranked drivers just get the top 16 spot. However, if the track conditions change, if they go from very wet to slightly wet to dry, obviously if we're using the same scoring system, that's unfair to all the drivers. So what we do is, the drivers are split up into groups in the morning by lottery, so it's all just determined by lottery what groups they go into. If the track condition changes from Group A to Group B to Group C, they, instead of going top drivers get the spot, it's the top 4 from each group. So what that means is, previously Sobagiri would have been in, but because that group was quite strong, Group A was a fairly strong group. We had first place, third place, and fourth place in that group, as well as some other good drivers. That means, unfortunately for Sobagiri, he is a DNQ. So all of a sudden, Hokuto Matsuyama, who qualified second, has a really, really good chance at a championship. 109 points. He's behind Hideyuki Fujino currently with 121. Now, second place in the championship, Naoki Nakamura, DNQ. Fourth, Sobagiri, DNQ. This could change things. The championship is coming down to the final round, which of course makes things a lot more exciting. So there is a 0% chance. Oh, well, there's not a, actually. Well, so there is a non-0% chance of Naoki Nakamura getting the championship, though, numerically. At this point. Nakamura, 124 points. Second place, 121 points, Hideyuki Fujino, who has yet to do his qualifying run. So numerically, there is still a chance. And of course, we still have Seimi Tanaka to contend with too. All right, next group heading out now. We just saw there Daigo Saito in this group. Mr. Average, Takahiro Mori in the 180SX. Hiroki Vito, the 1-via. And last driver in this group, Takahiro Ueno. I can see there Yoshifumi Tadokoro in the A86. And there Ueno in the Lexus. And as you can see, we're starting to see smoke. The track is drying up very rapidly. It's actually dried up quite a lot between Group B ended and Group C now. So we are now halfway through qualifying, starting Group C. Track looks quite dry, at least compared to how it did this morning. ただね、ここから見えないのが4セクとかあの辺がやっぱり見えないですよ。3ゾーンまではやっぱ見えてるんですけど、ゾーン2のあたりが全然見えないですね。そう、そこでね、大悟とかがどんな走りするのか。Did my mic clip out? Ueno. Car make TNE Ueno in the Supra. Ueno in the S15 is not here today. All right, DNQ yesterday. Daigo Saito, first qualifying run.
Oh, very shallow angle into that final sector. Big flick over the finish line. Yeah, Daigo looks a bit upset at himself for that run. 角度も維持して。さあそしてこれが係数2でこれだから結構ね点数入ってそうな気がするよね。そうですね。もうさあセクター3、セクター4ですね。ここの振り返しはちょっとやっぱり向き変わるまで時間かかってますもんね。96.6。スピードは100キロ以上超えたんですけど。You can see the entry speeds are much higher now, 103 kilometers an hour. ただ今ので96点ってことはまだなんか上に行っちゃう人がいそうな気がしますね。だからセク4ですね。そうですね。さあ今度は森高弘選手の登場です。GP スポーツの森高弘。新潟のショップ。Our next driver, Takehiro Mori. そしてこれがMaking all the nice 2JZ noises, this car. さあ監督これ何点でしょうか。これヒクヒクしてますもんね車がね。All right, as you can see, we have the drone out there now. It was raining before, so we weren't able to fly the drone. Because that was one of the highlights of yesterday, being able to see the entire track like this. From the top-down drone shot. And a 93.9. スピードもだって10キロ出てないし。さあそして田所選手です。ずっと AE86、AE86 一筋、しかもトレノですからね。さあ通路はこれのままやってきます。Our next driver, Tadokoro, no qualify yesterday as well. Oh, a bit of an understeer there. And a spin. It looks like he wasn't really feeling that entry. Having trouble with the slightly patchy surface here, it looked like. Tadokoro's A86. SR20 powered, the only 4-cylinder remaining of D1 Grand Prix at this round at least. この後、尾藤選手、そして上野貴弘選手と行きます。さあこれが今の田所選手の上からの映像ですね。そうですね。 Good top-down view. Doesn't really look too patchy from the drone view. It would have been nice to see the drone when the course was wet. But of course, we can't fly the drone in the rain. Special permission to fly the drone here today, thankfully. Those who know about drone flying will probably heard that Tokyo is a no drone zone. Also, any drones that fly need to have a registration number put on them to make things a little bit difficult. Next run, Hiroki Vito. First qualifying run in the 1-via. Oh, something a bit odd. I can see the judges pointing out there. Did something fall off the car? This looks like some sort of transmission problem. There's something, let's see, you can see under the car if something's hanging out. No, it looks like nothing's hanging down, but something did break. これ監督よくあるトラブルとしてはまたデフのトラブルかミッショントラブルだと思うんですけど、デフが噛んじゃった。駆動系ですね。動かなくなってしまうってことですよね。そうですね。Vito there apologizing for holding things up. 一瞬のうちに止まりましたね。ミッション。さあこれもし動かないとなると引っ張ってきゃいけないですね。引っ張れないですね。It looks like we're going to have to drag the car off the track. We just saw there at the last second the rear wheels locking up. ハーフタイムショーじゃないですか。さあここからあれですね、間をつなぐという意味では我々の腕の見せ所ですね。そうですか。BMX 出てこない。 Let's have a watch of this run again. Right, decent entry there for Vito. Nice flick, hits the zone, no problem. だからね、インターネット上でウェーブってできるんですかこれ？できないです。できないですか？コメントでウェーブやることはできる。Right, looking like a good run. Threads it down the middle of zone 2. And now watch here as he shifts up, all of a sudden the tires just lock up. ハーフの、だっていやだってビトンって書いてこれだって芸名で出ていいんですか？お父さんがフィリピンだからジャフのマックス降りの
にそういうんじゃない。違うそういうんじゃない。 And if it locked up, I'm not sure if the mighty Probox Toka will be able to skull drag it off the track. We'll see. でも JAF のレースは基本的に JAF のライセンスで登録した名前で出れるので、it was as he shifted up, so that may be a gearbox problem. ああ、そう名前ですから。なるほどですか。あ、ちなみに JAF ビクトで思い出した。リーひろきとかそういうんじゃないですから。編集長僕 JAF で思い出しました。今回の最終戦だけ JAF カップなんですよね。そうなんです。どういうことなんですか。 Yeah, it looks like the entire rear end is locked up. Even the mighty Probox can't drag that car off the track. Just having a look under there. It doesn't look like anything is broken. Gearbox housing, it's a bit hard to see, but nothing is leaking out there. Actually, is that, that's an exhaust. So they're going to have to put some dollies under the rear tires and drag it off somehow. They're bringing out the forklift in case this doesn't work. いやーでも今やはり来ましたね。来ましたね。大きなものが来ましたよ。このね、これサイドステップ大丈夫なんですか？いやわかんないですけど、このフォークリフトが来るとお台場を思い出します。確かに。上地のソワラからですね、手塚のスカイラインから数々の車を運んだ86から。Alright, looks like they're giving up on the dollies. 激戦のフォークリフトがやってきました。エスペリアの86。いやーでも吉岡投手の86から。僕がオーナーだったら It's forklift time here at Odaiba. そうですね。まあ大丈夫ですよ。 They're telling him, yeah, jump out because we don't want, just in case the car slips off, we don't want you in it. あ、徳ちゃんだ。ピットレポーターじゃないですかね。馬人ですね。元祖馬人。ピットレポーターじゃないですよね。バット持ってませんよ。バット持ってないですよ。そういうのもうやめたらしいですよ。あ、やめたんですか。バットやめたんですか。偉くなった。昇進したんで。時田さん指示してるじゃないですか。はい。 So let's say a quick prayer for Vito's side skirts. うまくやってくれる。もう今だって馬人改めもう JAF の内部の人ですから中の人です。誰が？副委員長とかそういうなんかね。Was it actually the drive shaft? Was it really twisted up that much? Is that what it was? I thought that might have been a bit of the exhaust. サイドステップの動きが見たいな。そのままミラーとかにぶつかっちゃったら困るから。片松さん自分が選手だったらどういうの？何ですか？ My monitor has very poor ここやめてくれるとか言います？いや言えない。言わないですね。すいませんっていうだけですね。 contrast, and it was hard for me to 何でも tell. いいんで早く撤去してください。もう本当申し訳ないっていうね。だけどすごいサイドステップも全然大丈夫。そうですね。上手にかけて。カメラさんいいですね。さすがだねカメラ。Oh, we see it from here? 結構ねこういうのねマニアの人見たいと思うんですよ。これワイズファブがついてますね。ファブついてました。青いやつ。やっぱね見ないといけないね。 海外の足丸ですね。今もうほぼほぼ People asking in chat if the guy you saw on screen just before was Tokta. Yes, he is. That is Tokta, who used to drift a Sora back in the day in D1 Grand Prix. シーケンシャルドグミッションっていうのを使ってますね。これやっぱ観客の皆さんに一瞬見せたりするんです。 He's essentially the pit manager. ボヨンボヨンってなってるよ。 Whoop, it's bouncing around a bit there. Hopefully the Forky is skilled at what he does. 魚みたいな感じですよね。 それがセリでオークション会場にこのままですね。そうですね。あ、今ちょうどフォークリフトの向こうに映ったのが谷口信輝さんがぶつかったありました。柵ですね今ね。柵ですね。昔は広岡選手もそうですね。思いっきりね。あれは柵にね見えなかったんじゃないかっていうぐらい。あれか。人間大丈夫かと思ったもんね。あれ平岡バーンって言ったよね。時は。 Right, Vito's first qualifying run ending in a stop on the track. Don't think he'd be able to repair it in time for his second qualifying run. 13だってやっぱ200万以上でしょ。ああいう車でエアロが割れたとかサイドステップが割れたって思うじゃないですか。純正の方が高いですからね。本当に間違いなく純正パーツの高いからね。買えないからね。さあこれでも本当に今ちょうど今永井選手のマシーンが回収されましたけど、ずっとこの間上野選手待ったんですね。あ、ビト選手がさっき運ばれた。20度ぐらいだったタイヤの表面温度が0度になりましたよね。これは上地0度になりましたよね。確かにこれ待ってる間に Chat says broken drive shaft in a wet condition in a wet circuit. How? You would be surprised. I saw someone a long time ago break a diff in first gear on a wet skid pan. I don't know how he did it. All right, next right now, the big luxury Lexus Ueno, first qualifying run.
ー3。風に持っていってつけていきます。 Here we go, we're starting to see some speed. まずは1本目終了ですが、ここがですね、通過して。 All right, Ueno looking a bit better than he did yesterday. Seems to be feeling it. かすめていきましたね。どうなんだ。 Oh, maybe big wings save runs there. Looks like the wing maybe was in the zone. そしてここですね。この立ち上がりも大体まっすぐ今一瞬フラッとしましたね。おかげでこの振り出しはね、そうここでね、ちょっとシャキッとした感はあったけど、まっすぐでしたよね、ほとんどね。さあ上野貴弘。ただうまくドスはどう流れに乗ってるから戻ったという判定じゃないと思います。あ、やっぱゾーン1が。Looks like it wasn't close enough. Zone 1 penalty there for Ueno. Alright, here we go. Second run for Daigo Saito. DNQ yesterday. Look, a lot of angle. He's going to come up a bit short. Oh, too much. He had the straight line from zone 1 to zone 2. 終了しましたが、これは1本目よりもね。 And with that, that might be the end of Daigo's weekend. めちゃめちゃついてましたもんね。 Yeah, too much angle. Looks like he had to cut in really shallow and go straight to that outer zone. Ended up washing too wide and going over the edge of the track. 斉藤大吾ですからやりすぎていいんですよ。そうですね。もうキャラ的にそうですね。いや、多分なんかいろいろ試したんじゃないですか。路面も変わっただろうし。はい。1本目と違うのでね。そうですね。さあ今チャットでも大悟ってめちゃめちゃ応援してくれてる。あ、やっぱ大悟ファン多いですよね。もう本当。Someone in chat said, whatever happened to that drift LFA? I believe that that LFA was a flood recovery vehicle, and instead of repairing it, what they did was take. It was a TRD NASCAR engine, I think. So basically, they just put it together with a bunch of stuff they had. So it was never really meant to be an actual competition car. It was sort of a, hey, look what we can do sort of car. All right, next run, Takahiro Mori. Coming up short. Looks like the first corner sweeper has a bit of grip now. These guys coming up short and having to extend their drift. 選手の走りを上からご覧いただきましょう。監督、これはちょっと失敗の走りでしたね。そうですね。もう角度つきすぎちゃって。It's a bit too much angle there. Yeah, a lot of smoke now. And coming up short, so I think the spotters need to let their drivers know now. First corner, drive it like it was dry. だけ角度つけると車速も落ちちゃいますし。自分が思ってるよりも多分路面状況がグリップするようになったんでしょうね。そうなんですよ。はい。多分冷えてるから行かないかな、あと止まらないかなと思ったんでしょうね。Earned the nickname Mr. Average. スピンしなかったからすごいなと思う。そう。リカバリー的には。He's the current boss of D1 of GP Sports, all the way over in Niigata, on the other side of Japan from where we are in Tokyo. Actually, it's pretty much literally the opposite side of the country. If you jump on the expressway from Tokyo and just drive west, you'll end up in Niigata. 4台ですもんね。だからそう考えるとここでちょっとね。そうです。森選手そうか。じゃあもう2本あって。And quite obviously missing zone 2 there. どうだった？はい。いや、まだまだですよ。こっちがいますからね。残りの横井選手が。森選手は有力なのが残ってますからね。まだ6台しか後半戦にね。Next driver, Tadako, second run. Oh, looking better this time. Oh, and understeering. Once again, his setup does not look suited to this surface. 17-inch, 18-inch, I think it is, stagger on this car. That's right, they actually make Watanabe wheels in 18-inch now. So if you want that retro look on your big sedan, you can do it. It's also the same wheels that are being run on the FCRX7 of Iwai. 全てが届かないのを頑張るとああなるんですね。そうですね。踏んだら届くかなと思ったら煙になっただけでしたね。
でももうこんなに煙が出る。そうですね。It's a lot of smoke for a 4-banger. SR20 in this E86. It's running a solid rear end. It's actually out of an Estima. It's an old Estima with a Watts link. So as it turns out, it was the prop shaft on Vito's car that broke. Chat, you were correct. Next driver, Ueno, last chance. Once again coming up short. He's going to get a zone penalty. All right, the rest of this run is just going to be a demo run. Let's see some smoke. He's having a bit of a struggle there. スタートしてから車車速のせいで失敗しちゃったんでしょうね。ちょっと遅いとこから振り出しちゃいましたね。そうですね。だからもう届かなかったですもんね。全然届かなかったね。あれ車速上げていけばね。でもその後のこの区間はあとはいいんですよ。ここからはいいんですね。ただ最後のセクター5のところで少し車の姿勢が乱れるんですよね。ここまではいいです。でここも角度がついて持ってきますが、ここですね。ちょっと。That's a big boat, I mean a big car to be steering around this smaller track. And a zone 1 penalty. So that was the 2 runs for each of these drivers, or only 1 run I should say for Hiroki Vito. Daigo Saito, Mori, Tadakoro, Vito and Ueno, Group C1. 今走った森選手。今2位です。So because we've changed to the separate group qualifying format because of the rain, Daigo, Mori, Ueno, Tadakoro qualifying from this group. All right, next group heading out now. We have our third tyre driver, S, in his S15. Hashi in the 4-door ER34. Takeshi Mogi in his dark purple S15 Sylvia. Yukio Matsui in the REM Amiya RX7. And Masashi Yokoi. 編集長、テレコという話がね朝ありましたけれども、どちらかがいいとどちらかが良くない。そうですね。でもこの横井選手はもうバリバリやる気、ドライを見越したタイヤセレクト。This is your next qualifying group. Yesterday, Yokoi at DNQ. これちなみにでもまた係数って変わってきたりするんですかね。ここは C は変わらないじゃないですか。あ、C はそうかそうか。C は変わらないですね。だからこの後 D で変わる。C の中でもドライになってるけど、係数は2のまま。そうですね。さあというわけでウォームアップ走行終わりましたけれども、監督この中でいやもうね、圧倒的横井さん。ああそうですね。もう今見てもそうですよね。もうね昨日ね、もう昨日走れてないっていうのもありますし、やっぱり今日はもう川端と横井の日にしてほしいなっていうぐらい2人応援したいと思いますよ。そうですね。あとね松井選手ね。はい。やっぱ昨日もねちょっとね追走の中でもっと行くかなと思ったんですけど、ちょっとねやっぱり松井選手の速さに。Chat said, is Matsui a 4-rotor or 3-rotor? It's a 4-rotor twin turbo. 松井速いなと思ってたら単体で見たらね追走の中でねみんなついてきちゃうんですよ。なるほど。さあそれではグッドライの Wait, is it twin or single? 選手からの走行となっていきます。 I can't remember. I think it's twin. レースの1本目。さあ逆振りから。All right, first run, S. Oh, our tyre driver's looking a bit better today. All right, not a bad run from S for his first run. Nice big flick there. Angle not too bad. 勝俣君が上手に言っちゃうからね、言うことなくなっちゃう。そうなんですよ。侵入の大きなフェイントでとかさ、あの辺がちょっともったいないから。だからこの立ち上がりのとこ、ここのその通りで。ここの黙ってよかな。Second half of the run looking good. Holds his speed fairly well through the connector. Smooth run. And a bit of smoke over the finish line.
そこの点数がどうかっていうところと、あと進入スピードが別にすっごい速いっていうわけじゃなかったんで、その辺がどうかなっていうところですけども、これがセクター3のアウトゾーンなんで、ここからですね。監督ここから。そうです、そうです。ここで一瞬ですね。そうですね。やっぱこの角度があるんで。ここも溜めてもシャキンと振り出せればいいと思うんですけど、溜めたのにもかかわらずぬるーっといくんではやはりちょっともったいないですよね。大きなミスはないんですけど、ただなんか追走で対人対決やってほしいなと思ってるんで。確かに。はい。Top down view again of S's run. さあこれで何点ぐらい出るんでしょうか。これはマフラー。違いますね。誰だ。マフラー落ちてますねこれ。マフラー落ちてませんこれ。No, it looks like S's muffler may have fallen off during that run. Is it dragging on the ground? Let's see if we can get another shot from down low. There we go. Yeah, it looks like the muffler has fallen off. There's a bit of a bend in it too. It's fallen off the mount. You're going to have to get that hung back up again. 間も潰れちゃってるからどうなのこれ。これちなみに走行中に落ちてしまう場合は別に点数は変わらないんですかね。変わらないと思いますよ。だってそうですね。一応チェックは受けてるものですよね。これただ次は走れない。そうこれ今編集長ものすごくリアのキャンバーがなんていうの？キャンバーっていうポジだよね。ポジですよね。そんなのあるんですか？ポジ傾向で中には何台かいますよ。ポジ。今ポジフロント鬼キャンでフロントは斜めになってるのがネガティブですよね。そうですね。ペナルティ逆側ねポジペナルティ。あれがトラクションかかってグッと沈むとまっすぐぐらいのまっすぐになる。そうですね。タイヤの面をちゃんと使える。ストロークがすごい車はそういうセットアップするかもしれないですね。しかも全然点数入んなかったですか？入んなかったですね。マフラー修理ですね。さあ続いて登場するのが橋正和。昨日のドライはなかなかちょっと厳しい。You can see from that angle the odd setup of suspension that some of these cars have. Positive in the back. It's not what you'd normally see on a car. And here we go, next one now. Hashi in the ER34. DNQ yesterday. Oh, an understeer and going off the track. Didn't keep the rear end of the car going. いやーこれはセクター5昨日と全く一緒の症状ですね。何か修理できてないですよね。だからハンドルの切れ方とあとねやっぱね車が重たいからもっとパワーがないと全然こう思い通りの車になってないですよね。そうですね。もさー今1ゾーンに入ってくるとき純正ナックルの角度でしたもんハンドルの切れ方が。切れてたらもっと踏んで走んないといけない。Let's watch this run again. It's nice to see a big 4-door 34. Like back in the days of Nomikin's campaign in D1 Grand Prix. Not a whole lot of angle. でも角度をつけられない理由があるのかもしれないですね。なんかちょっとこのセクター5でも昨日と全く同じトラブル。And 75.7 for Hashi. Quite a low entry speed considering the conditions have improved a lot. Let's see what kind of speed this car can get. 2JZ powered S15 Sylvia. It's the ideal setup for a drift car, as been proven in many championships around the world. ビギナー向け番組なのに。The first run for Takeshi Mogi. Oh, and a big understeer. Luckily that didn't happen a bit further back up the track. 怖そうな車の顔してますね。ここね。はい。ここからね。ここですね。修正で。何があったんでしょうねこれは。ハンドルがぐるんって回って親指が突き指してみたいな戻り方してましたよね。なるほど。なるほど。そんな時に見せる。There's a pretty ugly understeer right there. そう。Let's watch it again. Rebuilds lock up as he pulls the handbrake to get the rear end to step out, and right there. 持ちきれなかったっていうね。持ちきれない手アンダーですよね。まっすぐになっちゃうやつですね。
めちゃめちゃ辛い、痛い。 Not really sure why that happened. Looks like for the rest of the run, the car was doing okay, so mechanically it should be alright. Just a regular old mistake. 地方戦で出れるんですか？地方戦は出れるんだ。地方戦で出れるんですよ。弱戦じゃないから。はい。もう世代交代ですよ。世代交代すぎますよね。So double penalty there, zone and sector. さあ続いて松井幸雄選手です。今日はアパの社長。Alright, next run. Yuki Matsui in the RX-7 4 rotor. A nice entry here, the big flick, great looking car. So very distinctive livery. So flick not too bad, but a little bit lacking for the rest of it. なんかわかんないですけど、昨日見てる方がねどんだけいるかわかんないですけど、昨日の方がスムーズに。Yeah, Matsu unfortunately not having the greatest season in D1 Grand Prix in this car. ハンドルをこねくりながら。そういう感じなんですかね。 Nice look at the entry. That looks really cool right there. Well, and there it is, a 97.4. Good entry speed too. We were saying it before, it's those flicks on the entry that gets the points. Yokoi, next driver out, DNQ yesterday. Just on the down low, he's changed tyre brand because he wants to win today. Yesterday, Yokoi in qualifying, the car really bounced around. It just didn't look set up properly for the slightly rough conditions. Looks a bit better today, though. Still, though, compared to the run we just saw from Matsui, not a whole lot of aggression and flicks. Room for improvement on his second qualifying run for sure. On board here with Yokoi. 多分リズムが狂ったんでしょうね。スピードが意外と出てないことでの。ただあの進入はちょっとぬるですね。And a zone 1 penalty for Yokoi. 今日すごいこと起きますね。そうですね。さあこれで今全選手まず1本目ですけど終えました。松井幸雄選手がトップに出ていると。2番手が斉藤大吾、3番手が森高弘、4番手が横井正史。横井選手も取りましたねこれね。Alright, second run now for Hashi. 今日 looking better and better. Fortunately, it happens like this. Some drivers, it gets all the way to qualifying on the second day and they start to drive really well, but by then it's kind of too late. これで今、そういえば今橋選手来ましたけど S 選手走りませんでしたね。マフラーが落ちて。そうか間に合わなかった。じゃあ S 選手ダメじゃないですか。1本目の点もダメ。ダメ。6位ですもん。そうですか。これは S 選手としては痛いな。なるほど。確かに。なんか針金でぐるぐるってやればね、間に合いそうなもんだけどね。ダメなの。Sort of has 2 goes at the entry there. Wasn't very committed. 法律が変わったらしい。Ended up kind of shallow as a result. そうですか。橋選手の車な。でもこれ全体的に点数87.6。そうですよね。And a penalty there. I'm guessing that might be for what we were just talking about there. That's a little double go at the entry. That's a shame. All right, next driver now, Takeshi Mogi. Big understeer in his first run. Let's see what he does this time. Comes up short. He's going to miss that zone.
感も当然あります。アクセルはしっかりと踏んでいます。 And second run for Mogi once again. Late on the accelerator. Ended up going shallow. Almost stops there. On zone 2. やれるだけやってると思います。角度つけてそのまま安定させるぞっていう雰囲気は伝わってきたんですけど、走ってる場所ですね。そうですね。そうですよね。迫力とあれはアップでずっと映してたらかっこいいですよね。アップでこんなのすげえかっこいいじゃないですか。もうちょっとね内輪が浮いちゃうんですよね。車だけ映したら超かっこいい。常にですねこうほらもう左前がいっぱいいっぱい。おいごよん。Yeah, quite bumpy that part of the track. Affects some cars heavily like this one. Other cars not seemingly affected by it at all. さあ95点ということで、ただ茂木選手3番手まで上がっていましたね。グループ3番手まで上がっていました。 This actually could be kind of lucky for Mogi, considering Hashi didn't do that well. S retired. He could actually end up qualifying. All right, second run, Matsui. It's a lot of limiter there for this car. Looks great, sounds great. Also, the only driver running 17-inch rear tires out here. Most of the other drivers running 18s, some running 20. This time it's only Hokuto Matsuyama who's running 20s on the rear. It might be his first run, which is higher scored. Considering he missed the zone, I think it's safe to say that. Zone 1 and Zone 2 penalty there for Matsui. So it'll go back to his first qualifying score for his placement. Alright, next run, Yokoi, second run. Look at that rear tyre running very low pressures. You can see the tyre really compressing. A bit of a wobble there as well. Still though, average speed through the course quite high. Seemed kind of slow on the straight before the first corner entry though. ストレートスピードでも全体的にはもうまとまってたんで、我々が求めるパッションをなかなかね感じにくいですよね。横いっていうのはなかったかもしれないですけど、でも良かったと思うんですけどね。ほら、Well, and score there 96.6 for Yokoi. そうでもやっぱほら93キロじゃないですか。そうですよね。2番手ですね。このグループ2番手入ってきました。スピード出してほしいね。はい。A bit more speed. That could have been a top run of the day for Yokoi if he was going a bit faster. Alright, that's kind of surprising. Look at Group C. Takeshi Mogi, even though he had two poor qualifying runs, luckily he made it through. That's amazing. Unfortunately though, Ueno not qualifying. Also S, only managing to do one qualifying run due to a mechanical. Tadokoro spins, also Vito breaking his car on the first run. So Takeshi Mogi, luckiest guy here this weekend. He somehow lucked into a qualifying spot. 毎回楽しいでしょうね、発表が。名刺作るときも上に点数入れておけばいい。そうですね。かっこいい。So drivers who did not make it in, once again in Group A, Sobagiri coming into this event today in 4th place in the championship, a chance to take out the championship now, no longer. そうか、まずは通るっていう、そうか、あの人は頭がいいから通るっていう走りに行こうっていう。And of course that also means Naoki Nakamura is out of today's competition.
そして今ウェット係数変わりま And し his たね。 chance at a championship not looking all that good anymore. ウェット係数1ということで、まあほぼドライ、ほぼドライ。稀にパッチがあるぐらいですね。なるほど。ただライン上にはもうないと思っていいですよね。今ちょうど発表されました。ウェットコンディション1ということでウェット Alright, 係数 so 1。まあほぼドライ course と。 surface condition. Now down at 1, which is the lowest condition it can be before it's determined to be dry. There are still some bits of standing water out there. 手がかじかんでね、お尻の下から出せないもん。あともう極端すぎてお台場って。寒い。あとだからなんかタイヤとの相性もね、さっきも言ってましたけど、あるんじゃないかなっていう部分では、まあ例えばドゥルーピーさん、ダンロップさんね、まあこの辺のタイヤの内圧も踏まえて。どのぐらいでいくのかなっていうの気になりますけどね。All right, next group of drivers heading out now. Group D1. First driver was Pei from Thailand. This is Kazuya Matsukawa in the A85. Third driver heading out, Mitsuru Murakami in the GR86. Brightening up our day with that extremely loud livery. And yesterday's first place qualifier, Junya Ishikawa, in the twin-turbo V6 powered GR86. And last driver in this group, Tetsuya Kume, S15 Sylvia. そうか、4人しか残んないから。そうなんですよ。うわ、このクラス結構、いや、いっぱいいますね。そうなんですよ。村上選手もいるし、昨日ちょっとね、ファッションを見せてくれた久米選手ね。So Ishikawa yesterday pulling out an amazing qualifying run, ending up in first. His first corner flicks couldn't be beat yesterday. さあというわけでまずは D グループの前半組ですね。石川選手良かったですね。石川選手すごい良かった。バッチリウォームアップだった。さあペイ、松川和也、村上光、石川純也。MVP of the weekend, definitely Ishikawa, qualifying first yesterday and ending up in the top 4. Losing to Naoki Nakamura yesterday. 石川選手、昨日優勝してるじゃないですか。で、比較的そのコンディションと似てもうドライになってきてるんで、その感覚さえね、そのまま走れば、まあ全く問題ないと思いますし、他の人たちはね、やっぱりこう昨日通ってなかった人たちはさらに上を目指すから、そこがね、どのぐらいアジャストするかっていうのがポイントなのかなと思いますけど。で、今のウォームアップで調整しきれたかどうか。そうですね、タイヤの頭ったかどうか。村上選手あたりはちょっとあれみたいな感じはありましたね。サイド引いてきてね。さあまずはスタート地点に着きました。こちらが S 選手。S 選手。はい、グッドライドネクスター。はい。さあこちらもタイの選手です。今回タイの選手が4名してますから。あ、これペイですね。ペイ。弟。All right, next group. This is Pei from Thailand, heading out this 180SX. Oh, looking good. The Thai drivers are on it today. A little bit of a shallow flick though, but still rest of the run solid. さあ、なるほど。さあ今ペイの走り上空から見てもらっていますが、タイの選手はイベント、要は向こうのイベントはかなり駐車場で行われることが。タイはもうドリフトコンテストすごくいっぱいやってて。 Japanese commentators pointing out that most of the events that they do in Thailand are also held at car parks like here at Odaiba, so it only makes sense that these guys do well at this kind of event. さあ続いてやってくるのは松川和也選手です。お台場といえば、松川。お台場で言えばドルーピーさんですからね。フロントフォークリフトですか？フロント285ですよ。違った意味で期待でもない。ちゃんと取ってほしいですね。Our next driver, Kazuya Matsukawa, A85. That's right, the chassis is an A85. First qualifying run, nice flick on the entry. シャキ感は欲しいな。でもミスなくリアがホーシングとは思えない走りでした。Not too bad there, Matsukawa, first qualifying run. Slow flick but gets lots of angle. さあここででもミスないんじゃないですか。そうですね。
So no miss run. Hit sector 1, sector 2, sector 3, okay. Well, just barely gets the end of it. And a 96.8, 98 kilometer an hour. Not a bad run there for Matsukawa. 昨日松川通ってないですもんね。通ってないですね。はい。 Matsukawa DNQ yesterday. It's looking a lot better today. Next driver. First run, Mitsuru Murakami. Toyota GR86.まずは村上選手の1本目、ここですね。シフトアップをして振っていきます。ここはいいですね。でここ Onboard view. First half of the course looked pretty good. なかなかいかない。さあここも角度をつけても Limiter, limiter, more limiter. Back on the limiter. Oh, and a 98.1 for Murakami. 問題の4セクも結構良かったですね。良かったですね。さあ村上選手、先ほどセクター3のアウトゾーンしっかりと取っていました。そして順位や石川順也選手の登場です。 Nice run. It'll be good to see Murakami in the tandem battles later on today. Right, here we go. First place qualifier yesterday made the top 4. Junior Ishikawa. 進みもいいし、パワーねが合ってるっぽい。ってトラクションかかるもん。すごくいいですね。さあこれが石川純也選手の上からの映像。 This car looks pretty strong. Nice angle there. 綺麗にかかっていく。本当に through the first and second sectors. This car looks very well set up. 車速落ちないですからね。 Huge drive through the connector. ぶん回すって感じじゃなくて乗れてる感じですよね。これはもうただ村上選手が98点だったから。And a 97.4. セクター4ですか、足りてないのは。セクター4、そうですね。 So the engine in that car, yeah, it's a V6, but it's the 2GR. It's a Crown engine. 見せてくれるんじゃないですか。パッション。 Next driver, Tetsuya Kume. Getting aggressive on the entry. Loses a bit of speed though. Has to extend out to the second zone. ちょっと今アクセルを踏めない状況がありましたけれども、久米哲也それでもしっかりとフィニッシュラインを通過をしていきました。ゾーン1に入ったところまでは良かったんでね、あそこでコンマ何秒早くアクセル踏めてれば理想的に立ち上がったでしょうね。 There was a fast entry, but watch this. Right about here, realized you can't keep going out. おかげでラインがカクカクしましたよね。1のデモ Takes a bit more of a straight line down to zone 2. Exciting entry. に向けての準備だとしたら点数は入ってくると思いますが、どうでしょうか。久米哲也のまずは1本目。 There were good parts and there were bad parts of that run. Kume 94.3. He'll have one more chance to make up for it. Okay, back to the beginning of Group D1. なるほどね。さあ振るぞっていう感じじゃなくてシャキンってきましたから昨日は。 Second and last run for Pei. ここから2本目へと移っていきます。さあペイはどうでしょうか。 JZ powered 180SX. 集長どうですか。ぬるーっと来て後で全部頑張ろう。 Once again, going for the big flick. All the Thai drivers are on it today. 出した後から頑張ろうみたいな。あんまりね高得点。 But it just kind of looked like that after the flick, he had a bit of a hesitation away. Like, okay, did this go okay? Okay, now I'm going to get back on it. Still, that is nitpicking a little bit. Good score there overall there, 96.8 for Pei. All their Thai drivers doing really well today. Here we go, next driver. Matsukawa.
This car also with the same engine we just mentioned before, the 2GR V6 twin turbo. アウトまで行き過ぎたんですけど、そこがちょっっと心配なところですけどね。The second run for Matsukawa, very deep into the first corner. Holding a bit too deep, you can see him running out a bit wide there, sort of pull up and just barely make it. 全部白線みたいなもんだから出てないんじゃないですか。真っ白だからね。そうか、これドローだとわかんないですけど、上本さんは見てないか。Yes, that was the A86 gutter run right there, using every bit of the track and a bit too much of the track and over the edge. I couldn't really see it from that camera angle, but that may have been a wheel off also right there. He might be losing points for this run. ギリギリ落ちちゃったかなって感じですね。でもこれ中心線よりだんだん走れば走るほど白線が太くなってるような気がするんですよね。みんなが踏むじゃないですか。なんか本当の白線はどれなんだってわかんないんだよこれ。走ってる側のね。この先。Right about there, so the judges are having a look at that in the slow motion replay just to see if he had a wheel off or not. これだからもう白かったらいいんじゃないのって思ったけど、アウトすると水たまり乗っかっちゃうからその後も不利ですよね。これでも結構これリプレイ流してるってことは見てますね。まだ The judges still looking at the replay from a different angle. 助けようかと思って見てることですからね。チャットの皆さんどう思ってるんでしょうね。チャットの皆さんもでも多分僕と同じじゃないですか。We were just barely blocked out from seeing that by that that blue banner. チャットの皆さんは上から見たからわからんって、それはそうなんですよね。みんなその見てる図がどれかには。And it looks like he was okay. On is in, and that was determined to be on. Matsukawa with the 97.2. 今名言で打ち込もうとしたでしょ。2ミリにしたでしょ。2ミリなんだ。Second run, Murakami, great first qualifying run. Whoa, look at that flick. He's going for an all-in run this time. Aggressive run from Murakami. Maybe not the most famous name, but he has been involved in drifting for a very, very long time. 左右に起こす荷重移動じゃなくて上下に起こしてきますよね。あれがかっこいい。だから点もいいんじゃないですか。そうですね。アクセル踏んでる時間が長い。本当に。あんだけ踏んでてそのまま向き。Yeah, chat says that is I know I'm safe run. Yeah. 2 solid runs in a row from Murakami. Yeah, so if you put down a good run in your first run, you might as well go all out in the second and see if you can get number 1. So we'll be seeing him in the top 16, I'd say. All right, next second run for Ishikawa, yesterday's first place qualifier. I should say, of the top 4 drivers in yesterday's top 16, 3 of them were in GR86s. And the 4th was in JZX 100. So it seems that the GR86 is meta here at Odaiba. でやっぱりこの僕ね、村上選手と石川選手と川端選手3人でね練習したりしてるって聞いてるんで、なんかこの人たちが chat asking about the history of Odaiba and why they're running it here. Well, of course, drifting at a track is the ideal thing to do. But one of the best things about this particular place, an island called Odaiba, is it's so close to the middle of Tokyo. All right, second run now, Tetsuya Kume. Well, it's going to be a wheel off there, unfortunately.
getting very aggressive there as well from Tetsuya Kume. Yeah, so Odaiba, back in the day though, the cars weren't quite as powerful. They were maybe pushing 600, 700 horsepower instead of over 1,000 like some of these are now. Started out as an exhibition style of event, ended up as part of the regular roster of D1 Grand Prix venues. Now running various layouts over the years. So, for me personally, one of the best things about it is it's about 30 minutes by train from the middle of Tokyo. You can see in the background sometimes the skyline of Tokyo. You get the drone shots sometimes. It's quite spectacular. I can actually see a life-size Gundam robot replica from where I'm sitting in front of the Odaiba City shopping mall. It's a fun venue. It's also good for the spectators because all around this area there's it's a bit of a tourist area. There's hotels and entertainment and shopping malls and things like that. So after you've watched the drifty, you can head over and have a nice dinner and take the train home if you want to. There's also lots of parking around here too, which is nice. And also the tickets sell out, so I'm guessing they'll keep running it here. Because we had to close it down in 2019 due to the Olympics, and then when the Olympics were on, this venue was used as a sort of a logistics venue. Then of course there was the old thing called Corona, but we're finally back here. And so that is Group D1 run and done. So it seemed that, yeah, we didn't have Mekawa in that group. Oh wait, no, Mekawa is in this next group. Or was he? No, Mekawa is in this group. He was the first driver out. So don't worry about that on the screen right there. それを考えると今シーズンのそのシリーズチャンピオンということを考えたら藤野選手は非常に重要なこの日本。So we have two BMWs in this group, Mekawa and also Koji Yamaguchi. どんな風に走ってくるか。メクワ選手もずっと走れば走るほど良くなってますね。さあメクワコージロ。Right, final group here for qualifying for D1 Grand Prix. Kojiro Mekawa, Hiroki Kano, Hideyuki Fujino, who is currently sitting second in the championship with 121. Now remember, Naoki Nakamura, who is currently in first, did not qualify. 海外の足回りのパーツが早く出てるっていうかね、開発が早いんで、 So if Fujino can qualify and do well here today, that's going to be another championship for him. 車軽いんですかこれ？車外装が軽いやつに変えてるんで相当軽くなっちゃってますね、カーボンケムラみたいな。さあというわけでメクワコージロ選手のまずは1本目。どういう Right, next driver heading out now. Kojiro Mekawa, first qualifying run. 2JZ powered BMW. Oh, and problems for Mekawa. これまたちょっとおかしいですね。何かが。またドラシャ。 Not really sure what it is. We do know that he's had these cars have had their unfair share of drive shaft problems in this year's competition. And of course, we've already seen some issues this weekend. Rough surfaces and high grip tires and high horsepower are not a good mix. Tires moving around so much puts a lot of stress on the driveline parts. Was able to return to the pit area though. 行けたのに行けないと思ってサイド引いちゃいましたよね。そこからまたクラッチつないで踏んでっていうところで何か起きちゃったのかもしれないですね。でも行っちゃえばね。
Next driver, Hiroki Kano. This is the sister car that of the one we just saw being driven before by Tetsuya Kume. さあ加納選手、昨日良かったですからね。そうですね、いい走りを見せることができるでしょうか、加納選手1本目。さあ動き出します。さあ加納の1本目。 Here we go, first run from Kano. No, not too bad there. Accelerator pedal getting a big workout. Not a bad run. Nice and aggressive. It was fun to watch as well. ただ編集長、その1コーナーっていうか最初入ってくる一発目はどうでした？僕好きっすよ。あれ。本当ですか？全然大きなフェイントでしたけど、スピード殺すほどでもないし、距離感あったし。 Fairly big flick on the entry, that Scandinavian flick. We saw yesterday Kano having some front end understeer problems though. なるほど。後半戦だね、やっぱりね、ちょっと惜しいんだね。ただ4番手まで加納選手上がってきました。これね、本当セクター4ここだけ見えないから、俺たちにセクター4のコメントを求めないで。 Alright, next run, Hiryuki Fujino. This is his chance. この1本目がすごく重要。さあどんな感じか。 If he can put down a good qualifying run, that's one step closer to a championship. Oh, holding good angle so far. Oh, that's a nice run there from Fujino. There we go, on-board shot here of Fujino's car. Flick and a bit of handbrake. Just a little dab of the handbrake there just to keep the rear end out. Third gear all the way around, another bit of handbrake there too. Downshift into second gear and over the finish line. And at 96.8. That puts him in 6th place in Group D. そうなの？ぬるいのダメなんですって。ぬるいっていうかまとめてきちゃったからなんですよね。さあどうすにバレたの？山口。 He's going to have one more chance to make up for it. More speed, more angle. Right, next driver. Whoa, Yamaguchi running very wide off track. Oh, problems again for Yamaguchi, understeering into the final sector. これエンジンなんですか？通常ジェットです。いや、どこのエンジン？そればかりはメクア選手とは違うところで作ってるという噂を聞きましたけどね。さあ。 ちょっとね、これはちょっと全体的にまとめきれなかったので、 Not bad apart from the parts that were bad. ちょっとねやっぱり This is one way to put it. っていう中で、昨日ミスしてる人たちはそれ以上に走んないといけないから。 Someone in chat says, which of the top 16 has to choke for Naoki to still take home the title? Well, I think the number one thing is this group, Fujino, who just did his run in the Toyo GR86. If he doesn't qualify, that makes it much more likely for Naoki to win. And he just did a run and got 6th in his group. He needs to get 5 or better, 5th place or better to qualify. No, 4th, sorry. 4th place or better to qualify. Our last driver, this is the Joker in the deck, Tetsuya Hibino. Hibino going for the crowd pleaser back entry. You can show that run to pretty much anyone and say, hey, who's driving this car? Well, it's definitely Hibino.
ここはやはり減点がありそう。でもこれを修正しつつ持ってくんだからすごいですよね。でもやっぱ前にこうね、持ってくるのがね。で4セクがいいと思います。我慢して我慢して。Last part of the track, maybe okay. 僕は嫌いじゃない。点数は別に。Let's watch this entry again. チャットのコメントでもこれも失敗ですけど、失敗ですけど好きです。でもパキン感を出そうとしてる感じはあるんですよ。ありますよね。Not ideal to do that in competition if you don't get it right. If you do get it right, though, it's fine. But the chances of nailing that kind of entry in a competition sort of format, not great. したらすごい得点が出るわけですからね。そうですね。だからそこは狙ってるんでしょうね。はい。さあ今日比野選手の得点をこれから出そうというところですが。You can really see it right there as the rear end steps out. It comes back again. He's kind of a bit choppy. DOS likes to see consistent, clean angle. I mean, as the judges normally do anyway. You can see that part of the track there starting to dry up. The color of the surface really changing. He will get one more run. Alright, so it looks like Mekawa may not be doing his second qualifying run. We have Kano at the start line. So Mekawa unfortunately out. So what sounds like mechanical problems. あとね、後半ほぼ見えてない。藤野選手とかはもう気持ちも入って通ったって言っちゃうんですね。確かに。これでだってみんな通んないでチャンピオン争いがなんていうんですか。その松山選手待ちみたいになったらなんか微妙じゃないですか。さあなんで出ないの？ドスが例えば取れてないとか。なんか昔あったじゃないですか。折戸さんの。I think the judges are looking to see if he went through the final sector or not. He may have been a bit shallow. Having a slow motion look at the third outer zone. In the previous run from Hibino to see if they're going to give him a penalty or not. ターザン山田がいるかどうか探せっていうやつですかね。ターザン屋さんいないですね。ボーリーを探せ的なね。ゾーン3を通ったか見るためだけにカメラ3カメぐらいを駆使して全方位からチェックしてますからね。映ってますよ。君映ってますよ。柴タイヤの応援のねファンの方々ですね。日比野哲也選手のうちわですね。今持ってるのは。ただこれ今待ってて今次がメクワ浩二郎選手でメクワ選手はマシーンがどうかですね。そうですね。でも今スタート地点にはもうすでに加納弘樹選手がついているので、さあただこれ藤野選手の心情とどうなんでしょうこれ。Being 100% sure about. Okay, they're on the radio, so it looks like either he's going to get a penalty or not. We do have spotters standing around the track, keeping an eye on the zones that the judges up here in the stand can talk to and see if they're not sure about the video replay. そうなんですか。はい。トネさんと柴田さんのレースクイーン足して6。なるほど。はい。すごいですね。出ました？出ました？さあどうだ。And it turns out that he did miss that zone. なるほど。これはそうですね。Hibino too far away from the zone. これちなみに日比野が最後に走るってことは、もう本当藤野選手結構いい点数出さないと、最後の今度日比野待ちみたいになりますからね。日比野ももう死ぬ気で来るわけじゃないですか。いやーこれ2本目。さあ続いて登場するのは。He will get one more run to try and make up for it though. Right, here we go. Second run now for Kano. Nice big flick there. Needs to keep this going. Keep it going. All right, looking good. Oh, understeer though. Understeer. You can see the front end washing out. Oh, that was so close to being a great run. さあまずは進入角度をつけて入ってきました。セクター2のアウトゾーン取ってます。ちょっとフロントが残ってる感じがありますが、セクター3へと入っていく。さあ編集長ここからどうですか？4セク Last run of the year potentially.
getting aggressive on the entry. 4セク大きくなったそうですね。4セクはちょっと見づらいかもしれない。でも面白いですね。この人本当 Z スタイル変えないで走りますもんね。個性は出てますよね。踏んでるし。振り出しかっこいいんですよ。それで。だから前半戦かっこいいんですよ。なんかだから本当に器用なんでしょう。Cool looking run, exciting for the spectators to watch. Right out here, look at that front tire. Look at that front tire. He steers out of the drift. ここがね。なんかゾーンに as it starts to wash. スルッとケツが回って入っちゃったってですね。It wasn't a complete straighten, but it was pretty ugly. Entry though, nice and exciting. Big flick on the entry. And he got a penalty for that understeer, so it was enough for the judges to give him a penalty for that. 90.9. もう高橋邦明さんがもうずっと言ってますね。戻った。さあそして皆さん藤野選手ですよ。藤野選手。Alright, here we go. This run could determine the championship. Here we go, Fujino. Looking good so far. Fujino needs to qualify. He absolutely needs to qualify in the top 16 to keep a potential top 6 to keep a potential championship within his grasp. Alright, no mistakes on this run. だからこれね難しいのは例えばこれ 97.0 とかだと日比野選手もまだいるし Don't forget we still have one run to go with Hibino. 点が出ない理由があるとしたら4セクの角度がね Fujino needs to be in the top 4 in this group of 10 drivers. And there it is, number 1. So a guaranteed entry for Fujino to make it through to the top 16. One step closer to a potential championship here today, being decided at the 10th and final round of D1 Grand Prix at Odaiba. Fujino coming into this round, second place in the points behind Naoki Nakamura, 121 points. Naoki 124. Naoki DNQ. All right, next run, Koji Yamaguchi. With his teammate Mekua out for mechanicals, down to Koji Yamaguchi to try and get a qualifying score for the twin BMW team. スピードがありすぎたんですね。減速したらちょっとカクカクってなりちゃいましたね。セクター4の点数取りたんですね。そうですね。Promising entry from Yamaguchi, just skims through that zone. The line gets a little bit off. And once again, right on the edge of the zone. Holds a lot of speed. And at the last second, look at it, he has to wash off speed at the last second, carrying too much speed into that corner. And drops his speed all the way down. So that might not be a great score for his second half. Yeah, 9th out of 10 cars in this group. Well, Fujino is in, so we don't have to worry about Hibino knocking him out. Second run for Hibino. A little bit more conservative this time, but he needs to get a qualifying score. Oh, wheel off. He stayed on the gas a bit too long. You could see him left foot braking at the same time. これはどうですか？まずはここはギリギリなんとか通っている。良かったですよ。そしてこれセクター3はちゃんと取れてます。はい、ここも良かったですよ。So zone 1, zone 2, no problem there. First half of the run looking good, looking like a qualifying run. ここです。Right about there. あ、違う、コースアウトもしそうだったのか。そう。なるほど。そうか頑張ったのが時間差できてコースアウトしちゃったんだね。そうなんですよ。でもオンライン。そうです。あそこの線も太いです。結構オンライン厳しい感じありましたけどね。あ、本当？明らかにダメ。いや、That may have been okay.
He was a fair way off the track, but it might still be on the track. ちょっと分かりやすいと思います。ちょっと皆さん見てください。ここですね。なるほど。どうですか？ここです。ここ。これどうなの？微妙って微妙ですね。ダメですよね。そうですね。前例からするとダメっぽいですね。タイヤの外側で考えたらアウトですけど、内側にあるんですもんね。まあわかんないです。谷には落ちないかもしれない。でも見てる人が見てたらもう出てるって感じでしょうね。僕はまあわかんないですけど、はい。希望的観測で大丈夫と言っておきましょう。2人がオンラインの時はダメか。 And it turns out, he was offline for Hibino. 7th place in this group of 10. So a DNQ, unfortunately, for Hibino. たらればですけど出なかったら4位でしたね。そうですね。So the qualifying has been determined. We have our top 16 drivers for the battles later on today. この後ですね、各グループの順位が出てきました。大変なことになりましたね。 So because of the changing conditions, we had wet this morning and now dry. We are using not the straight up top 16 format. It's the top 4 drivers from each qualifying group. So what that means is Sobagiri no qualify. 3rd in the championship is out. Also in that group, Ryusei Akiba is in. Hokuto Matsuyama, 3rd in the championship with 109 in. Naoki Nakamura out. 1st place in the points. It's not looking good for another championship for Naoki Nakamura. On the other hand of that, Hideyuki Fujino in on that last run. One of the best runs we've seen in qualifying so far. So we have our top 16 drivers. And number 1 qualifier is Fujino. He's 2nd in the championship right now. It's looking good for him today if everything goes right. Team Toyo pretty happy about that. Also on that subject, Matsukawa and Ishikawa, the Team Droopy drivers, both of them in. It's been a while since we've had both of those drivers qualifying. So that is the top 16. Alright everyone, thank you so much for watching. If you want to come back for the tandem run, so the time here in Japan is just before 1 o'clock. So we are exactly on time, which is kind of nice. The top 16 round 10 tournament battle will start at 3:20 p.m. So time here right now is 1 o'clock. It starts at 3:20. So 2 hours, 20 minutes from now is when we will be starting the top 16 battles here at Odaiba. Hopefully it's going to warm up a little bit. It's really cold right now. Haven't been this cold for a while. Luckily though it stopped raining. That's the one good thing. So everyone watching, we'll be back in 2 hours, 20 minutes from now for the top 16 battles for round 10, and we will find out who will take out the championship for the 2023 season of D1 Grand Prix here at Odaiba in Tokyo. So once again, time here, 1 p.m. in Japan, and we will be back at 3:20 p.m. So 2 hours, 20 minutes from now, if you want to set an alarm on your watch, on your phone, or even your watch if you're still wearing a watch, or you can leave the stream running the entire time. When you hear my voice, you know that's time to come back. So this stream will continue running the whole time. There is some entertainment during the day. We have some guest drivers doing demo runs, passenger runs. We also have the Liberty Walk demo run at 2:40. So that's an hour and 40 minutes from now. And the actual top 16 battles will be starting at 3:20. So that's 2 hours and 20 minutes from now. So if you want to just leave the stream running in the background, if you want to second monitor it, or just leave it running on your TV in the lounge room, go right ahead, because it'll keep running the whole time. There'll be stuff happening. There will also be some old retro videos from Option, some back in the day D1 Grand Prix.
監督が最後決めてください。And we will be back at 3:20 p.m. for the battles, which will then go on into the night. So we end the event in the dark, which I think really adds to the atmosphere here. Some real Tokyo Drift style feel to it here at Odaiba. So yeah, sorry to all the North American viewers. I know it's kind of late for you guys, but hey, look, it's Saturday, right? What else you got to do? It's Saturday night. Stay at home, watch some D1. チース突然こっち来いと何これ。野村さん、じゃあお越しいただきましたけども、皆さんこの後 CM を挟んでレディースドライバータイム、その後ビデオオプションアーカイブより珍レース企画、ラジコンレース、トレインカーレースなど野村さん活躍した番組をですねご覧いただきたいと思います。このどこにカメラがあるのか。So what's happening right now? This is the ladies driver demo run. So we have all lady drivers coming out right now. I know it's some of you may think it's I don't know a better way to say it. Female drivers? I don't know. Stay tuned. This contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. No, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on the track and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。トヨタイズ。もしかしたら100点じゃない。うわー、来た来た、すごい振りすごい振り、返していく返していく、いった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 。中村直樹先頭、後追い秋葉流星、それでもいったそれでもいったそれでもいった、近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレ工具さん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。
ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they are refined, the real deal. Cusco. 6台6台ですね。はい、さあ6台というところで、なんかやはりこれだけ集めますといつもとはちょっとがぜん雰囲気の違う感じなんですが、私はよく知ってるだけに逆にですね非常に怖いんですこの方々が集まるとちょっと私はビビってしまいます本当に。さあ今、はい、じゃあ前に出ときと言ってもらいましょう。そしてはい、深田樹も今入ったところで、さあでは改めてこのレディースドライバータイム1人ずつ、紹介していきたいと思いますので、さあまずは多分ね、前半2人はちょっとねここにいるのが嫌だっていうぐらいに悔しがってんじゃないかと思いますけれども、この青いマシーンに乗ります下田沙也加選手です。皆さんこんにちは、やばい声がもうカツカツです。声がカツカツって私ですよそれはもう本当にお疲れ様でございます。はい、ダメでしたね。はい、ダメでした。悔しいね。泣きたいですですよね今ね、でもねここはちょっと、泣きたいところをこらえて、ちょっとレディースドライバーとしてのね走り、今どれだけのレベルがあるかはねもう皆さん知ってますけどもね、今日見せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそしてもう一人、やはり来たくなかったここには、悔しがってる。はい、この方どうぞ自己紹介。はい、今ね皆さんに走りをお届けした、ミュージックプラチナム DD の久保川すみかです。はい、久保川さん、今シーズンからやっと D1 グランプリ、ね、でも前線オートモリスではね、やっと追走でやっと開幕戦、ただここ台まで残りたかった。いや本当です、まさかの振り遅れ取られちゃってですね、額いやというところで残念なんですが、最後もまだちょっっと皆さんの前で思い切った走りちょっと見せていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして今日はクレスタか、このライツシリーズでとにかく活躍してて、一歩この上までね、そうですね、はい、本当に行きたいというふうに思っている阿野選手です。皆さんこんにちは。 D1 ライツに参戦していますロケットバニーレーシングドリフトスター阿野如月です。よろしくお願いします。はい、阿野如月選手もでも実はここ走ったことあるんですよね。あります、そうです、4年前にそういう形と、下田選手もここ走ってたんですね、その時にね。そうライツのドライバーとして、走っていた如月選手もまたお台場に戻ってきましたんで、ぜひ今回は普段参戦している180は、ワークホイールズブースに展示させていただいてまして、でその前乗っていた、以前走っていたクレスタで走らせていただきます。ちょっとぜひ頑張って走りの方も見せていただきたいと思います。さあ
そしてまた同じくですねライツシリーズで、今年からだよね、参戦して活躍して、確か日光では5位6位、というところにいきなり、ね、入ってきた玉木椎名選手です、チーム東洋ダイヤズドリフトで D1 ライツに今年から参戦してます玉木椎名と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このチームトヨタヤドリフトのねカラーのね180なんですけれどもね、まあだからこの辺はここはライツの2人で、実はバチバチでねいう形で、走っている中というところなんですけれども、今日はじゃあこの車で本当に素晴らしい走りちょっとだけで見せていただきたいと思います。さあそして、ここ2人は今さらにこの上を狙ってね地方戦で頑張っているというところで、三品和樹さんです。皆さん、はじめまして。チーム堀内製作所の三品和樹と申します。はい。ですよね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。とにかく本当はこの上までねちゃんと行ってさらに D1 まで目指してというところで頑張ってるんですもんね。はい、そうです。来年ちょっとライツに出ようかと、はい、なんとか何年もそれ聞いてるような気がしないでもないんですけどもね。来年こそはい、頑張ってライツまで来ていただきたいと思います。じゃあ今日もねちょっと走りを見せてください。お願いいたします。さあそして最後この車だけはねよく見たことあると思うんですけれども、やはり地方戦で今活躍して、早くね、ライツシリーズまで上がりたいなというところだと思いますけれどもね、深田いつき選手です。はじめまして、田辺 SSR チーム団何を言ってんですかあなた。ごめんなさい、ちょっと緊張で。はい、大丈夫ですよ。すいません、ごめんなさい。もう一回行きましょう。もう一回行きます。田辺 SSR チームダンロップ深田いつきと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。深田いつきという名前で分かったと思います。これね、これ多分ねお台場走ったことあります。あります。はい。まあ大した成績ではなかったんですけどもう5年以上経つと思います。そうですね。でその時乗っていた D1 マシン、これお父さんの深田忠宏選手の乗っていたマシンを今回このデモランのために奪ってきました。もう持ってきたんですよね。本当は自分の車とかあったんですけども、その前の戦いで潰しちゃったし、そうなんです。これしか綺麗なのなかったからもうこれを持ち出したというところで、多分ご両親が見守ってる中だと思いますけれども。いました、そこに大きい人が。はい、お父さん写真動画撮ってる場合じゃないですよ本当にね。運動会のお父さんみたいな運動会を見に行ってるお父さんみたいな。ほとんど運動会のお父さんだよもう。はいね、というところでじゃあこの本当にね深田選手のこのマシンを使ってちょっとね走りの方を見せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあということでどうすんだ、僕ね聞いてないんですけども、このまずウォーミングアップ全然走ってないですもんね。なんかさ早くしろよみたいなさ、あんたたちはもうね、あなたたちは走ってるからいいけどこっから先あんま走ってないもんね。あと今日クラッシュやめてくださいね本当に。この後の競技に影響あるようなコンクリートウォールに行くようなことは絶対しないでくださいよ、あなた特に。いいですか。でもこれがぐちゃぐちゃになるのちょっと見てみたいなって感じが。ダメ先に謝っとけ本当にねいうところで、まずは単走の走りから、見せていただきたいと思いますので、それでは準備お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
はこのレディースドライバータイムというところで、この6台のマシンがこの後コースを乾燥ウォーミングアップをまずしてからですかね。ウォーミングアップをしてほとんど走ってないんですよね。昨日雨の中ちょっとだけ1周2周ぐらいですかね、本当に確認した程度というところなんで、いきなり行かせると確かにもう見るに見かねない状態になってしまうのはちょっと痛々しいので、無理はさせたくないんですが、いや実は女性ドライバーというのは本当にこれステアリング塗るとガラリと性格が変わるというんでしょうか、いい思い切った走りというところをする方もいらっしゃいますんでね、ちょっとドキドキ怖い感じもいたしますけれども、まずウォーミングアップをして単走をしていただき、どうやらできそうなところで追走もデモでやってみようかなというところだと思います。そうなると D1 グランプリドライバーですからね、2人はね、当然久保川澄香、そして下田沙也加、この2人に関しましては全然問題なく追走いけるとは思います。ただ追走残れなかったんで相当やりたいんじゃないかなという感じもいたしますしね、もうとにかく追走行くことが D1 まで上がってきたこの2人、追走に行くことがね本当に一つの目標でシーズンを戦ってきて、ベスト8以上こういったところまで追走で勝つというところまで本当に頑張ってね戦ってきたんですけども、今シーズンこの2人ともねもう終わってしまいましたんでね、今単走落ちということになりましたから、そしてさらにはライツのねライバル同士になるんですけれどもね、玉木椎名選手と如月選手、この辺りも追走は2人とももちろん経験ライツの中でもありますからね、できるといえばできるんですけど、ちょっと危ないことになったり本当にコンクリートウォールに当たったりすると、この後の確かに、デモラン含め追走まで含め迷惑かかってしまうとまずいのかななんとは思うんですが、やれればやりたいなという感じもしないんですけれどもね、今本当に粟野選手もそれから玉木椎名選手もですね、このライツシリーズ D1 グランプリの一つ下ということになりますけどね、下部カテゴリーなんですが、その中で本当にですね D1 グランプリ権を得るためにもうライツの中で上位、成績を収めますと、本当にその上の D1 グランプリに出れるライセンスがもらえるということになりますんでね、そして D1 グランプリを目標に、頑張っているそのライツで戦う2人ということになります。玉木椎名、如月、そしてそのライツに出るためにはさらにその下部カテゴリーになります地方戦というものがございます。 D1 ディビジョナルシリーズという形の中で、そこでやはり上位成績を収めてポイントを取るとライツに出れる権利が、もらえるというところで、そこをね頑張って、この三品和樹選手、深田樹選手、こういったあたりがですね、頑張ってそのライツを目指しているというところなんですが、来年あたりは確かに2人ともそこそこいいとこやっときそうかなという形の中で、このようにですね実は女性ドライバーが男性ドライバー含めまして全く同じ条件下の中で、本当にこのドリフトの競技の場合はしのぎを削っている、最近のモータースポーツももちろん全てのレースにおいてももちろん女性男性の差別がなく、やってるんですが、昔はドリフトもレディースリーグというのがございまして、その女性ドライバーだけでやってたっていうね時代もあります。その中でのレディースクイーンといいますかね、もう連続のチャンピオンになっていたのがもともとはこの本当に今 D1 グランプリまで来ているこの久保川澄香選手というところなんですが、さあウォーミングアップからいきましょうかね。さあクレスタ、この如月のクレスタのウォーミングアップからということになります。だいぶ冷え切った感じの路面の中ですから、当然ある程度この辺りのタイヤのため十分に必要なところでコースを使ってでのまずはウォーミングアップ、冒頭から困っている危ないところ、そしてこのチーム東洋タイヤドリフトから
このカラーリングをまとうのっていうのはもう東洋タイヤとしてはワークスドライバーになりますからね。このカラーリングをまとっているその玉木椎名と、さらには今三品和樹のこの S1 号、さらにはさあ深田忠宏選手が乗っていたサバカラーって言われてますけれどもね、この JZX マーク2 2J 搭載のかなりパワーのあるマシンではあります。さあそして鬱憤を晴らしに来たのか、この青いマシン D1 グランプリ単走最後残念ながら追走残れなかった2人、下田沙也加とさらには久保川澄香がねやりたかったでしょうね。追走ね、皆さんの前で走りたかったでしょう。残念ながらそれはかなわず、そしてこのレディースドライバータイムというところに出てきてくれることになりました。本来16に残ればもちろんこの2人はこのレディースドライバータイムの方には参加しなかったんですけれども、まあ良かったのか悪かったのか分かりませんが、まあ悪かったでしょうね、それはね。このレディースドライバータイムの方に今トップ女性ドライバーとしてやはり久保川澄香、下田沙也加というところで参加していただくことになりました。さあそれではどうやら単走セットされたというところで、まずは如月からさあ一本思いっきりこれは振りでいく。さあ綺麗にゾーンは取っていった。さあそして第2ゾーンも角度ちょっと薄めになったが取っていった。さあそしてここの一番難しい4セクターの開始のところだいぶコースアウトしてます。だいぶコースアウト、そしてコース飛ばしてった。いやーさすがの1本いきなりというところでは、まずこれ全てをクリアしていくのは非常に難しいところではありますが、それぐらいの実力は実際にあるというこのライツの中で本当にポイントも取っている、追走経験もあるという、まずは如月が1本目。さあそして続いてライツの中で活躍、今年ルーキーながら本当にいきなり6位という成績を持っていったで、初めて追走に上がり初めて追走でも勝ったという、それも日光サーキットでという日光のつわものがいる中でそこまでの成績を収めた玉木椎名、沖縄から上京、このドリフトドライバーとして D1 ドライバーになるために今本当にこのライツの中で修行しているというこの玉木椎名がチーム東洋タイヤーズドリフトからいう形の中で今しっかりと、いやここはまずまずというところで1本、最初の1本と考えましたらまずまずではないかなという形で玉木椎名が1本しっかりと走り切りました。まず行くだけでもね大したもんだとは思いますが、さあそして三品和樹です。さあ三品も、本当に長いことディビジョナルシリーズ、特にセントラルシリーズ等々で頑張ってはいる形の中、1号シルビアでということになりますけれども、さあそして今1、2コーナーから、そしてこの4セクターの振り返しから第5セクター、いやこれもなんとかしっかりと立ち上がって1本、いやまずまずの走りをしっかりと単走を決めていったということになります三品和樹。確かにこれで思いっきり1本ね、思いっきり飛び込んできて、壁にクラッシュなんていうことはね普通にやってられないんですが、さあそしてこのサバカラーのマーク2、深田樹はどうでしょうか。高校生の頃、女子高生の時代からこのドリフトを始めたという、そして現在では e モータースポーツ含めいろいろな中で活躍をし始めた、この今この中でも一番若いこのね月が、さあしっかりとお父さんの今までこのお台場でもね走らせていたこの D1 マシンマーク2でしっかりと1本を走り切ったということになります。いやおそらく緊張してでの1本だったと思います。今とにかくしっかりと走り切ることだけが、いやそして早くも2台が並んでいる、もうやる気満々の2人、この対決実は見たことないんです。これは実はライツ時代にもなかったこの2人の対決、下田沙也加先行、後追い久保川澄香、さあこれはほら危ない何か引っかかった、何か戻った、そ
して下田も飛び出てた。何をやってんだかこの2人。危ない危ない。いやー、これが本当に実は D1 グランプリシリーズ戦の中で見てみたかった女性ドライバー同士のレディースドライバーの対決だったんですが、今はデモランという形の中で下田沙也加、そして久保川澄香、1本スタートしていくという形で追走をやってもらいました。さあ、そして続いてセットされているのはアーノの2本目ということになりますね。さあここはさすがに追走ではなくアーノの2本目、まずは1本置いて、そして2本目振り出し、しっかりとゾーンを取って、そして踏み込んでいく。さあこの辺り回し込んでいく。やはり先ほど1本目よりいい形で踏み込んできた。さっきはここでスピン。さあこの4セクもしっかりと振って、さあ第3ゾーンをきれいにクリアしながら、いやーここは立ち上がっていった。いやーまずまずです。さあここも今ライツで頑張っている阿野如月、しっかりと2本目、1本目よりは2本目という形の中でこのマシンを運んでいったということになります。さあそして玉木椎名が今セット。さあさらに先ほどの1本目より思い切った走りになるかどうか。非常にこのマシンポテンシャルの高いウィステリアのこの180。さあ飛び込んできたところから1、2コーナー、アクセルを踏み込んで角度をつけながら、さあそしてこの難しいところ開始、ずっと返していってしっかりと第3ゾーンに向けて角度をつけながら、この辺りはきっちり取っていった。今日師匠がまず単走で本当にシリーズチャンピオンまで輝いていったというところを見届けて、今このデモラン、やはり何としてもそこを師匠を目標にこの先どういった走りになっていくかどうかが楽しみな。今玉木椎名がしっかりとこの2本目も単走走り切って、さあそして三品和樹です。三品、そしてさらには深田、この2人あたりがちょっと思いっきり来ると怖そうな感じがしますが大丈夫です。さあここはちょっと小さいところになった。危ない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 。さあちょっと後ろ食ってしまった。振り切れなかった形。2本目、さらにちょっと速度を上げて飛び込んでこようというところ。いやこのでさすがにちょっとミスが出ましたけれども、そこはしっかりと修正しながらコントロールして、今三品和樹フィニッシュをしていったということになります。さあそして深田樹です。さあここはおそらくもういっちゃってもいいんじゃないかな。もう思いっきりさあ来るかどうか。深田樹このマシンで思いっきりよく踏み込んでいる。どうだ振り出し、まずまず大ゾーンきれいに取っていった。さあコントロールしてゾーン2も取っていった。さあゾーン2も取っていった。煙出しながら振り出し、割といい振り出し、これは悪くないかも。さあ角度をつけて旋回、ちょっと角度待ちですがこれは綺麗にフィニッシュ、いけてるかもしれない。これはまさかこれ親父が乗ってんじゃないよね。いや親父よりうまかったから違う。いやそうかもしれない見事な走り、確かにこんな走りしてませんでしたお父さんね。いやこれは本当にちょっとこの先が非常に楽しみな有望な、ね、若手女性ドライバーではありますけれども、もう当然男性女性関係なくいかなきゃいけないというところからしますと、有望な若手本当にね早くライトシリーズ来てほしいなというところであります。さあというところでまたセットされているのは入れ替えの2本目かな。この D1 ドライバー同士、いやーバチバチの対決、なんか真剣なスタート、エンジン音が高鳴って今スタートしていく。さあどういうことになってくるか。今度は高橋美香前、後ろから下田沙也加、まだ見たことない対決は。さあ下田が入る、下田が近いところ、インガー入って待てるか、待てない、ちょっと戻り気味。さあもう一回乗り込め。さあ下田近いところ、いやーこのレディース初めて見た。危ない。いやー本当に
にこれがシリーズ戦で見たかったというところは実現いたしました。このデモランという形の中ではありましたけれども、このレディースドライバー同士の追走、下田沙也加、久保川澄香というところでこの2人の走りは見ることができました。いや、というところでなんか多分何にもなく帰っていってしまいましたけれども、きっとこれで終わりなんでしょう。これ以上やらせるとこの先大変なことがなるというところで、レディースドライバーデモランというのは今の形で本当にねちょっとしたご紹介というところで、皆さんに見ていただきました。ぜひですね、来シーズンそれぞれのカテゴリーの中 D1 グランプリ、それからライスシリーズ、さらには D1 ディビジョナルシリーズ、こういったところでこういう女性ドライバーたちが、上を目指して頑張っているんだというところも覚えておいていただいて、いつかねこの D1 グランプリまたお台場に今日走ったこの選手たちがまた来ることを本当にお待ちしていきたいなと思いますし、その時にはどうか応援をよろしくお願いいたします。今活躍するそれぞれカテゴリーの中でのレディースドライバーを皆さんにご紹介いたしました。ありがとうございました。レディースドライバータイムはこれをもちまして終了ということになります。さあこの後はですね、コース上14時40分ですか、14時40分というところから、リバティウォークデモラン、リバティウォークのデモランはすごい車のこれやばいやつです。マジでこのデモランはちょっとね見ないと損する、他ではまず見れないだろうという2台とそのドライバーで、やってくれると思いますんで、14時40分コース上での、リバティウォークデモラン見ていただきたいと思います。それが終わりましたらその後は15時10分からベスト16追走トーナメント始まってまいります。まだまだこの間お昼休みの方を楽しんでいっていただきたいと思います。冬の匂いが濃くなってきた恵比寿サーキット、ビデオオプションで馴染みの面々が世間話に花を咲かせる。しかしなんで集められたか知らない彼ら、まさかこの後ここが地獄となろうとは。2006年実物大ラジコンレース恵比寿グランプリ。名前でワクワクするですね。すごいですね。選手も盛り上がってるですよ。まあ皆さんラジコンレースっていうのは分かってると思いますけれども、一応ですね運転席にドライバー乗りますけども、ドライバーの意思はあまり関係ないですね。とにかく操作する方がコントロールする。どうやって操作する？いやドライバーは、目隠してますから、もうコントローラーがいますから、それは上から見て右だ左だ言えばいいだけですから簡単です。はい。楽しそうな企画。まあただしですね、このレースいろんな国が、アメリカがイギリスがドイツが試しました。ところがですね、過去プロのドライバーが恐れをなしてみんな逃げてしまって、このレースは一度も成功したことがないと言われている本当に恐ろしいレース。過酷なレース。このレースに果敢にも挑戦しようというこの自ら応募してきた人たちです。皆さんが自ら応募してきましたプロの方々で。いや過去ですね、世界中のプロドライバー F1 から何か白髪になって逃げちゃったっていうぐらいなとんでもないレースでございますよ。そういったことですね、この果敢にもねこれ応募してきていただいた、チームドライバーをじゃあ紹介していきたいと思います。紹介しましょうか。まずこちらからです。マクボン野口家田中和弘。ここのチームですね、目をつぶっても走れるのは。このチームはですね、スポッターもコントローラーも目つぶってもらいます。ね、コントローラーの目つぶってどうやって。いや2人もね、この2人はここ1万周2万周走ってますから、もういらない、目いらないです。今の時期ってよくわかりますか？どんな時期か。今ですか、もうシーズンオフで大体全てが終わり、大体こういった面白い企画をやるシーズン期間。シーズン終わってない。終わってないの？シーズン終わってない。終わってないの？D1 よりこっちのレースの方が上ですからね。ああ、そう。世界、はい。世界の中の企画としてはこっちの方が上ですから。D1 なんかもどうでもいいです。そうでしょ。続いてゼッケン2番太宰山田とこれまたユークスだと谷口2人、これどういうコンビで？ていうか俺応募してないぞお前。お前ないつもな大体なビデオオプション本当によ、こういう仕事しか俺に来ないじゃねえかよ。仕事じゃない、自分で応募してきとるとですよ。こういうのしか出てこないんだもん。大体なコンビ組むのなんで谷口さんなんだよお前。俺はなその相棒を殺したいドライバーいっぱいいるんだよ。
谷口さんが殺せないじゃねえかよ。違う谷口さんが殺したいドライバーを連れてきたんだ。何を言ってるんですか。だから今回応募したのは谷口社長が応募したの。はい、続いて参りましょう。ゼッケン3番ヘッポコチームの会。今回いいのこれじゃない。野村さんこれ以上怪我していただいて困るんで。まずいんで。僕が怪我してても大丈夫。で指名したのが。そう。僕は怪我しちゃった。阿部ちゃんが怪我させる。阿部ちゃんも今日みんな怪我させてやろう。でもこれ勝ったらね、賞金いらないんで。賞金いらないの？ストリートリーグの権利取れてくれないの。これでストリートリーグの権利をあげるんですか。ダメなんだ。ストリートリーグより上なんですよね。遅いですね。後ろの方で本当柄悪いですからね。ちょっとまあでもこのチームあれですよ。2人とも仕事中はパソコンの前で目つぶって仕事してる人だから。なるほどね。もう大体慣れたもんですよ。なるほどね。これ得意。得意。得意。そう、わかりました。さあ続いて参りましょう。チームバンド組。いやいやチームバンドじゃないですよもう。もうクビにしちゃったから。俺これもクビ。俺がクビにされたけど、俺はこいつを殺したいから。応募したの。応募したから。率先だって。やっぱり。俺ずっとブレーキかけて止まってるの動かないの。行けって言われても動かないの。その口とんがらし。絶妙なチームワークじゃなかったですか。これチームワークがこうないと。俺目開けたって走れねえんだから。別にお前はそこは死ねばいいんだからいいんだって本当に。お前交代しろよ。お前が死ねえバカ本当に。お前にはこれ上がってるよな。最近こういうの呼ばれない。よく分かってる。お前が死ねえ。大体こういう企画全部こいつ来てますからね。はい、わかりました。楽しみにしてます。はい、いよいよ真打ちゼッケン55番はチーム皆殺し。どうもです。俺招待だ。招待です。そうです。ここのチームだけは招待です。安心してください。今日は1台だけエアバッグ記者を用意しました。はい。それとですね、1台だけ3リッターです。非常にパワーあります。はい。カメラ全部カメラ55号でしょね。これがメインだから。これでも撮ってないと本当にいいないよ。ない。もうこれ中心はここ。大ちゃんはね、目開けてても飛んじゃうんだからね、あんまり無理しないでください。目をつぶった方が調子いいかもしれない。あと右手おっぱい揉む方が右ですよ。右手わかります。おっぱい揉むのが右。チンチンこれそうですね。何を言っとるね。よくわかりませんけど、まあ期待してますんで。おっぱいってチンチンってそう間違いないでください。それはスポッターがそういうコントロールで。俺ザグ気をつけろよ。俺スポッターから俺スポッターやるからな。そっち行かせる。若干左でアクセル。ということで第1回恵比寿グランプリの始まり。遠い世界の遥か彼方、誰も知らないストーリー。ここだ、狙え、ジャパン。悪を打ち抜け我らの提供はサンプラス。自分のとこじゃねえか。さあ2006年実物大ラジコンレース恵比寿グランプリ、いよいよまずはタイムトライアル予選ということになりました。すでにもうゼッケン1番ドライバー熊久保信が乗り込んでおります。さあ1周のタイムトライアル、いよいよスタートです。コスインしてから1周で行われるクオリファイ。インフィールドは使わず外周のみのオーバルコースだ。さあそしてコントロールするのは田中和弘。今 OK という合図とともに完璧に目隠しをされました熊久保信繁がまずコースインいたします。最終コーナーから立ち上がってまいりますと、いよいよこれからホームストレート白線を過ぎて野村健が旗を振り上げますと1周のタイムトライアルの開始ということになります。さあ前回で踏んできた、まずは最初の熊久保信繁のタイムトライアルに入った。さあいつも慣れたこの1コーナー D1 では120を超える速度で目をつぶっても入れるといった。まっすぐ危ない状況です。いやー、アウトラインを取りました。さすが熊久保信繁、見事にアウトラインを取っていった形。そこからぐーっと切り返して2コーナーヘアピンをちょっと手こずっている状態か。ここはオーバルコースですからね。さあまっすぐとここから直線踏んだ状況で来るかどうか。バックストレッチそのまま踏んでアウト側へ行ってしまいますと非常に危険な状況になっています。アウト側は落ちると
かけ非常に危険な状況は十分にこのコートの資源分かっている状況からの中で、さあ1周のタイムトライアルがもう間もなく終了というところ、ここからあとコーナーを2つ回るだけという状況になった。さあカメラマンの前を直角について、切りすぎたこの辺の指示は田中がどういう指示を送っているか。さあ右に左に蛇行した状況、ストレートの状況で蛇行しながら最終コーナーをこれから立ち上がってくると、いよいよこれが基準となるトップバッターのタイムが出てまいります。支配人、ここのコースを1周目1分8秒00、1分8秒00、ものすごい時間かかります。このタイムが基準ということになるわけですが、よくわかりました。これはドライバーは責任は何もありません。ほとんどはあれです。危ないよって。構成してください。さあコントロールはあいつです。ターザン山田、大丈夫なんでしょうか。ドライバーは、ユークス谷口社長。どうしようかな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 って言ってる間に、さあ落ちてるもうすでに落ちてましたさあまっすぐに入ってきた、ストレートに入ってきた、あとは下ってまっすぐ踏めばいいだけ、あとは全開で踏んでくればいいだけという状況。しかしその全開まっすぐも本当にそれじゃ危ないよ直樹、危ないゴールいたしました。2分20秒これはやはりドライバーというよりもあいつです。完璧なやっぱりスポッター役だったよ俺はね、とりあえず。さあ、それではいよいよゼッケン3番のチームのスタートということになります。ドライバーはブリッツ阿部ちゃん、そしてそれを指示するのがこちらカラマですね。もうすでにあんなことやってますけどね、すでにこの指示する方が緊張気味と、この指示が右と左を間違えるという状況になりますと、このドライバーは本当にどっち行っていいか分かんない状況で第3ターンを難なくクリア。しかし童貞だ登ってるのは童貞だ。いよいよ最後の第4ターンに来るというところで、やはり右だか左だかもうさっぱり分かっていない。これはもうドライバーどっちがなんだか、なんでこいつが自分を正面にして向かって左とか自分が右とかもうほとんど分かっていませんので、これは大変なことです。もう左も右も分かっていないという指示のもとに踏んできた危ない逃げたOK です。1分39秒、2番目のタイムが出ました。これカズちゃんさ、これこのまま行くとぶっちぎり早いよクマ。あっちは全部ね、コースのボコっていうところとかモコっていうところとか継ぎはぎのパッチとかで場所が分かるんですよ4番バッターゼッケン19番です。このチームはもしかしたら何かやってくれるかもしれません。ドライバーは今村陽一です。そしてコントロールするのはバンドマサという状況になっています。さあ動き出しました。ものすごい出だしものすごい早いねって指示する方が早いねあーっとイン側カット土手という状況。これはですね、こんだけのスピードを出しますと指示が追いつきません。さあちょっとアンダー出した。しかしそれでは危ないだったクラッシュ左切ってまっすぐ左切って左切って早えと思ったよ。スピードに指示がついてってないんだからもうほとんどね。さあこのまままっすぐという状況でこのままいきますと2番手のタイムということになりますが、さあチェッカーフラッグが用意されている。危ないどうか右と左を最後で間違えた。まっすぐそのまままっすぐちょっと右切って危ないどうかこの指示スポッターはアホ。まっすぐにしてもうフロントがぐっしゃりと非常にいいタイムで来ていただけに残念。1分46秒、非常に残念。これは全ての責任はこいつ。怒ってます。怒ってるあいつが怒ってる。ちゃんと言えよバカだって右左間違えてんだもん。どんだけこっちが言ってんの。怒ってる本当に怒ってる。負けんなよお前。本当に怒ってます今村陽一。俺のイメージ
たもんいよいよ真打ち登場でございます。招待チームです。ゼッケン55番の稲田大二郎が登場してまいります。見せてくれるよ。崖から落っこっちゃったらどうしよう。さあ自分で勝手に2コーナーを回ってこようってところ、いやちょっと早いですよ。山を乗り越え、ものすごい勢いで乗り越えていった。この辺の障害物は全く気にせず全開で来ようというところ、さすが稲田大二郎。さあ大歩、さあザクが危ないぞ。さあ大丈夫か大丈夫か。さあ狙ってる、これは明らかに狙っている。さあ踏むぞ、気をつけろ、野向け気をつけろ、来るぞ。さあ逆でどうか、危ない右って入った。いよいよタイムアタック、危ない、ものすごい酔っ払い運転状況で危ないギリギリ見えてんじゃねえのあれ。本当は右に左にものすごいローリングを切りながら、さあ直線は来るぞ、さあ野向けもよけろ、直線は来る。さあどうだ、危ない稲田大二郎。はい、ストップ。もう大ちゃんいいからもう目隠し。タイムは1分9秒65、2番手だ。もう大ちゃんいいからもう目隠ししなくていいよ。もう外して大ちゃん。コースを知り尽くした熊とほぼ同タイムの55。トップスピードは文句なしのナンバーワンだ。さあお待たせいたしました。2006年原寸大ラジコンレースラウンド1恵比寿グランプリヒート1の始まりということになりました。実況解説は私なんですけれども、今回からこの解説席にはこの道10年の、野村さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。俺いや紹介は終わりですよ。いやこのレースの詳しいところはやっぱり野村さんに聞けと。もうね、目隠しレース、ラジコンですよ。予選の時は1人ずつやっとったんですけど、今回全員一緒にやっとるとですよ。そういうことになります。5台でのレースは超スプリントレース3周、どういうことになりますか。それでは、午前中に行われました予選の順位でグリッドが決まっております。スターティングドライバーはご覧のメンバー。ただでさえ走行が不安定な目隠しレース、果たして5台全車完走できるのか。第1ヒートは3周、通常の南コースと同じインフィールドを使ったコースレイアウトで行われる。音の合図とともにスタートということになります。3、2、1、スタート。いいスタートを切っていった。さあスタートは逃げたまえ。田中出る。危ない。スタートを切っていった。その隣から岡村和義。しかしどうやら1コーナーを制したのは田中。しかしインからカードを打っている岡村和義。これは激しい接触。そしてインラインをさらにカットして2台がもつれている。Tボーンクラッシュバイク。わあぶつかる。右田中とそして岡村和義が完璧に T ボーン状態。そこへバックしてまたコースへ戻ろうというところ。さあこの辺での指示がもうなんかねっている。まっすぐとかいう指示が飛び交ったね。はい。さあクラッシュ。また一生岡村和義。外壁に当たってしまいました。さあそしてゼッケン1番の田中もコースじゃないとこを走っている。さあこの辺はもうヨタヨタ状態。ゼッケン3番のマシン阿部ちゃんも右へ左へどこへ行っているかどうかわからない。今トップに立っているのはゼッケン3番の阿部ちゃん。しかしその後ろからテール2ノーズでゼッケン1番の田中和義がくっついているという状況で、しかしバンパー2バンパー抜いてった田中がインを刺した。そのイン側にバンドをまた来た。3台が横並び、ものすごい激戦のヘアピンだ。見事なスピン。左ゼッケン3番の阿部がスピン。そこへ行けないアクセルを踏んでもいけない。強引に押し込んでいこうというところ。野村さん、これ3周レース持つんでしょうか。これね大変ですよ。スポッターね、こっちから見るとね、威勢がいい魚市場状態ですよ。そっくりですね。そのシーンちょっと見たいですけどね。さあ当たってる
るバンパー2バンパーで当たってるバンドマサト、その後ろ岡村和。よたよたと土手に乗り上げるマサ、一体何が起こったのか。どうやらゼッケン19番スタックしてます。スタック。ゼッケン19番が亀の子状態。左だって言ってるじゃん。あ、右ごめん、右だ。ごめん、まっすぐ止まってバック。どうやらここで阿部いい感じで切りすぎた。あはは、ショート勝った。これはダート走行よそめに、そこにゼッケン1番が入っていった田中和弘が追い上げる。阿部ちゃん左、はい左。どうだ、バックするかどうか。さあどういう指示を与えてるんでしょうか。バック当たったトップ争いの2台。もう激しいトップ争いですよ。3分なんで激しいトップ争いがバックで当たるんでしょうか。よくわかりません、このレース展開は。第1ヒートスーパースプリントレース3周のレースはどうやら最終コーナー入った。ゼッケン3番の阿部がさあこのままトップということになるか。どうだ、このままチェッカーフラッグを受ければ。しかしまだ最後まで右に左にハンドルを切りながらチェッカーフラッグ。第1ヒートの優勝はゼッケン3番の阿部ということになりました。えらいことになっているファイナルラップの3番手争い。ゼッケン55番の岡村がどうやら縦横無尽の走り、そのままいったら壁。今審査席揺れたんですよ。今実況席が入れました。はい、そのまま、はい、今度復帰したら、はい、左。さあそれをしに目に逆転。3位にはゼッケン2番の谷口。たった3周のレースがなんでこんなに疲れるんですか。注目の第2ヒートはこの後すぐ。相棒の指示をいかに信じられるかがこのレースが決まっているか。ほとんど全員左右間違いってんじゃん。さあ雪降る恵比寿グランプリ、いよいよ2ヒート目の開始ということになります。2ヒート目すでにグリッドに並んでいる5台。第1ヒートの結果によりましてもうすでにグリッドがついておりますので、いよいよこの結果で全てが出るということになります。それでは紹介してまいりましょう。注目はやはり4番グリッドゼッケン55番55大二郎ダウン。今世紀最大のサバイバルレースの行方は。スポットは今静かにしておりますが、突然のように騒がしい朝一番みたいになるですよ。いよいよ第2ヒートのスタートということになります。さあ2勝に殴られていいスタート。ゼッケン1番のクワコモがいいぞ。そしてタイがいった。いやー、いった押した。早くも押していった稲田大二郎がぶつかっていった。大ちゃんまっすぐです。あ、ちょっと左。大ちゃん左です。はい、ブレーキ、ちょいブレーキ、左です。すいません、左です。あー、危ない。インターからカットはゼッケン55番が危ないですね。いや、そしてゆっくりスタートしていったのがゼッケン19番の今村陽一。これはいやー、自らフロントバンパーを破壊しながらインカット。トップに出た。トップ浮上稲田大二郎。しかし車壊れてません？なんかボロボロになったですね。どうやらゼッケン55番の車は取ってすごいところボンネット巻いた。まっすぐだっつってんの。まっすぐ。しかしどうせ前が見えないからボンネット巻いても何も関係ない。逆走状態。逆走危ない。まさかのセーフ。そろそろブレーキで右全開、はい。さあそして先頭はゼッケン1番のどうやら熊高信重。さあ縦横無尽にインカット。稲田大二郎危ない。インから行った方がいいから。インから強引にコースなきところを行って、あー、飛んで危ない。あの先は崖ばい。左まっすぐ。
左左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 その先、野村さん、あの先落ちると本当に落ちますからね。もうね、何十メーターも下に落ちるらしかったですよ。本当の崖です。1位、2位の間隔が縮まってまいりました。縮まってきたんですね。さあ、だいぶ間隔が縮まってまいりました。先頭ゼッケン3番の風間、それに来た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 ぞー。これは並倒した、飛ばした、いったー、すごいすごい、これはひどい。左切っていって、はい、まっすぐ戻して戻して、はい、戻して、はいはい、まっすぐまっすぐ、左左、はい、まっすぐ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 、あ、後ろ押されました。ブレーキ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 。飛ばしていきました稲田大二郎、怖いものはない。あ、そしてまたいやー、2位に浮上した稲田大二郎、危ない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 、セーフ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 、見えてる、これは左左、ずっと左、ずっと左、360左、まっすぐ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 、心の目で見てるんですよ。心の目で見た2台が接触を免れました。さあ追いかける、速い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 、稲田大二郎が速い、クイックラ、危ない、来た来た、やばい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 、危ない危ない、ドカーン左左左左危ない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 、ああ、大さんがぶつかってきました、大さんがぶつかってきました。そのままブレーキで止まっててください、そのまま止まっててください。危ないよ、そんな T ボーン、風間が今、風間が車の中で浮いたですよ、今。ゼッケン1番も突っ込んでる、ゼッケン1番も突っ込んでいる、乗ったばい、まっすぐまっすぐよ、まっすぐ、まっすぐ前行ってください。動きますか？危ない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 、後ろからまたぶつかってきました。ゼッケン3番の風間にゼッケン19番のバンドがクラッシュして、お腹痛いお腹痛い、もうダメだ、喋れない。さあストレートをまっすぐ行けない、ストレートきたー、クラッシュー先頭の川坂ために激突、右右右、減速右、減速減速減速、右に切ってバックしてください。稲田大二郎が車がもうその姿が悲惨な状態でものすごい音を発しながら近づいてきた煙が出てる、さあ来たこのレースは何ねえ、さあそのまま押せと、ねえ、このままスポッターがこのまま行っちゃって、押せと、さあドン、喋れない、右右、ブレーキブレーキブレーキ、そのまままっすぐ、大地はそのまままっすぐ押してください、そのまま押しちゃってください、もうそうですそうです、押しちゃってください、そうです、はい、左左左左、大地は左、こんなひどいのは喋れない、もうね、しかもね、先頭は稲田大二郎、反対と曲がっとるですよ、あれ。もう雪降る中、とんでもないレースが危ない横断してきた、コースを横断してきた、先頭のマシンがコースを横断してきた、これは危ない、しかしバックして戻る、バックして戻る、ちょっとブレーキで止まって、ブレーキで止まって、ブレーキ止まっててください、止まっててください、今大さんが前にいます。ゼッケン3番の風間が止まっていた、そこはアウトからくまくもこれはひどいね、これはね、ひどい、これは野村さん出なくてよかったですね、もう解説の方がいいですよ、よかったですね、もうよた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 、丘を越えて今最終コーナー、さあ逆行った逆行った、危ない状況で今当たるどうだ、セーフ、暴走機関車稲田大二郎、ストレートの勢いは誰にも負けんですよ、それでもまさかの先頭をキープした状況、雪降るこの恵比寿グランプリ当たったバックで当たった、バックしすぎ、抜かれようというところ、ここをなんとか阻止した形になりました。左全開で前、はい、前来てください、あー、ごめんなさい、はい、はい、今のチャンス、
はいバック、はいオッケーオッケー、はいオッケーです。さあ来た来た来た、怖い怖い、土手土手、ゆっくりゆっくりとスポッターが言ってるのを聞かずにアクセル全開で前へ突っ込もうとして、そしてここで順位が入れ替わった場合、クマクマが4周目トップ。ゼッケン1番ファイナルラップ、ファイナルラップ、ファイナルラップでチームオレンジ、そして2番手さすがにトップ、2ゼッケン3番番手ゼッケン3番風間、デッドヒートになってきた。さあいよいよこの雪降る恵比寿グランプリ、3番手には稲田大二郎、煙を出しながらイオンを出しながら追い上げる。さあこれはどうだ、3台での争いは非常にデッドヒートになってきた。この第2ヒートの終盤ファイナルラップ。さあ恵比寿グランプリ、ここで熊久保がこのまま逃げ切るか。来た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 、稲田大二郎が来た、追い上げてきた、煙を出しながらもう走れる状態や、4台が絡んできた、4台が絡んできた。1台は周回遅れ、1台は周回遅れ、19番は周回遅れクラッシュ。3台がめちゃくちゃ3台が、これが先頭争いです。ゆっくりゆっくり試合にまっすぐまっすぐ行って、試合にまっすぐ右左左左左、この3台が4台が先頭争い。さあ来たのは55番が早くチェッカー受けろよ。はいまっすぐまっすぐ戻す、大ちゃん右右右、大ちゃんバックバックバック。さあチェッカーが待ち受けている。ゼッケン2番が来た、ゼッケン2番がチェッカー、そして2位ゼッケン1番熊久保、チームオレンジ。3位はゼッケン55番稲田大二郎、4位にはチームチューナーの風間ということになりました。いや最後は白熱したですね。いやものすごい第2ヒートの5周、ご覧のような大事故です。大事故、これがまさに今まで全ての人たちが恐れていた、誰もできなかった、これが原寸大ラジコンレースですというところで表彰式です。さあ2006年原寸大ラジコンレースラウンド1、いやーすごい展開でございました。3人がおしっこ散りました、ほとんど。はいで股間が濡れとったんですよね。そうです、私もですねあまりにもおかしくて喋れませんでした。これこんなちぎったうちに1人ですよ。そうですもうねこんなの見たことありません。さあということででも無事にね終了いたしましたんで表彰式に参りたいと思います。これが3位というかどうかよく分かりませんけれども、第3位はゼッケン55番暴走機関車チーム稲田大二郎、そして岡村。さあ続いてまいりましょう。今回の準優勝はゼッケン1番チームオレンジ熊久保田中組。まあさすがですね、さすが目つぶってでも南は走れると言っていただけにですねまあ一応準優勝ということで賞金は10万円ということで今回の2006年の原寸大ラジコンレースラウンド1恵比寿グランプリ優勝したのはチーム EX のお二人一応トロフィーがあるそうですよ。トロフィーがありますんで優勝トロフィーです。そして優勝賞金20万円。かれこれ10年ぐらいないんじゃない僕もですね見たことなかったと思います。はいでもですねこのチームはねただ淡々と走って最後なんとなく追いついて逆転勝ちしたっていうだけでこれねつまんないつまらん優勝ですよね。今回のレース認めろよお前。つまんない。これビデオで一番面白かったチームに関東賞ゼッケン55番ゼッケン55番には副賞はねこっちの賞金をこっちにそれは嘘です。それは嘘です。ゼッケン55番のチームには福岡に行った際にはですね中洲ご招待飲む券がしてくれるそうです。あららマジですか。マジいやこれいつ行くのって聞かれても違います。いつでも大丈夫ですよ。F1 はじめですね世界でいろんなレースやってますけどもこんなデッドヒートを見れるのはですねおそらくこの原寸大のラジコンレースしかございません。もうね5チーム中4台がもう最終コーナーでこの方々はこの原寸大ラジコンレースのプロですからまあもちろん次回もですね自ら優先して出てくるということになってます。
ラウンド1のリザルトはご覧の通り。ラウンド2はどこでやるのかな。本当痛い。どうだったの？今回の MVP は風間に決まり、またのエントリーお待ちしてます。馴染みの深い恵比寿サーキットのゲート。これは恵比寿スーパースピードウェイ。寒風ひっさぶ中、 V オプトに集められた面々。この人たちが集まったってことはエキセントリックなカーレースが開かれるってことですね。今回のレーシングマシンはなんと車と車が鎖でつながれちゃってます。そしてマシンの抽選会、そこで55が一言。エキサイティングじゃないですか。何があってもいいようにレスキュー隊員も配備。さあ心置きなくやっちゃってください。さあやってまいりました、2007トレインカーレース in ジャパンということで、皆さんお待たせいたしました。またしても初開催でございます。全国中からまたプロのレーシングドライバーが集まっていただきました。ご覧の方々です。あれ、日本にはですね、いつもこのトレインカーレースをやっている方々がいらっしゃるんです。生活が、これによって支えられているような、この人たち、早速ですね、この素晴らしいレースを戦ってもらえるドライバーを紹介してまいりたいと思います。ゼッケン1番のチーム、オレンジ東北本線地獄特急。相方逃げたよ。熊の相方田中の逃亡により夢のタッグが実現。もちろん人気実力ともナンバーワンだ。これは野村さんじゃございませんか。これトレインカーレースのですね、第一人者。日本のうち逃げちゃったから。日本のトップ。野村さん、これ1回いくらぐらい？2本200円ほど。全然桁ちゃうですよ。これは白いダチョウと同等ぐらいです。2本。なるほどね。続いてこちらのチーム、ゼッケン2番は夜のお座敷列車あなたと連結ゴー。この手のレースになくてはならない2人。おいお前ら、自分の仕事分かってるな。っていうか、僕風間さんと一緒だと怖いんですけど、大丈夫ですけど。最近ね、よく見かける光景でね。これね、阿部ちゃんごめん。本当ね、怖いんですよ、僕風間さんと一緒だと。なぜか第3が向かってくる。でもあなたたちはなくてはならないメンバーですからね、やっぱりね。僕ら何のプロなんですかね。いやいや、違う、トレインカーレース。普段やってるでしょ。続いてこちらゼッケン19番は房総坂東鉄道人生片道切符の2人。近頃 V オプトの意図が分かるというマサ。結果陽一は餌食になる。まあいつものようなね、素晴らしい相棒なんで問題ないね。いや右と左をね間違える相棒ですよ。前回こんなので託せない。俺の命ブレーキは。俺だって本当にね怒ったもん。踏んでほしい時に踏まない。で踏んでほしくない時に踏むと横転しますんでね。そうじゃねえよ。でも前はブレーキついてなかったからブレーキに託されてもしょうがない。でもこれで生かしちゃったっていうのがいいかもしれない。ああ、逆にお前が支える場合もありますから。ああ、どんなものにもですね、やはりですね、このチームがなくては、この企画、そして全てのレースは成り立ちません。本物のプロのお二人でございます。ゼッケン55番房総満州鉄道特急、なんて読むのこれ、アジア号トラなんだかよく。アジア号だこれ。アジア号必須なやつじゃんこれ。知らないの満タツだ。泣く子も黙る極悪コンビ。奴らの走った後にはペンペン草も生えねえ。大体いつもね見てもらってるから大丈夫ですか。息も合ってる証拠は。紐付きじゃんこれ。ちょっと待って、俺と大ちゃんはね、紐で結ばれてないからいい仲なの。あ、なるほどね。鎖で結ばれちゃって俺下関山で面倒見るの大変だよもう。俺も最近はね紐がないとなんか自信ねえんだよ。なるほどね。自分の行動。なんかでも中洲交番にストッキング入ったまま入ってっちゃったからね。あれ10年前とかじゃなくてつい3日前だよ。いやいや、中洲交番ってあれ24時間警察のビデオ映ってますよ。あれ今度テレビ出てきちゃう。私のくれ出るらしいよ。でアビタコ入って皆さんご苦労さんってバーってやって頑張んなさいって。ちょっと普段から鎖つけといてよここ。ということですね、ご覧のような4チーム8名のドライバーによりましていよいよトレインカーレースが始まりますが、皆さんよろしいですか。万が一1コーナー進入100キロ近く出ます。
切れた時にはですね、そのまままっすぐ行ってください。ほら上りがありますね。よく箱根とかに大気路ございますよね。あっち側に行っていけば止まるかもしれませんのでね。さあということでいよいよですね、2007年のトレインカーレース in ジャパン、面白いことになります。どんなことになるのか、いよいよ開催でございます。さあ日本初上陸のこのトレインカーレース、この恵比寿スーパースピードウェイでもう間もなく始まろうというところなんですけれども、どうやらですねピットの方に鈴木さんが行ってると思うんで、ちょっと状況を聞いてみましょう。鈴木さん、鈴木さん。はい、ピットの鈴木でございます。いやー、いよいよですねトレインカーレース初開催ということになりました。もうご覧のように準備万端、もう間もなく決勝スタートという状況になってるんですけども、一体これがどんなレースなのか私も初めてでございまして全くわからないんです。そこでですねこの方にちょっと説明していただきたいと思います。それではどうぞ、こちらの方です。野村健さん。俺第一人者ですよマジで。今から10年前、アメリカはノースカロライナ。6番ってなんかポロッと出てきたとですよね。ノムケンはけ本間のトレインカーレースは3台1組、ノムケンは一番後ろのマシンに乗車。腐れてつながれたいわば1台の車に3つハンドルがあるとこうなっちゃうんです。結果タイヤはどこかへさよなら。しかし本場トレインカーレースに日本人で初めて足跡を残したのであった。やっぱねアメリカでは、フットボール、ベースボール、ナスカ、すいません。次にトレインレース、三大スポーツの次、一体これどういった車とどういった競技なんでしょうかね。前がエンジンがついてハンドルがついとるとですよ。なるほど、普通ですね。アクセルとハンドルだけ。それだけ。それだけ。後ろが、ブレーキとハンドルだけ。アクセルない。もうこのね2人のね息が合わんとダメとですよ。なるほどね。で俺がそのアメリカ行って数十億の契約金を断ったのはパートナーがちょっとね気が合わんかったとですね。パートナーってやっぱ息が合わないとどういうことになるんですかね。もうひっちゃかべっちゃか合わんとですよ本当に。安全性とかないない。命をかけたモータースポーツ。F1 ドライバーとか元とかあんなもんちょうどいいもんじゃないですか。いない。自分でブレーキとアクセル踏めるとですよ。ぜひですね、ちょっと野村さんにどういうものなのかもう実際にちょっと乗ってみたいんですけど。仕方ない。百聞は一見にしかず、自ら身を張って体験試乗するマナピー。よっ、レポーターの鏡。しかし顔がこわばってるのはマナピーじゃなくノムケンのような気が。新しくできてから俺走ったことないんだから。よし、じゃあ全開でいきましょう。いいですね。全開でもちゃんと野村さんついてきてますからね。意外にパワーあるし。チェーンを常にテンションをかけて引っ張っとかないとガッツンガッツンなるとですよ。でここはね大事なところ、サイドブレーキを多用ほぼね引きずった状態でいいとですが、いつフェードしてもおかしくないと。そこの S 字は多分結構鬼門だよね。なるほどなるほど、いいね。全然問題ないじゃないですか。どうですか鈴木さん。いやまあなんてことはないですね。簡単ですけどね、ちょっとコーナー入っていく先にいつ減速するんだろうってドキドキしますねこれね。じゃあちょっと後ろも体験した方がよかですよ。いいですかこれ、簡単じゃないですかね。簡単。後ろしょっぱなから全開かますノムケン。ブレーキラインの分かってますか。アクセルないから踏みたくても踏めないね。はいガツガツ言ってるじゃないですかこの人何をやったんですかこの人は。これはね飛び出るですよそのうち。ここでブレーキ早く。ブレーキが遅いよまだ。怖いねうわー怖いね危ないね。結構簡単ですね。全然何もあれ後ろは何にも
何も関係ないですねこれね。いたわりが感じられるんですよ。いたわり。いたわりですか。いやいたわり。なんかこれだから素人はいかんとですよ本当にもう。というわけでございましたね。トリンカーの車がよくわかりました。放送席のマナギよろしくお願いします。こういうことです。いやー、なるほど、面白いですね。これはね、どういうことになるんでしょうかね。さあ、いよいよこの後このコース上では予選が始まるんですけれども、その前にですね、今回のこの恵比寿スーパースピードウェイ、今回のコースをご紹介いたしましょう。もちろんみんなが初走行。モーストデンジャラスポイントは実況席前の S 字クランク。ここで何かが起こる。おそらくもう間もなくですね、10万人の観客も押し寄せてくるという感じなんですが、まだですね、ちょっとお客さんの方もちらほらという感じなんですけれども、もちろんいつものようにですね、このトリンカーレースは各国いろんなメディアが、取材に来ております。本当に盛り上がった初開催。いよいよこの後予選です。ヒート1のグリッド決めゴリファイ。コースイン後ワンラップで競われる。ここから計測開始。入りましたね、ケイン1番。最初のタイムアタック、全開で飛び込んでいく野村健。そして後ろブレーキ役は熊郷信繁。この辺はおっと鎖のたるみもなく綺麗なバランスで第1ターン通過、そして第2ターンを回ってくる。この辺の第1ターンから第2ターンにかけての周りが非常に難しい状況ではありましたけれども、ここはうまく来て、そしていよいよ第3ターン。さあこの S 字の状況、おっといい状態でインカットしながら、これは野村健と熊郷信繁、息の合った走り。さあ第4ターンの雪を越えながら、おっとここでちょっと危ない状況、鎖がポビューンとなったところをチェッカーで最終のタイムは何秒。37秒76はコースレコード。かなり鎖を無視した状態で立ち上がりでドッカーンっていうのは、なんだ痛いよ。さあ第4ターン入ってった。第4ターンに入っていきまして、いよいよチェッカークラック。踏みたいけどちょっと加速がない。これはタイムはどうでしょうか。42秒06は遅い。日照旗が用意されて、いよいよこっから全開アタック。さあ今村陽一おもむろに全開。いいよまさかいい感じよ。片道切符のこの2人がどうやらこのまま、おっとこれちょっとパツーンと鎖が張ったチェッカーフラッグ。タイムはどうだ。38秒65。とコースレコードに迫る走り。このいい状況だ。早いよ。危ない振られた。ものすごい勢いで振られた。後ろのオカチンが振られている。危険。さあここはちょっと危険な状態で振られるかどうか。いやここはなんとか壁に激突もしないで帰ってきた。全開チェッカー。タイムはなんと36秒84。レコードタイム。素晴らしい記録が出ました。10年ぶりにこのコースレコードが書き換えられました。36秒台。総合の踏みっぷりにビビったオカチン。ブレーキから出荷。おいゴーゴー、多分それでは消えねえぞ。結果はこの通り。これってもしかして根性ありゃ勝てちゃうんじゃないっすか。4組同時走行のワクワクヒート1。リバースグリッドのため阿部風間がポールポジション。なおローリングスタートでレース開始だ。バックストレッチ、体勢を整えて第4ターンを回ってきますと、いよいよまずはヒート1、3周の決勝レース、これが動き出すということになります。どういうことになるのか。さあいよいよ日照旗が用意されてスタートの合図が振られた。さあ最初のヒート1がスタートしていった。ポールポジションからスタートの鉄拳2番というのを出し切りした。阿部が行く。そして最高レッジから55番の大二郎はいけるかどうか。大二郎勝ち組。しかしここはちょっとインカットしていったのは今村陽一だ。さあここは今村陽一とバンドマサが先頭に立った。ノムケンゴーゴーと風間に挟まれちゃってます。
危ない危ない危ない。やろう。ここはかなりのインカット気味でゼッケン19番のさあここは岩村陽一とそしてこれは前にマサが乗っているマサが乗っているすごい筋でかなり激しい接触をやはり55番やはりここが見どころか。いやいや暴走機関車がこう横にしかしここは順位が変わったのはやはりバンド組がトップ後ろはブリッツ阿部と風間さあイン側からいった桑久保と野村組 D1 組がいったけどもここは順位は変わらないか。いやードカドカいってる割にはなんとか綺麗なレース展開か。いやー最高列から割れている7台以上前に行けない午後に突き飛ばされるノムケン。危ないよマノーラ順位が変わらない2周目さあ早くも2周目先頭は相変わらずゼッケン19番みんな危ないどっか目の前で大クラッシュそれでもレースは続いてるこれブレーキだったついにやりました。現場は SG 容疑者後方被害者ノムケンいわゆる計画的犯行ですな。危ない無茶しとるねさあそしていよいよファイナルラップです。もはや常習犯55は止まらずいよいよファイナルラップ先頭が岩村陽一そしてそれにぴったりとくっついているのが阿部風間組危ない大暴れゼッケン2番なんだそっちじゃないよ。さあここの今村組は順調に先頭をキープそしてなんと2位にこのゼッケン55番が上がってきているさあ帰ってまいりましたチェッカーフラッグが振られましてまずは先頭ゼッケン19番のバンド組そしてなんと2位にゼッケン55番の稲田大二郎カチンそして3番手にはゼッケン1番のチームオレンジそしてなんとポールからスタートしたこのゼッケン2番の阿部風間組はやっぱりビリという結果でヒート1は無事終了。ヒート1最下位を除いて意外な結果に。ヒート1の結果今のままでいきますとゼッケン19番のバンド組が1位と。こいつらインカットしてそうです。それでですね一つ問題がインカットヒート1はありです。お前終わってからありってただしヒート2は一切認めません。次はリバースですグリッド。なんだよそれ。お前俺どんだけ怖い思いしてお前ここまで早がって。いやいやそれはノブさんの方が怖いと思う。それからですね周回数を7周にしようと思います。なんでだよ。お前いい加減にしろよ。判明しましたねでも。それともう車は持たせなくてもいいです。もういいです。もっとやれってこといやもう大丈夫です。もう本当マジで横転するぞ。さっきこれ野村絶対俺横転すると思ったもん。いやそれはもう皆さんの良識に。あの狭いところ入ってきてるよ。あそこなんであんないっぱいいたのあそこに。誰も引かないんだもん。あれだって大事故よあそこ。ヒート1から前後ドライバーを入れ替えたヒート2。
さて、皆さんお待たせいたしました D1 グランプリ、ラウンド10お台場、皆さん楽しんでらっしゃると思います。先ほど道場走行が終わりまして、今皆さん休憩時間だと思いますが、ここでですね、皆様に少しお知らせがございます。今日のオープニングで皆様にお伝えをしましたオレンジリボン運動ですね、小さなオレンジ色のリボン、こちらの意味をですね皆様にご説明をしましたが、皆さん覚えてますか？はい、児童虐待防止ということで、D1 グランプリとしてはこの11月新たな取り組みといたしまして、こちらの活動に賛同してですね、今日このお台場で新たな皆様に知っていただこうという活動をしております。そしてこの放送席にはですね、今日その児童虐待防止全国ネットワークオレンジリボン運動事務局の理事長にお越しいただきました。それでは理事長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました児童虐待防止全国ネットワークの吉田でございます。本日は、飯田様また岸上様のお力により、オレンジリボン運動をこの立派な会場で、皆さん方にご紹介させていただく機会をいただきまして本当にありがとうございます。今日の会場くしくもこの周りがずっとオレンジ色の幕で囲まれて、このオレンジリボン運動これを盛り上げてくださっているようです。で、私たちは、一人一人ができることをして虐待のない社会を築こうということで、活動をしております。このオレンジリボンを胸につけているということで自分たちがそういう社会を目指しているんだというそういう意思表示になります。それから何といっても、子ども虐待の原因の大きなものの一つに孤立という問題があります。親御さんが周りからの支援を受けられずに厳しい育児をしているという時にちょっとした声かけお手伝いということで随分気持ちが楽になるだろう。そういうことでこういう市民ができる虐待防止活動をしております。今日おいでの皆さん方の中には小さいお子さんもたくさんおられて、その今日のレースをご覧いただいてお子さんが喜ぶ、その喜んでいる姿を親御さんが見てまた喜んでくださる、そういう喜びをみんなで共有して虐待のない社会につなげようという、こういう活動でございます。皆さんもこの機会にぜひオレンジリボン運動を知っていただいて、そしたちょっとしたお手伝い、ほんの小さな声かけということで、ぜひ虐待のない社会を作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、理事長ありがとうございました。ちょうどね、僕もこの小さなリボンつけてますけれども、ぜひですね、皆様このオレンジ色のリボン、この意味をですね、少しでも知っていただいて、児童虐待なくしていこうという活動を皆様ぜひご協力をよろしくお願いいたします。そして今回ですね、皆様は会場内を関係者の方歩いていらっしゃいますので、もしこのちょうど映像に映っているお二方、ご覧になられましたらお声掛けいただければですね、ステッカーのプレゼントこちらです。あかんということでね、はい、こちらのステッカーを皆様にプレゼントしておりますので、数に限りがありますので、ぜひお声掛けをよろしくお願いいたします。さあというわけで、子ども虐待防止オレンジリボン運動の、皆様に説明をさせていただきました吉田理事長、ありがとうございました。さあそれではこの後はですね、14時40分からリバティウォークタイムということで、この後リバティウォークのマシンがこの特設コースを走ります。皆さんどうぞお楽しみいただきたいと思います。
なんであんないっぱいいたの、あそこにね。誰も引かないんだもん。あれだって大事故よ、あそこ。ヒート1から前後ドライバーを入れ替えたヒート2、周回数は7周だ。ヒート2もリバースグリッド、やはりキーマンは満州鉄道。彼らの周りで何かが起こる。スタート前、オレンジ車内で本音がポロリ。本気で行くんだろうな。意外と野村さん熱くなっちゃうからな。負けず嫌いだしな。2ヒート目が始まるとですよ。いや、さっきはね後ろで振られたけど、今回は前行くですよ。シュシュダンジ行くときゃ行くとです。さあバックストレッチ隊列を整えまして、このままターン4に入ってきます。ポールポジションの阿部風間が第4ターンを立ち上がってまいります。さあ日照旗が振られたらスタートということになります。ゆっくりと溜めて、さあどうだ、もう間もなくヒート2がいよいよスタートする。7周の決勝レース、ファイナルレースがスタートいたしました。55番がインから入った、55番がインから入ってった。危ない危ない危ない、引かない得点勝って、いやー危険なレースのオープニングラップ。ヒート2は早くもオープニングラップから1台が横向いている。稲田大二郎が横向いた。さああっち行っちゃったおかちんが鉄砲風間のプッシュを受け横向く55、それにつられてオカチンもコースアウト。開いた。直後もマサが風間に激しいショルダーチャージ。先頭はチームオレンジだ。 D1 組がぶっちぎりトップで、これは先頭キープ。2番手はゼッケン19番のバンド組。さあ55番は戻っていきました。どうやらタイヤパンク。55番、これは稲田大二郎組はどうやらタイヤがパンクしております。ブレーキ役の稲田大二郎がタイヤパンク。さあそして戻ってまいりました。先頭戻ってまいりました D1 組。運転は野村健、ブレーキ役は熊高直重。その後ろからバンド組今村陽一とバンドマサ。そして3番手にはゼッケン2番。そして最後尾、すごい状況。オカチンにぶん回される55。すごいことになっている。周回遅れが出てきそうな状況になってきました。55番はタイヤがパンクしてこんなんなっちゃって、これじゃ走れないよ。こんなの危ない。周回遅れになっちゃった。お腹痛い。周回遅れになりました。ゼッケン55番の稲田大二郎勝ち組。稲田大二郎のタイヤがもうありません。もう戦線離脱。危ないって、危ないよち危ないさあこれで何周目でしょうか。4周目、現在4周目に入っております。7周レースの4周目、順調にゼッケン1番のチームオレンジ、野村健、そして熊高組、それを追う今村陽一バンド組。さあ5周目に入りました。5ラップ目に入った。さあ一足で引っ張るゼッケン19番稲田大二郎組もあんなの後ろ車載カメラ、車載はどうなってるんでしょうか。もしかして普段よりうまくドリフトしてません？さあいよいよ6周目に入りました。先頭変わらずゼッケン1番6周目、そしてその後ろからゼッケン19番の今村君、怖い危ないよ、お腹痛い。
西部警察大門も真っ青のモーターアクション。笑える。これでファイナルラップに入るぞ。危ない。クマクモが当たった。最後で気が緩んだか、壁にガッツンコ。先頭争いがデッドヒート。ファイナルラップ、いよいよ先頭争いがデッドヒートだ。さあチームオレンジのぶっ飛んだマサがぶっ飛んだ。文字通り陽一に振り回されるマサ。マシンはもちろん制御不能。はあはあ危ねさて皆さんお待たせいたしました。ここからはリバティタイムということでお待ちいただいたでしょうか。さあ放送席にはリバティウォーク代表の加藤社長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ皆さんこんにちは。なぜかここのステージじゃないところにいます社長、8年ぶりにリバティウォークがこのお台場に帰ってきました。そうなんですよ、ね、今回ねエンジンをボアップして、はい、なんとかこの D1 のね、東京ドリフトで、はい、もう一度8年ぶりのね8年前のね素晴らしい皆さんが応援してくれた走りを見せたいなと、なるほど、そういう気持ちの中でね、お台場にやってまいりました。さらにパワーアップしたマシンとそしてリバティウォークを見せようということで、まあ本当にね昨日はちょっとあいにくね、午前中風でねテントがね飛んだりしましたが、はい、まあ今回ねそれをね吹き飛ばす勢いでね、皆さんにね、まあ、コロナ明け、元気とね勇気と笑顔をね持ってもらうためにね、はい、この1000馬力の2台を、はい、なんとかこのお台場に持ってきました。そうですね、はい、はい、さあというわけで今回ですね、こちらのランボルギーニのドライバーが斉藤大吾選手、そして S1 号シルビアのドライバーが幸男ファウスト選手ということで、社長素晴らしい2名のドライバー来ましたね。まあうまくいくのかどうかっていうのはまだ僕には分かりませんけどね、はい、さあ行きましたよ。はい、さあまずはこの斉藤大吾選手、いいですよ。はい、さあこちらが今回社長、今回新しいエアロパーツなんですね。そうなんです。シルエットワークっていうね、はい、ちょっと派手なねパフォーマンスの車で、はい、今回また4ローターでね、シルビアもやってまいりました。そうですね。まあなんかいいですね。いいですね。さあまずは2台がこのウォームアップ走行をしておりますが、まあウォームアップというよりはもうリバティウォークが帰ってきたぞという一つのねご挨拶程度の走りですね、これはね。まずはなんかウォームアップの方がうまいですね昨日も見てましたけどね、はい、本番になると弱いんですよねそうなんですね。ウォームアップの方が綺麗に走ってましたね、はい、今。まあ斉藤大吾選手はベスト16も残ってますから、今日は今日残ってますか。ノリノリでいきますからね。なるほどなるほどなるほど、そして加藤社長、今回はリバティウォークさんの特別応援席がね。そうなんですよ。なんとかね、はい、高額の価格でねこの VIP 席を買わされましてねそうなんですね。じゃあもうやろうかということで、盛り上げていこうかということで、まあ次々36年前なら36回払いのローンでいこうということでなるほど、はい、反抗したわけですね。そうですそうです、いやでもたくさんの方がお越しいただいてますけれども、これ皆さん加藤さんのお客さんは。いや本当にね、チケット売らないと元取れないもんですからなんとかね1枚いくらかで売りましてね、なんとかそれ以上に利益が出てしまったというね、はい、こんないい利益のね D1 になりましたね。じゃあ黒字なんですね黒字になってしまったんでまあもっともっとねこれね、素晴らしいパフォーマンス。最初はね、はい、単走でいこうと思ってます。なるほど、はい、最初は単走ですね。単走でございます。ということはこの後は斉藤大吾選手10代の子供たち多いですよ。そうですね、小さな子供も非常に多いですね、はい、写真に写ってはいけない人たちもいますからねぼかしを入れてもらったりしないといけない部分もありますけどね相変わらず変わりないですね本当にはい、今回ですね会場でオレンジリボン活動というのをやってまして、お子様のね虐待をなくそうという活動もしてますので、なるほど、ぜひ今日は社長もその活動に協力いただいて、
もう絶対虐待はいけませんよね。そうですね。まあこれからはね、大人たちがね、子供たちをね守る時代ですからね。そうですね。もちろんでございます。はい。まあやっぱりこう社長みたいに楽しい車をいっぱい作って子供たちに夢をねまずは見せて。そうなんですよ。もうね、これを作った限りはね、たくさんの人にね、このドリフトね、そうですね。興味持ってもらうということで。さあ来ましたよ。さあ一つのモータースポーツとしてこの日本発祥のドリフト。これに今回はリバティウォークさん加藤社長が賛同してですね、8年前に作った当時はアドバンカラーでしたね。当時はアドバンカラーだったんですけども、はい、今回ちょっと中途半端のね、ロータリーカラーに変えました。なんでブルーのロータリーにしちゃったんだっていうよくわからないカラーにしちゃいましてね。松田さんオレンジと緑のねグリーンのなんですけど、なんでブルーにしてしまったのかっていう、ただ生地があれしかなかったっていうそんな冗談もありましてね、これ。いやでもね本当にかっこいい。このエアロパーツはね本当もう当然市販されてるエアロパーツですからね。そうです。まだ売れてませんけどね。これからいっぱい売れますからね。派手すぎて売れてないですよね。さあというわけでまずは斉藤大吾選手のターンス。これ社長せっかくだから点数つけてくださいよ。そうですね。僕 D1 とかいろいろ見てますけど、だってルールが分かってないですから。さあそれでは斉藤大吾の1本目です。まずは馬力あるんですよ。さあセクター2アウトグリップをしっかり取っていいですね。いいですね。いいですね。さあそしてセクター4、ここからセクター5に入っていきます。セクター5ですかね。セクター5、ここはしっかりと角度をつけて斉藤大吾選手綺麗に回っていきます。いいですね。スムーズに回っていきました。さあ社長何点ですか？98点。98点入りました。ちょっと僕もローズのこと詳しくないんですけど、角度がちょっとついてなかったっていう。いや十分分かってますね。角度ついてなかったですね。そうそう、まだちょっと守ってますね。まだでも1走目ですから、角度がついてないなっていうので、まあ減点 0.2 点ということで、ちょっと甘いジャッジになってますけどね。そうですね。減点 0.2 点だと 99.8 点だとね、減点2点ですね。さあこれでフォーローターです。この調子いいです。エンジンがね。さあ続いてユキオファースト選手、これも独特なエアロパーツですよね。本当に。これ売れてます。これ売れてますか？海外で売れてます。あ、そうなんですね。今 JDM の時代がやってきましたから。まあシルエット本当にね、昔はこういうマシンに人がいっぱい乗って、星野さんも富士スピードに集結しましたからね。そうですそうです。さあ続いてユキオファースト、1000馬力のこの S1 のシルビア振ってくる。さあセクター、ちょっとそこから合わなかったですね。そしてセクター3のアウト側、アウトゾーンクリップを取って、そしてセクター4へと向かっていく、綺麗に入ってセクター5、ここまでは迫力がバッチリです。さあユキオファーストの1本目、社長点数はどうですか？ちょっとこの1走目の第1コーナーですか？そうですね。あそこが四角の枠に入ってなかったですね。これ点数失格ですね。失格0点。プロなのになんであんな走りをしてしまったのか。なるほど。もう少しやっぱりこう攻めてほしいところですね。さあというわけで点数が入りませんでしたユキオファースト。ただ走りはいいし車も非常にかっこいい。そして会場も今回のねリバティウォークさんの VIP 席も非常に盛り上がっております。 VIP 席盛り上がってますか？盛り上がってますね。ね、盛り上がってもらわないと元取れませんからね。はい、もう黒字だからいいですね。黒字ですから。もう黒字ですから、黒字を支えた皆さんが、はい。まあ次追走です。はい。今社長リバティウォークさん全国にこうアンテナショップをたくさん作ってやってますけれども、やはりこう全国でたくさんのリバティウォークファンの方って増えてるんじゃないですか？まあ本当にね今はね日本ももちろんなんですけど、海外ですね、ヨーロッパとか今回ポーランドとかインドネシアとか行きましたけどね、ものすごくファンが多いです。あ、そうなんですね。特に10代の子たちが多いです。はい、10代か50代か60代です。はい、さっきちょっと話の途中でしたけど、やっぱその JDM がものすごく向こうで流行ってるんですか？流行ってます。もうスーパーカーよりも JDM です。あ、そうなんですね。 JDM です。だから先ほどの S15 のシルエットのようなエアロパーツが本当に売れていくということですね。ようやく日本のこのカルチャーが世界にようやく届いてもらったのかなっていうぐらい、今は JDM がすごく人気でございます。なるほど。でもそれ加藤社長のキャラクターに一緒に JDM がついてって感じも若干僕はまあ AKB なのか JDM がよくわかんないですけどね。流行りがね。そうですね。さあ今度は追走へと移っていきます。先ほど98点を取りましたので、斉藤大吾選手が先行ですね。これねパワーがね、ランボルギーニ1300馬力ぐらいあるんですよ。1300。でも今回は、まあ1000馬力ぐらいに落として、シルビアの1000馬力と合わせた状態でやろうと。そうなんですね。ちなみにV12 のなんか肩バンクずつ V プロがついてるっていう噂を聞いたことはそうですよね。はい。
さあそれでは先行が斉藤大吾、後方がユキオファースト、どうでしょうか。今シグナルが消えました。さあスタート。ランボルギーニがやっぱり速いですよ。さあそのランボルギーニ、ユキオファーストしっかりと捕まえることができるでしょうか。さあ2台が入ってくる。さあどうだ、ちょっと斉藤大吾が戻ってしまったが、さあ社長、これはちょっともういい加減にしてほしいですね。斉藤大吾選手、ちょっとうまくコントロールすることができませんでした。先ほど言いましたよね、練習走行は一番うまいんですよ。あ、なるほど。特に大吾はね、本当に弱いんですよ。さあというわけで斉藤大吾、これ今追走ね、どんだけ見た目が来るのかと思ったんですが、ちょっと斉藤大吾選手失敗がありました。これワンモータイムですね。ワンモータイムいきましょう。ワンモータイムですね。あとね、オーバーヒートしやすいんですよ。あ、先ほどからかなり冷やしてる感じがありますから。そうなんです。まだシルビアはラジエーター関係がちょっと大きくして、ファンも大きくしたんですけど、ちょっとランボルギーニが一回走ってしまうと水温計が約100度近く上がってしまうんですよ。だからできるだけ冷やして走らせるようにしているんですけど。でも今の走りはちょっとダメですよね。そうですね。もうファンの人がっかりですよね。しかもちょうど社長の目の前でドリフトが戻ると。戻るということでね。まあ自分がやったらもっとうまくできたんじゃないかっていう。そうですね。来年ぐらいは D1 の免許取って僕が走ってるかもわかんないですよこれ。社長もでもドリフトできるんですよね。いや1回か2回しかやったことないです。そうですか。やっぱりでもね難しいですよ。でも海外の道に行くとホイールスピンとかいっぱいやってますもんね。まあそれだけは得意なんですよ。海外だけは得意ですね。行動でちょっとホイールスピンやったりするのは得意なんですけど、今はダメですよ。昔はそういうのよくやってたんですけど、でも結構距離があるとやっぱり難しいんですよ。なるほど。よくあるのは右回りは簡単で左回りが難しいとか。最初僕らもそういうことをね、この前2年前に初めて乗って教えてもらったんですけど、いかにプロの人がこのライン取りをうまく走るのか、見てると簡単に見えるんですけど、実際走ると難しいと思いますよ。そういうことですね。でも来年はね、なんとか自分の中でこの D1 ドリフトの中で先頭立って走ってみたいなっていう気持ちだけですけどね。社長 D1 戻ってきてくれないですか、2024年。いやー、やっぱり褒められる人より D1 の方が面白いですね。人が多いですから、人が多いですから。確かにね。はい、人が多いです D1 はね。団体名が平気で出ちゃうとかいいですね。いやもう P は入れられませんから、これどこまで来ても。人が多いですから、お台場ですからね。まあこれだけ人が集まってくるとね、走りがいもあります。まあやはりその D1 グランプリの歴史がこういうところでちゃんとできるっていうのもありますからね。いや本当にね、こういった街中でこれだけの要はドリフトができるって、まあ本当になかなかできないことですから、もっともっとたくさんの人にね、このドリフトのね、この走りに興味持ってもらって、いつかはドライバーになりたいなんてね、思ってもらえるような競技にしてもらったらいいかなと思ってます。リバティウォークも当然、社長がマシンを作ってチーム運営というのをきっちりやってますから、いつかはこのマシンに乗りたいっていう若者たちが。そうなんですよ。僕らはあくまで競技じゃなくて、かっこいいマシンをどのように現実的に走らせて見せれるのか、そういうのをやっぱりライフスタイルをメインでやってますから。そうですね。でも今回は失敗できませんよ。そうですね。今回は子供たち見てますからね。まあでもユキオファースト選手も社長にね、ぜひ乗らせてくれって直談判してこられたんですよね。そうなんです。ブラジルのね、ドライバーなんですね。でブラジル行ったらユキオファーストってものすごく有名なんですよ。だからブラジルのファンもリバティウォークのファン多いですから、確かにね。まあいろんな世界を巻き込んでね、この走りを見てもらえればいいかなと。そうですね。はい。さあそれでは今度は2回目ですね。同じく先行斉藤大吾、そして後井がユキオファースト。今度はどういうこと？ユキオファーストがさあやはり斉藤大吾選手の水温がなかなか下がらないということで、パレードなんですね。さあ皆さん斉藤大吾選手、はい、手を振って素晴らしい走りに応えてください。パレードなんでございます。これパレードなんですね。はい。水温も今ちょっと上がりすぎちゃって。そうですよね。まあ来年に向けてマシンを壊したくないですよね。さあそして斉藤大吾選手の周りを松井幸雄選手がしっかりね、ちゃんと自分たちのスタンドの前でやってますね。さあ4ローターの S1 号シルビア、このシルエットのエアロパーツが非常に特徴的なこのマシンがですね、今斉藤大吾選手の周りぐるぐると定常円でしっかりと走り切りました。さあ斉藤大吾選手がまた戻っていきますが、これで多分ね、エンジンが少し冷えました。なるほど。次は最終で決めてくれると思います。最後もう一回もちろんです。きっちり、
台本ではこの定常演走行で終了になってますけれども、もう一回やるわけですね。あれもう行っちゃったんですかね。ああ、そうですね。やはりこれで今パドック戻りましたので、はい。さあというわけで、社長、今ね素晴らしいリバティウォークの2台のマシーンの走りをご覧いただきましたけれども、会場にいらっしゃる D1 ファンの皆様に一言頂戴いただきたいと思います。本当にね、このモータースポーツね、東京ドリフトというこのドリフトをねスタートにね、また来年に向けてね、素晴らしいパフォーマンスをリバティウォークとしても頑張ってやっていきたいと思いますんで、ぜひね、また5時からね、また素晴らしいもう一回ねチャレンジしますから、ぜひ残って見てもらえればいいかと思います。はい、ありがとうございました。どうもすいません。さあというわけで以上でリバティタイム終了です。この後は15時10分から追走トーナメントへ移っていきます。ぶっ飛んだマサがぶっ飛んだ。文字通り陽一に振り回されるマサ。マシンはもちろん制御不能。はあはあ、危ねえ危ねえ、ごめん陽一、もうブレーキもないよ、効かないんだよ。感覚が離れました。ひっくり返った、ひっくり返った、ひっくり返った、危ない危ない。喋れないマナティーの顔にご説明しよう。勢いよく S 字を抜けたはいいものの、右フロントが溝に落ち、車は転んじゃ、車内でゴーゴーがぴょこぴょこ跳ねちゃってます。いやー、車って簡単にひっくり返るもんなんすね。うふふうふ。優勝ゼッケン1番オレンジ、2位がゼッケン10番バンドマサ組、そして3位にブリッツ阿部ちゃんともうやだよ。転がったマシンに駆け寄るカメラ、映し出されたものはよぼよぼのおじいちゃん。いい加減にしろよ、いい加減にしろよ。お腹痛くて実況できねえよ。おたけびを上げるゴーゴー、満足してるかと思いきや、何を怒ってんですか。これね、この穴ね、ここ落ちればそりゃひっくり返るよ。さあということで2007年トレインカーレースインジャパン、本当に無事にね事故もなく大変素晴らしいレース展開であったということで、それでは表彰式に参りたいと思います。それではですね、まずヒート1優勝チームに表彰です。優勝したのはゼッケン19番今村陽一バンドマサ組。副賞はですね、トレインカーレースということもありまして、小田急ロマンスカーで行く鉄道の旅箱根温泉ペアで1組2名様ご招待。俺ら2人ですからペアだ。ちゃんとロマンスカーで行ってくださいね。はい、それは実費ですから。また事故ですか。半分。第2ヒートファイナルの優勝はチームオレンジゼッケン1番熊本の地芸の村家じゃーん。さあこの副賞は逆俺ちっちゃいなんとアメリカ賞金10万円。本当にですね素晴らしいレースだったんですけれども、はい、誰のおかげでも別だと思うんだ。一応ですね頑張ったんだお前、見てみろこれ。はい、特別賞の発表です。今回の2007トレインカーレース、ここまでレースを盛り上げていただきましたゼッケン55番稲田大二郎岡村和義特別賞です。副賞はですね、アメリカ本土におけますトレインカーレースの第2戦に出ていただきます。
いやいやちょっと降りない、いやいやちょっと降りないでくださいよ。ちょっとアメリカ。はい。アメリカじゃお前遊びでできないんだぞあれ。そうですよ。いやこれを遊びでできる人いないでしょ、こんな状態。いやごめんなさい、間違えました。アメリカ旅行ね。アメリカ旅行です。いや鎖つなげて、いや鎖つなげてね、必ず鎖つなげていってくださいね。2人で、はい、ペアで。いや4じゃないですよ。あやちゃんじゃないですからね。ということでですね、本当にこれだけ盛り上げていただきました2007トレインカーレース in ジャパン、ぜひですねこれを見てトレインカーレースに出たいという方は恵比寿サーキットの方にお問い合わせください。月に1回はですね走れないラジコンカーレースも週に1回ない。次回この恵比寿スーパースピードウェイ一体どんなレースやるんでしょうか。本当に楽しみになってまいりました。その時のメンバーはまたこのご覧の方々だと思います。お疲れ様でした。It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。 Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. Well, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on the track and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。 トヨタイズ。もしかしたら100点狙い。うわー、来たすごいフリー返していく、いった中村直樹先頭、後追い秋葉流星、それでもいった近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする世代プレミアム会85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。
ノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they're refined. The real deal. Cusco. さて、ビデオオプションをご覧の皆さ様、あここからですね、D1 グランプリ追走スタートとなっていきます。さあというわけで、後半もですね、マサさんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。そしてゲスト解説第1弾で放送席にお越しいただきましたのはこの方です。中村直樹選手です。はい、どうも。あれ、なんでこんなとこにいてるんですかね。それはこっちのセリフですよ。そうですよね。何やってるんですか。いや、手元狂いましたね、多分。手元好きですね、その言葉。手元狂いましたねって昨日も。はい。まあでもね、もう何言われても、もう今年厄年で全部ごまかそうかなと思ってます。なるほどね。川端じゃない、誰でも言ってたっけ、横井選手。いや、横井選手は厄年なんですよ。前役。自分翻訳です。翻訳。はいそうとはいえね、こんだけのお客さんが来てる中。でも我々はめちゃめちゃ走りかっこよかったんですよ。いや、見ててね。あ、ほんまですか。ありがとうございます。本人的にはどうだったんですか。いや、まあ、なりに決められたと思って。でも、これは厄年です。厄年ね。なるほど。ちなみに緊張感ってやっぱあるんですか。なかったっす。あ、ない。はい。でもスタート前にホイールスピンしてるのはね、さっき高橋審判員とかも話してましたけど、やっぱりその何かこうグリップがトライとかあるんですか。やっぱり点数上げたいんで、やっぱトラクションが必要やったんで、タイヤの熱入れをちょっとしっかりしましたね。ああ、なるほどね。はい、まあその辺ちょっとね後で聞いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあというわけでですね、ここからベスト16のトーナメント出場選手がやってきます。さあこちらがカーナンバー27番ですね。さあこれですね、今藤野選手、もう勝てば、1回戦勝てばいいんですって。だってもうこれ単走1位のポイントで、もうシリーズチャンピオンちゃうんですか。そう、いやいや、勝ったら優勝。まだね、これでもし藤野選手が、負けてしまって、田中聖美選手か松山北斗選手が優勝するとそうか、それがありますよね。そうなんですよ。自分との勝負でした、それは。そうなんですよ。だからじゃあ直樹さんはもうないんですか。直樹さんはもうないですね。いや、わかんないですよ。藤野選手がここでビート落ちで、他の選手こけるシリーズチャンピオン。そうだ。なるほどね。まだビート落ちね。ビート落ちは0。そうですね。今日なかったことになりますからね。そうです。ビート落ちは0だけど、あ、そうか、なかったことになっちゃう。1日なかったことになる。そういうことだ。はい。
そうかそうか。だから中村選手はそれを祈ってるっていうことです。そう、ビート打ちを狙ってますさあとにかくでも我々は正直ですよ、茂木選手に頑張っていただいて少しでも茂木選手ポイントをね、ポイントランキング争い、シリーズチャンピオン争いを面白くしてもらいたいななんて。あ、そうですね。茂木選手も今シーズンは初のベスト16進出ですよね、多分ね。はい、そうですね。どんな選手ですか？茂木選手はもう昔から D1 出てるんですけど、ちょっと休んでて、まあちょっとでもね、追走タイプではないかもしれないです。単走タイプなような。そうですね。まあでもここ一発きっと皆さんが思ってることは分かってるはずなので、茂木選手に期待しましょう。いや、期待します。さあそしてカーナンバー89のポップ選手、そして対戦するのは川端正人選手ということで GR86 対決です。ここはこの人ですかね。この外国の人。この人ね、ウエットすごい点数出てましたよ。うまかったですよ。速かったし車が前に進むんですよ、ポップ選手は。なるほど。全然ドライと同じような走りしてましたもん。ですか、やっぱりすげえ点数良かったです。良かったです、良かったです。ただ昨日解説に回った川端選手、かなり噛みつきたいって言ってましたから、もう今日は掴むぞっつって。そうですね。いいものが見れそうです。そうですね。さあ今回はこの GR86 対決ということで、まあ今回ですね、この GR86 はまあ登場して初年度なので、まあ初の GR86 の頂点を目指してね、各マシンが頑張っていくんですが、まあ中村直樹選手は今回 GR86 としては予選最下位と。きついね。なんでリスペクトしないと。いやいや、僕好きで、昔からよく知ってる、好きで。なるほど。言える中なんで大丈夫かな。GR 最下位ですか。最下位。いや、そんなことないですよ。昨日かっこよかったじゃないですか。いや、昨日は GR 最上位でもないんですよね。ただ噛みつき度合いはね、もうね、捕まえたっていうのはね、昨日見せてくれたんで。でもどうですか、マシンの熟成度、成熟度。マシンはもう最高にいけてますよ。ぶつかった影響はなかったですか？いや、結構ありますけど、でももう大体は治ってるんで、まあもうノリでいけば全然いけたんですけどね。でも時田さんが言ってましたけれども、決勝のスタート前とか車の中でめちゃくちゃ騒いでるって大声出して、そんなとこ見られて恥ずかしい。違います、それ悪い風に言ってるけど気合い入れてるんですよ。イエーイみたいな。そうですか。それめっちゃ騒いでて悪い風に言ってます。めっちゃ悪口ですよ。いやいや、悪いことは捉えないですけどね。騒いでるってね、可愛らしい。さあそして続いての対戦ですね。ベスト16、3組目は石川純也選手対北岡佑介選手です。さあこの対決、監督、この対決はね、このお台場来て石川さんの車とドライビングがですね、非常に合ってるように思うんですけど、どうですか？単走もいいしね、すごい合ってますよね。乗れてますよね。中村選手、逆に他の選手の走りってよく見られるんですか？そうですね、結構見ますよ。現場に入ってから。このお台場、やっぱりシルビアより。 Alright everyone, welcome back to the action here at round 10, the final round of D1 Grand Prix for 2023. We are about to start the top 16 battles. GR ってあんまり違和感ないんですよ。滑らか。その辺、その辺ちょっと有利でしたね。ガタガタとか言っても。そうなんですね。マシーンのその元々持ってる組成というのかな、元々のポテンシャルが違うんですね。そういうところがね。ボディ合成が硬いんですかね。So interesting results from qualifying this morning. The biggest news is, of course, Naoki Nakamura sitting in first place in the championship coming into round 10. DNQ wasn't able to put down a good enough run to make the top 16. So the championship result is still wide open going into the final round here. We have a few interesting lineups in the top 16, as you can see on the screen right now. Daigo Saito versus Yukio Matsui for the fourth battle in the best 16. 中村直樹選手は斉藤大吾選手と追走は何回かやってます。それはまだ運よく全部勝ってるんですよ。どうですか、斉藤大吾選手っていう選手は中村選手にちょっとやっぱりやるとなると嫌ですね。速いイメージがあるんで。速いですね。まあでも直樹もめちゃめちゃ速いけどね。他の選手に比べたら。
ただ監督、ここはやっぱりこうスピード対決じゃないですけど、松井裕樹選手も非常に速いので。そうなんですよ、昨日もそうなんですけど、単走の時はすごい速かったんですけど、追走になるとなんか掴まれちゃう感じもあって、それを今日どのぐらい先行でぶち切れるかっていうところが見ものじゃないかなと思いますけどね。そうですね。さあ斉藤大吾選手のフラッグを振っている応援団もやってきております。さあ続いてベスト16の5組目です。村上充選手対末永 Next battle in the best 16, Mitsuru Murakami in the GR86 versus Masao Suenaga on screen right now. 5組目で現れます。村上選手もかなり練習してね、ここに来たっていうのも聞いてますし、だいぶマシンも仕上がってる感じじゃないですか。そうですね、GR 調子いいですよね、村上選手も。これ村上選手リアウィング取ってますね。はい、もともといつもついてない。もともとないんですね。ないですね。なるほど。さあここに来て、ちなみにやっぱりそのエアロパーツの機能ってするんですか、ドリフトって大きく関わってます？どうですかね、あんま自分は感じたことないですね。オートポリスとかでもありそうですね。ハイスピードコースリングとかはすごい、はい。さあそして中村選手 V8 So with Naoki Nakamura not qualifying for today's top 16, there's a pretty good chance that he won't end up winning the championship, although numerically he's already lost it. The second place points holder Fujino qualifying quite well this morning and getting some points for his qualifying result. VR とかは逆に興味ないんですか？VR はそうですね。VR 行くなら V8 ですね。There still is a chance that some other drivers could potentially win, but it's looking very good for Fujino coming into today's competition. Also, he was yesterday's winner. それ中村選手何機ぐらい壊してるんですか？数 J ですか？もうでもね7機ぐらいいってますよ。7機。逆に SR は何機ぐらい壊してるんですか？SR ですか？SR はねもう積み上がるぐらい壊しますね。もうね100機ぐらいいってます。トーナメントができるぐらいね。まあでもそれぐらい壊して今の地位があるわけですからね。さあそしてベスト16の、こちらが6組目ですね。松川一也選手対秋葉流星、こちらもベテラン対ニューカマーの対決ですね。お台場といえば松川見れるんですかね。お台場といえばドゥルーピーみたいな、こうなっちゃうんですかね、久々に。だってこれフロント285かなんか入ってんだよ。そうなんですか？285だから重くしてわざわざ太いタイヤ履いてるんだって。すごいセッティングですね。だからドア純正なんだって今。昔は軽量化してるんだけど、このなんかレギュレーションで重くしたらタイヤ太くできるんでしょ。太くできますね。だからそういう風にして。あ、そんなになってるんですね。キャンバー8度。設置してるのすごい少ないって言ってた。そうですね。でなおかつ僕ね最近気になるのはこの秋葉流星、どうですか？いや秋葉流星はねもともと勢いいいんですよ。けどやっぱり本番で力出せなかったんですけど、最近だんだんこうね力この前回から結構自分の力を。Next battle here, Matsukawa versus Akiba. Akiba there in the S15 Sylvia. Now this weekend, honestly, the team droopy drivers. でもこういう選手はやっぱりそのオートポリスでも確か2位でしたね。Matsukawa こういう一つなんかのハードルを超えた瞬間に安定してくる。being one of them. Also Junior Ishikawa. 顔がイケメンだし。Really doing well here at Odaiba. Both of those cars. そんな感じがありますが、さあというわけでベスト16の6 Was yesterday Ishikawa qualifying first. ということです。And today both he and Matsukawa in the AE85. Sorry, AE85. I was right. 昨日もでも秋葉流星乗れてますから、結構このままいっちゃうんじゃないかなと思いますし、ただドゥルーピーはやっぱこのお台場っていうイメージがあるんでね。This particular car. 2台残ってますし。2GR engine in that. It's a V6 twin turbo out of the Toyota Crown. 2人ともなんかやっちゃいそうな気もするし。まあでも楽しい追走を見せてくれそうですね。さあそしてベスト16の7組目となる Next battle, Seimi Tanaka versus Pon. またタイの方がすごいですね。Now Thai drivers doing pretty well today. でも今シーズンは結構タイの選手は実は残っていて、開幕戦の筑波も残って、奥井吹ですね、奥井吹も残ってますし、筑波に関してはやはり2名残ってますね。すごいレベルが上がってきてるんですね、タイも。これ全く読めないですけどどうですか、直樹さんこれ。
この対決。この対決ですか。田中聖美選手対本選手ですね。田中聖美選手がたまにミスするんですけど。 Today in the top 16 we have two of our Thai drivers, Pond on screen right now, and also Pop. まだ田中選手はチャンピオンの目が残ってます。 Those are their nicknames that they use. 松山北斗対田中聖美ってこれチャンピオン狙い対決ですね。So Seimi Tanaka, after the rounds at Autopolis, looked like he had a good chance of taking out the championship. Unfortunately, after the results yesterday, not looking too likely for a first place, but still, overall high result for Seimi Tanaka in 2023, no matter what happens from now on. 田中聖美選手もやはりその一つ優勝というのを1回するだけでバッとこう化けそうなそんな感じがね、中村選手ありそうですね。さあちなみに田中聖美選手とこう名阪でまだ一緒に走ったりされてるんですか？もう最近あんま走れなくなりましたね。そうなんですね。昔はよく走ってましたけどね。なんか一時期こう名阪っていろんな SNS で情報を見ましたけど、最近名阪って皆さん結構走られてるんですか？いや最近名阪 And the final battle of the top 16, this is going to be a good one. Hokuto Matsuyama threw down an amazing qualifying run this morning. Very exciting driver to watch. He's up against your boy Yokoi, who did not qualify yesterday, but somehow managed to qualify today. 金曜日だけで一番になりたかったんです。いや金曜日は全く壁がこう迫ってくる感覚なくて、もう体が麻痺してたんですよ。で前回でって言ってます。だって今回のお台場でコンクリートにぶつかったのは直樹さんだけなんですよ。そうなんです。まだこれから分かりませんからね。まだありますから。だって本当にこんなにスムーズに今までないですから。いやですよね。フォークリフトも1回だけ。さっきの The Supra of Matsuyama performing very well this morning in the wet conditions. Seems to have a surprising amount of grip. He's also one of the fastest drivers on average in D1 Grand Prix. 予選の時車調子悪かったですか？なんかストレートスピードあんま伸びてこなかったですね。ですよね。というわけでベスト16の8組目は松山北斗選手対横井正義選手ということですね。どんな戦いですかね。横井選手はこれ中村直樹選手は仲はいいんですか？なんかね。仲がいいというよりかもうライバルで因縁のこうなんか因縁やり合い。まあでもなんか横井選手昨日自分のこと嫌いや言うてたらしいですよ。よく聞いてますね。嫌い言ってましたよ。でも嫌いって言っちゃいけないみたいなね。でもなんかでも愛のある嫌いでしたよ。ねそれはちょっと怖いですね。逆にね。まあね、川端選手、そして大悟選手、斉藤大悟選手みたいなね、そういう本当に強力なライバル関係。そうですね。でも昨日ほら解説席に座ってていろいろ聞かせてもらったんですけど、頭いいじゃないですか。なんか頭いいです。頭良かったですよね。すごいこういう風にやっても絶対にもう点数取り返せるし、だから勢いだけじゃなくてパッションだけじゃなくて、もうこういう風にやってこういう風に点を取ったらこういう風に追走の戦い方をすれば勝てるっていうのが頭の中で分かってるんで。なるほど。なんか僕のそう思ってるイメージだと結構どんどんやっちゃうような刺してみたいな。確かに。でもなんかね、その頭の回転が速いところを。So that is your top 16 for today's battles here at Autopolis at Odaiba. そうかな。そうかもしれない。Of our pit reporter Kawasaki from Drifting Goku magazine. 僕はずっと昔から見てる人間だとやっぱパッションある人の方がなんかうわってなるじゃないですか。直樹とかうわってなるじゃないですか。大悟もそうですけど、やっぱそういうね走りの方がなんか点数が上がるんじゃないかってずっと見方で見ちゃってたんで、今やっぱ頭を使わないとね。頭使ってます？いやそこは一番弱いところです。いやもう C3 隕石っていうかね、さっき後ろの控え室で結構頭使ってるのその雰囲気ありましたよ。So we're about to start the top 16 battle here at Odaiba. It's been a chilly day. Oh, hello. It's been a chilly day so far with a bit of rain this morning. Also this wind coming off the bay. It's quite cold, but that's okay. We're about to see some hot action out there on the track. それではここで D1 グランプリの追走審査方法についてご説明。 So D1 Grand Prix, tandem runs, how does it work? Well, just like in qualifying, we use the DOS system to judge that. So each of the drivers will receive a score for their run, both lead and chase.
lead run needs to do a qualifying style run where they need to hit all of the zones and keep their car within track limits. Chase car needs to do their best to keep up with the lead car and imitate the car in front, get nice and close to them for the entire course. That will give them bonus proximity points, that blue number there. For the entire course, it's possible to get a bonus 15 points if they can stay door-to-door with the lead car for the entire track. This is the way these guys can win, by getting proximity points. Of course, it's still possible to get points taken away for penalties, such as the lead car missing the zone, any kind of collision, straightens, and other things like that. Each car will lead once and then chase once. The scores will be added up and the driver with the greater amount of points will move through to the next bracket and through to the final. If they can D1 グランプリが誇る接近戦をお楽しみください。さあというようにですね、まずは D1 の追走審査 So の with that said, we're about to start the top 16 battles. さあ監督、追走になってき We're ま going to すとちょっ start とこう複雑な now, which is just before 3:30 in the afternoon. Of course, the sun goes down here at about just a bit before 5 o'clock, so we should be ending the day and the battles in the dark, under lights, which at a racetrack is sort of so-so, but here in this urban environment, in Odaiba in the middle of Tokyo, kind of a fun thing to do. Because we have here today this guy here, Naoki Nakamura, who did not qualify and also went into this round with the maximum amount of points out of anyone so far in the competition. So I'm sure he'll have a lot of trash talk to sling at the other drivers through the top 16. And once we get through the top 16, they'll be changing the drivers, giving their commentary. So we'll see what they have to say. なんであんな捕まえに行くんですかね、もう。いやもうね、ちょっとでも離れてたらすごい不安になってきて、逆に近くにいないと心配。 When we started this morning, track conditions were wet. They began to dry up during the day. And now in the afternoon. There are a few puddles here and there out on the track, but of course that is understandable. It's not a very smooth surface. So for the actual racing line, during the break, we did have a lot of demo runs going. I don't know if any of you guys kept up with that. While it was happening, we had the Liberty Walk demo runs with the Drift Lamborghini. But the track is essentially dry by now. So we should see some more speed and more smoke out of these drivers. Right, first two coming up to the start line. Fujino versus Mogi. すごいですね。本当ね、直樹さんの車載もみんな見てほしい。あんな運転出て、あんなにハンドルが近くて。The first two drivers doing their warm-up run. ハンドルが近いよ。めちゃくちゃ言ってましたよ。よく見てますね。そしてこれがそうですね。ここから始まっていきます。まずはシリーズチャンピオンをかけた重要な一戦、藤野秀幸。さあただ藤野選手は金曜日にマシントラブルがありましたので、あのマシントラブルがひょっとしたらいつ起きるか分かりません。 So these two drivers, Hideyuki Fujino, currently looking like the best hope for taking out the championship. He's up against this guy here, Takeshi Mogi. そのマシントラブルっていう面ではやはりこのお台場の路面っていうのは結構気にされる部分はありました、選手として。いや、まあお台場は基本そこ So Mogi, not the greatest performer in the D1 Grand Prix field, has a chance to do a big upset here. He'll be in the chase in the first run. 川崎編集長がですね、会場を盛り上げております。何でも屋さんですね。何でも屋さん、まずやっぱマルチプレイヤーですね。ただのドリフトファンですね。確かに。
すごい会場盛り上がってる。めっちゃ盛り上がってますね。直樹さんのうちわ持ってる人いないですね。中村直樹選手はドリテン時代じゃない、ドリテン世代じゃないよね。ドリテン世代です。ドリテン世代、ど真ん中だっけ？はい。そうですね。はい。ちょっと。何これ冷えた感じ。さあそれではこれ茂木選手ですね、監督。いやー、やっちゃうのか。All right, here we go. First battle of round 10, the last round of the year. マシンはすごい藤野乗りやすそうだもん。Fujino looking like he's going to take out the championship. The way things are going, he's up against this guy here, the Joker in the deck, Takeshi Mogi. S15 Silvio be in the chase in the first run. Here we go. Fujino in the lead. First run. Well, all of a sudden, Mogi just pulls that run out of nowhere. We haven't seen him drive like this all year so far. Fujino putting down a solid lead run. ここのね、4セクの部分の直樹さんの縦に転が Mogi, that chase run. He got left behind a little bit coming out of the connector, but managed to catch back up again. Remember, chase car does not need to hit the zones. Only lead car needs to go through the zones. Chase car is allowed to take a slightly different line in order to get door to door, which is, of course, what we'd all like to see. Nothing wrong with Fujino's lead run here, but look at this door-to-door there from Mogi. Looks like maybe he turned the boost up a bit for this run. ちょっと近づきすぎちゃってましたね、ずっと。多分ね、次の振り返りとかアクセルで持っていく5セクにイメージがちょっっとずれちゃったんですよね。さあこれがオンボード I で think すね。 maybe Mogi got a bit too close これは藤野選手 coming into the outer zone 2, which he wasn't able to get as much speed out of that corner as lead car Hideyoki Fujino did. Here, watch this right here. Very close now. What he should have done right about here is back off a little bit and allow the lead car to get up beside him. Wow, look at this run here. This one man here has the chance to upset the entire championship. Takeshi Mogi, the 101.5 versus Fujino's 98, 9.5 proximity. That's 9.5 out of 15 potential proximity points. もう本当に僕茂木さんのこうね追走見るの初めてですけど素晴らしい。やってくれましたね。いやいややってくれましたよ。He knows he's done well. That was one of the best runs we've seen 今度は藤野秀幸 from this guy Mogi all year. 非常に重要になってきます。当然そのプレッシャーはありますよね。これはですね、直樹さん的に言うとここでビート落ちすれば、直樹さんがチャンピオンの可能性ありますから。そうですね。はい。それかここで勝っちゃってビタビタでやるかですね。Right, here we go. Second run now. Fujino is going to have to do the best chase run he's done all year. Mogi's not going to make it easy for him. Chase car is chasing a championship. Oh, two close runs in a row. Let's watch it from the top-down replay. Bit of a mistake from the lead car coming into the final outer zone. Fujino doing a good job in the chase here. Now watch this right here. Watch the lead car wobble there. And another wobble there. Kind of stalls up twice. Fujino, I think, a good idea to back off a little bit and not get too door-to-door with the lead car. やっぱねチャンピオン取るドライバーはその辺のなんかメンタル強いんですよね。もうねビッと落ちても欲しいって思ってることが Okay, I think we have a result from that battle. Let's watch this replay again. どうですか進入から。茂木選手よりちょっと取ったぐらいでかね、まんべんなく取ってますよね。ここもねずーっと同じ距離感でね見てますもんね。そうですね。ちゃんとポイントを抑えてますからね。さあという There's the score there. 96 to 102.5. Uh-oh.
Oh, so close. So Fujino gets the win there. Sigh of relief from the Fujino team. If he'd have got knocked out just there, that would have been something. Mogi, though, putting up a great fight. We're starting out exciting here for the top 16. Oh, so it looks like numerically that means Fujino has taken out the championship? So unfortunately, this guy sitting next to me here was the highest points coming into this round, and as you can see, he's sitting up here and he's not down there in his car because he didn't qualify, Naoki Nakamura. So that is the second championship for Fujino. Imagine if Takeshi Mogi had taken him out. That would have been something. All right, so we have a result there. Fujino, another championship for him after that battle. Right, here we go, second battle. Pop in the lead versus Kawabata. The Toyo team is already on and up. I'm sure that they'd like to see another one of their cars on the podium here today. ちょっと煙で見えなかったような感じもありますね。最初はもうビタビタですよ。ここまで最初は近かったですね。この辺りからやはりその振り返しで少し前が見づらくなってしまいますね。セク4からですね、ちょっとだけでもこのドローンで見てると近いですね。Doesn't maybe look quite as smoky as it is IRL from that top-down view, but let's look at that over the finish line. Pop keeping it nailed. Chase view here from Kawabata's 8.6. It's a 2JZ 8.6 battle. That split second there where you go through the smoke and are completely blind. Aggressive entry from Pop. Kawabata also showing a lot of trust in the lead car. There's a score there. Pop, his lead score at 96. Kawabata, 107 with a 13 proximity. どうなんですか、13取られた時の心境は。いやもう相手に13取られたらおりゃーみたいな感じですね。やっぱもうそうしないと取れないですもんね。中村選手、ほら中村選手、これで焼け酒してくださいっていただきましたよ。500円。リアスさん。500円もらいました中村選手。これでも自分に入らないですかね。それみんなそれ言いますよね。スタッフに交渉しましょう。さあ本当にね、もう皆さんもう来シーズンに向けてどんどんスパチャを今募集しておりますので、はい、ナイススパチャって書いてあるね。ポップさんでもどうですかね、この川端相手にこんだけできるって。どうなんですかね、この人追走今回初ですよね、残るの。どんだけできるかですよね。でも最近外国人もねイケイケなんでね。そうですね、やるんじゃないですか。川端さんがやりすぎなければいいんですよ。そうですね、天候でね。いつもね、そういうちょっとね、やっぱ行っちゃうときにね、髪がかった気持ちが。Second run there between these two. Pop putting on a great show in the lead. He'll be chasing Kawabata this time. さあ続いて今度は川端選手が先行、あの上がポップ選手。ただ川端選手ちょっとなんかうまくゾーンに入ってる気がしますね。そうですか。はい。さあ Here we go, second run. ポップ選手の差を広げていこうという走りですね。これやっぱり川端選手かなり乗ってますね。乗ってますね。これ完璧な走りじゃないですか。先行良かったですよね。Well, another close fight in this second battle. We're only on the second battle of the best 16, and we're already seeing this kind of fight. Kawabata, good average speed through the course, leaving Pop behind a little bit. Once again, Pop doing his best to try and catch up. And over the finish line. ポップさんどうでした？
いやいや、頑張ったんですけど、やっぱり追走、川選手が速かったのもあるかもしれないですけど、ちょっと思うようにつけれなかったかもしれないですね。そうですね。ちょっとね。今リプレイをご覧いただいていますが、これやっぱ4セク行くまでにギクシャクするんです中村選手、これぐらいだとやっぱりこの追走のポイントは取れてないですか？そうですね。And there's the score there. 4.5 ぐらいじゃないですか。そうですね。Top in the chase, 100.5 versus Kawabata's lead run, a 98. That's a very high score for a lead run. And an almost getting close to a 10-point win there. Kawabata. Kawabata moves through to the best 8, and guess who he goes up against? Fujino. ただベスト8の一組目がこれで藤野選手対川端選手、東洋対決になりましたからね。東洋対決ですか。まあバチバチでいく So ん we'll で be しょうね。 having a Toyo Tires head-to-head in the best 8. 皆さん今回東洋ファンシートもありますから、いい走りをねみんなに見せようということで。 All right, next battle, we've already had our warm-up run. It's these two drivers. Yusuke Kitaoka in the JZX100. He looks ready to go. He's up against Junya Ishikawa in the Team Droopy GR86. ただ乗ってる石川選手ですから。そうですね。これはわかんない。 Ishikawa doing really well this weekend. Yesterday qualifying first. Getting knocked out in the best 8 yesterday. Okay, first run. Oh, Kitaoka. Getting all up in there. そうですね。あそこやっぱ難しいんですよね。 Oh, great shot there, both cars, parallel angle. That's very close. The little 8.6 getting monstered by the big 4-door. Lead car though, very fast. You can see the chase car having to take quite a shallow line in order to keep up. But he's doing a good job at keeping big angle though. He's not going shallow angle, shallow line. He's going shallow line, big angle. そしてもうねチャンピオン争いよりも来年のことに向けてっていうアピールにもなり Gets ますから。 walked a little bit on the connective and starts to catch up again. Need to earn those proximity points to get the win here. 北岡選手のエンジン回るもんな、すごい上に。そうですね。あ、10ですね。 A nice lead score there for Ishikawa, 98. Kitaoka 95 with 10 proximity points, not too bad. 本当ですね。気持ちよく走ってるようなそんな感じがありますね。素晴らしいです。さあ続いて入れ替えて先行北岡。 It's a 7-point difference going into this. So the JZX will be leading. 8.6 following. Oh, almost a collision there on the entry. Oh, an actual collision. And a big hit into the FIA barrier. ブッシングやけどこれ次走りますか？いやこれはね、これは走れないな。これは走れないですよね。俺よりひどかったっすよ。基準を自分にするのやめてください。 You can see their GT driver Akira Ida there, just making sure that he's okay. Now, I'm not going to put all of this on Kitaoka. Look at that. There's a collision there, and then another collision once again. Whoa, that was a big jump forward. We couldn't really see it. I was watching the actual. Oh, that's a big hit. I was watching it, the action run in front of me. It didn't look quite as bad as that, because they were coming straight at where we're sitting, but that was a big push. Now that is completely on the chase car. 石川選手が多分もう捨て身ぐらいのノリで飛び込みましたね。確かに。あれはもう多分あこにおる位置でなるって思いましたよ。In one move, he turned that 4-door into a hatchback. これリアラジエーターじゃないですか？いや、リアラジエーターだと思います。ああ、じゃあラジエーターまで行ってしまったらちょっと厳しくなってきますよね。いやもうはい。
あと北岡選手の体もちょっと心配ですよね。首痛いっすよこれ。 So that was a pretty big hit going straight back. 金曜日。昨日は言ってないですよ。そうそう、おととい。いやでもこれよりもうちょいマシでしたよ。首痛かったですか？痛かった。いやこれはやばい。結構。 Because we want to get the medical staff in. 水かなんか出ちゃってますね。そうなんですよ。水も Make sure he's okay. He looks okay. 経験者は語る。詳しいですねやっぱりね。これはあれですね、ドゥルーピーのモヒカン対森さんが喧嘩になっちゃうタイプですね。それはやばいですね。バトルじゃないですか。2人とも怖いもん同士ですからね。かなりいってますね。やばい。マーク2でここまで行くのはよっぽどっすよ。本当。当然軽量化のためにかなりですね、通常の車の構造とはまた若干変わっている部分もあると思うんですが、 So these professional drift cars at this level generally have the radiator mounted in the back. もうちょっと前やから大丈夫ですけど。FRP のオーバーフェンダーをつけるためにこの中切んなきゃいけないんですよ、フェンダーの中を。実際の純正のフェンダーを切らなきゃいけないので、 could potentially be repaired in time for a best 8. But, that depends on. We've got the medical staff there just doing a quick question of Kitaoka to see if he's okay. でもドクターが今行って確認してますね。この辺り D1 グランプリしっかりとドクターもいて。 Alright, he just did a quick check there. Told him to take his helmet off. That was a fairly big hit going straight back in. It moved the giant concrete barrier several inches back. そうですね。はい。ちょっと水が絶対漏れてますよね。なるほど。うわーでもいい走りしてただけにですね。もったいないですね。ただ石川選手ももう本当捨て身じゃないと。でもやっぱり石川選手もあれいいもの見せようと思ってギリギリ攻めるんですよ。でギリギリ攻めたら多分やっぱ人間なんでみんなこうなることもあるんですけど、はい攻めた結果ね仕方がないと思いますよ。大体直樹さんとか大悟をこういうシチュエーション見ることは多いんですけどね。この北岡選手がなかなかこんな大きなね、そうですね。ないイメージです。The medical staff seems to be happy that Kitaoka is okay. 大丈夫そうですね。一応。そうですね。やっぱこの体型がいいんじゃないですか。直樹さんも同じ。自分も同じですね。そうこれが横井選手とかやったらこっち見てますよ。大丈夫かな？大丈夫そうですね。手振ってすごいですね。ファンの人たちに。でもこれ本当に気になりますよね。この後走り厳しそうですね。いやレギュレーション的 So に we're going 厳しい。 to recover the JZX100. 時田さんがやっと時田さんの活躍する場所が。Pretty sure they're going to give the win to Kitaoka as a result of that hit there from Ishikawa. He was being very close on the entry, just that collision pushing Kitaoka away and into the wall. He could potentially repair it, but the regulations are fairly strict in D1 Grand Prix about sending a car back out. If they can get it repaired in time or not, it might come down to whether it's determined to be safe. 今の勝負は石川純也選手のプッシングで失格ということになりました。そうなんですか。こういう場合は失格なんですね。でもこれ勝者北岡選手ですけ So ど。 I'm sure we'll be seeing a replay of that very shortly. もうちょっとこの段階だと厳しいですね。審判団の見解としては、くっついて飛び込みたい気持ちは分かるんですけど、軽くストレートで出てきてもちょっと接触がありながら、そのままでくっついてさらに入りたいからっつって、もう北岡選手が正規に振り出し行ってるんですけど、ちょっと遅らせ気味の、もう無理とも思うとこから振り出しての接触なんですよ。で結局押し出して結構あれはもう危険行為と。The rear end of that JZX 行為なのでこれはもう失格と。 has now been turned into a hatchback, it seems. さてというわけで今皆さんお聞きの通り石川純也 So we'll have to get this car recovered and also just to do a quick repair to the crash barrier, which has been moved slightly. They'll have to forklift that out a bit. 失格はポイントゼロですね。そうですね。ちょっとポイントなんですか。いやなんで笑ったのこれなんで石川選手やったんですかね。石川選手はシリーズランキング今16位なんで。だからこれが藤野選手だったらポイントまた失格だとゼロになるわけです。それはずっと So the car is rolling away. 何かの形で藤野選手を Doesn't look too bent.
mean, it does, but it's rolling in a straight line at least. But yeah, the rear end of that car has been shortened quite a bit. でもやっぱりイケイケになってるところがこういうところに出てきちゃうんですね。そうですね。いやでもこれでちょっと追走ひるむんじゃないですか。やっぱりああなった時にね、相手のこともね、やっぱり。ただこの後が松井幸雄選手対斉藤大吾選手、これだからどちらか勝った方がひょっとすると北岡選手が上がってこれないので、そうか、そのままベスト4にベスト4までいけてしまう可能性がありますね。なるほど。さあというわけで And as the car is towed back to the pits, let's see Kitooka is just heading to the medical tent to get checked. It's okay now, but that was a fairly big hit backwards. Of course, D1 Grand Prix now in line with other motorsports. All drivers use a Hans device, which really doesn't do a whole lot when you're going in backwards, but still. 直樹さんがクラッシュした時は何時間ぐらいかかったんですか、直すのに。だってフレームだって一晩中ですね。あれね、頑張ってその後関車で牽引とかやったんですけど、やっぱ GR86 ってボディ硬くて全然出なくて、で朝の4時半までかかりました。朝の4時半。Just hearing from Naoki there, he had a similar crash in practice on Friday. He said once it was in the afternoon, they took the car to a panel shop and managed to get it repaired by 4 o'clock the following morning. Obviously, Kitooka doesn't have that amount of time to get this car fixed. これでもチームとしてはリアのフェンダーとかってスペアパーツ持ってるんですかね。でも持ってるチームは持ってると思いますが、どうですかね。監督スーパー GT だともう意識は持ってますね。だから多分朝まで直っちゃうと思うんですけど、ただ今メカニックさんたちも牽引された車向こう持ってけってかなり気合入ったんで、なんか直す雰囲気ありますよね今。でもこれね。So hopefully Kitooka was sitting a fair way back in that seat. 来たらこうなんか感動もんのね。そうですね。 He didn't get his bell rung too hard by going in backwards to that big concrete wall. Like I said before, all the walls around the edge of the course here, FIA style walls, the sort of thing you'd see on a street course for Formula One. Because safety is very important with all the customers that we have here, spectators I should say, here this weekend. どうでしょう、まさかですが修理するなんていう体制は編集長でも修理するんじゃないですかね。森さんがまさかって顔してましたよ今。できないそうな感じですね。ですよ。これでやるって言ったらビビるけどね。これは無理ですよ。さすがに今ですね。You can see the marks on the tire there. はい。なるほど。いや厳しいこのチーム。これはボディじゃことですね。ですね。これはちょっと相当追い込んでしまったというところになり、どうやら修理もおそらく行われないだろう。この破損状況、残念ながらはこれを持ってきたほか、このチームもこのベスト8で諦めざるを得ないとシリーズ終了ですね。もういうこと。なるほど。そうですか。まあいい走りをしてただけに本当ね、先ほども言いましたけどちょっと残念ですけど、まあ違うカードねまだまだ残ってますんで。結構いってますね。これは結構ですね。何百万ぐらいですかこれ。A bit of a clearer look at the damage there. Yeah, that is a lot of damage on the rear of that JZX. でもリアからの衝突に備えてそれなりに大事なものは結構真ん中に寄せたりして考えられて作ってますよね。So one of the good things about the rear end of a JZX 100 is there's nothing really vital on those until the rear strut towers. However, there is on these D1 Grand Prix cars, the cooling system and things like that are in the back there. Whether that can be repaired in time or not really sure. I guess we'll come back to that and find out. ベスト16の4組目が動き出しました。まずここからウォームアップランですね。Alright, so moving on to our next battle, we'll come back to the situation with Kitooka and Ishikawa a little bit later. まだウォームアップしてないです。 In the meantime, これからですよね。our next battle, we're now halfway through the best 16. Yukio Matsui versus Daigo Saito. So both these guys DNQ yesterday. でも RE アメミヤ的にはやはりこのお台場っていうのはいろんなスポンサーさんが
だからもう絶対勝たないといけないという松井は追い込まれてますから。結構追い込まれてるんですね。やっぱりこうオートサロンとかこういうねお台場ではいろんなスポンサー呼びますからね。ああなるほどね、確かにいいとこ見せないとと。でこの雨宮の FD、この黄色とこのグラデーション、かっこいいですよね。じゃあやればいいじゃないですか。いや好きなんですよこれ。あ、そうなんですか。見ててね、ちょっとかっこいいな。See there, Daigo scrubbing his front tyres, trying to get any of that rubber garbage off those tyres so they're nice and smooth and grippy. 中村直樹選手は逆にずっとここまでのフリー走行を見てます。 So fortunately yesterday, Daigo Saito didn't qualify for the best 16, neither did Yukiya Matsui in the RX-7. So this is the first battle of these two guys this weekend. ビートをしちゃったことがあるんです。Just heard there Naoki Nakamura talking about the graduated paint job, or wrap job I should say, on this FD RX-7, saying that he thinks it looks pretty cool, because he's a bit of a fan of graduated paint jobs. Alright, first battle of the weekend for these two guys, qualifying today, not qualifying yesterday, and they're going head to head here in the best 16. It's Yukiya Matsui in the RX-7 will be leading, Daigo Saito will be in the chase. Here we go, next battle. Matsui in the lead, big entry. Oh, Daigo getting a bit aggressive there. It seems that Daigo has a bit more pace than the lead car. Look at that, he catches up, has to slow down to avoid crashing, and then once again slows down. It gets to the final corner, Daigo says, enough of this. A little bit of a tap there, trying to get those proximity points. Although I'm sure that's not what he was thinking about. ちょっとケツトラクション上げすぎた感じですかね。もうちょっとサラサラでも良かったかもしれないですね。松井選手のアングルがいいですから Lee Car though, smooth run, hits the zones no problem. なんか今回のお台場は全てに対して斉藤大吾選手らしくないですね。はい。やっぱり車のトラクションが良すぎて逆にあざとなってる。 When you're drifting, you do need grip to drive out of the corner. So there, Naoki saying Daigo's car might be a bit biased too much towards grip in the back, which is an interesting thing for Naoki to say because his cars are generally quite biased towards rear grip too. 相手に対して上回りすぎてるんで、追いついちゃうってことですか。はい、だからやっぱ追いついたり、やっぱり引っかかったり、すごい勢いで出さんとグリップしてて出ない。 So a little bit ugly in the chase, his angle not quite consistent. So watch this again. So watch lead car. Throws it in. And Daigo Saito 6.5, only 2.5 point difference between the two. Matsui, that was a 97-point lead run. And Daigo's chase run quite low, probably because of all the losing of angle, gaining of angle that he was doing there. Needs to keep it smoother. Right, here we go, next run. Daigo in the lead this time. Can he show his dominance? Here we go, second run. Einoni Supra, it is indeed very fast. Running too wide though, that might be a wheel off the edge of the track. Daigo's line not very neat there. Let's see how far away he gets from the RX-7. Not too much, only a little bit. 大悟の走りやっぱ好きですか？いや、そうですね。こういうなんかもうオラオラオラみたいな。見てて楽しいですよね。It was an aggressive run for sure from Daigo. Yeah, that is a wheel completely over the edge. 迫力できたね。もうちょっと抑えれたね。 So it seems from this angle. しかもゾーン取ってますもんね、きっちり。最後の方しっかりと取ってますね。 Once again, Daigo right at the edge of the track.
れはさすがに監督としてはどうですか？いやーちょっと厳しいかなと思います。まあ松井選手も釣られてるとこあるんで、ちょっとね全然普段の松井さんじゃないんですけど、ただちょっとね大悟が見せすぎようっていう気持ちと気迫と走りが先に行っちゃってて、ちょっとね。Daigo having to adjust his line there as well. I'm kind of worried about Daigo's base score. だから先ほどのポイント的にね足すと、まあ松井選手がいっちゃうんじゃないかなと思いますけど、まあ斉藤大吾選手さっき 3.5 ぐらいしか取れてませんでしたもんね、追走ポイントが。アングルが本当にだってもう横ケツ侵入みたいな感じできてるからね。なかなかですよ、このドスの時代にケツ侵入でくるって。I'm sure what we'd all like to see is Daigo Saito being aggressive, being typically Daigo aggressive, and also win. Not get aggressive and lose. We'll see how this goes. Two great-looking cars going head-to-head. It's nice to see here at Odaiba. すごいピーキでしたね。どうしたんですかね、大悟さん。さあ今でもこれかなり出ましたね。さあ松井 And 選 score 手 there. Lead run Daigo only a 94, so he did get a 2-point penalty, unfortunately. 出てなかったらこれ96。 And the winner, first in a long time, Yukio Matsui gets the win over Daigo Saito and moves through to the best 8. 松井の勝ちですよ。ねえ。でもここで勝った方は次いないからベスト4、いきなりベスト。そうですね、北岡選手。やっぱちょっと松井選手の車のキャラクターと合わせづらい人と合わせやすい車がちょっと大悟さんのやっぱピーキーすぎるのとパワーある So んで。 a rotary moving forward into the best 8. 言ったような感じなんですかね。そうですね。 Next battle coming out now. Mitsuru Murakami on screen versus this guy here, Masao Suinaga. さあ、ミツルパワー対 D-MAX という対決になっていきます。さあ、今ちょうどオンボードですが、ここまで中村選手。 So our best 8 so far, Fujino versus Kawabata. It's a Team Toyo head-to-head. And then the winner of the battle between Kitooka and Ishikawa. We've yet to get an official result from that. Versus Matsui, another Team Toyo driver. この人のタイのこの86乗ってみたいです。おお、そうですか。逆に川端とか藤野じゃなくて。はい。この辺はなんか多分自分ついてるもんと良いた感じかなみたいな。はい、タイヤ以外は。なるほど。でもこれちょっとなんか気になりますね。すごい。ポップさんの何がついてるかわかんないですか。はい、わかんないです。ああ、やっぱね、誰がねメンテナンスしてる車なんですかね。でも本当に速いですね。でも村上選手のだって石川選手のだってなんか全然違う感じですもんね。はい、そうですね。村上選手も単走良かったんでね。そうですね。So Murakami performing pretty well this weekend here at Odaiba. スープラの人が86乗ってるんですね、今回。あ、なるほど。そうか、スープラだったの変えたんじゃないですか。ああ、そういうことですね。エントリーだけがスープラでエントリーしてて。ああ、なるほど。そうか、オートポリスで壊れてましたもんね。ああ、そうですか。はい。さあというわけでスタート地点に到着いたしました。先行は村上充、黄色い S どう予想します。はい、これ正雄さんもね気合入った先みたいなことになりかねへんからね。So Suinaga in this battle up against Murakami. We could potentially see a Yokoi versus Suinaga battle later on if he manages to win this. There we go. 8-6 in the lead. Sylvia in the chase. セクター5へ入っていきます。村上選手飛ばし方もいいですね。いいじゃないですか。転がし方もいい。Solid lead run from Murakami. ちょっとやっぱり末永選手の方 Watch が the top down view. 取ってたんじゃないですかね。Look at that parallel angle. 角度を抑えてついていこうという風な動きに。Losing a little bit of angle but staying nice and close. This is not bad overall as a chase run. Switch back. これやっ
Really glad it's not raining in the afternoon, so we can have the top-down drone view. やっぱボディ合成とかもよくやっぱ GR ってあれなんでトラクションはもしかしたら村上選手の方が上だったと思いますね。村上選手乗れてますよね。そうですね。角度つけて安定してるしね。はい。ドツも出そうですね。出そうですよね。はい。かなりいい感じに僕感じましたよ。Murakami also previously driving an S15 Silvia with an SR20. もうミスはなく。Changed this season to this GR86 with this unique Dulac body kit. 選手もスタートちょっとね出遅れたのもありそうですね。スタート出遅れてしまったのでも角度がないので追いかけるしかなくなっちゃう。そうですね。Nice stable drift in the lead. Chase car has pretty much no excuse here for their chase run. そしてこれが末永正雄のマシンですが今空気圧のチェック。Alright, Murakami, nice score there, 98 for his lead run. Sunaga also not a bad chase run, a 97 with 5.5 proximity. Still though, close going into the next battle here. This time Sunaga will be leading. Let's see if Murakami can get right up on his door and get some more proximity points. His driving this weekend has been very stable on this rough surface. The car seems quite well set up and comfortable. Once again, I should point out that yesterday in the final four, 3 of the cars were Toyota 86s and 1 was a JZX100, the JZX of Kitaoka, who we saw before. だからどのぐらいね冷静でいられるかっていうところが見えないんで、でもこういう状態の時直樹さんはこうやってはしゃいでたっていうことですか？いや違います。気合い入れてた。気合い入れてたんですか？はい。いやめっちゃおかしなことで騒いでるんですね。これは後でね動画にしたいと思います。 Alright, here comes the next battle now. Sunaga, the blue S15 leading this run. Murakami in the chase. Here we go, second run. Oh, Murakami very shallow. And Murakami straightens up. Not sure if that's a mechanical issue or what, but Murakami chokes at the last second. What a shame, he was so promising this run. Here we go, entry looking good, both drivers. Murakami sliding up beside his door, but as you can see, he starts to lose power for some reason, locks up all 4 wheels to avoid colliding into the lead car. What a shame. 失敗でもスーっていきますけど自分だったら今中村選手が何も言わなければ壊れた状態で帰れたんですよ。そうですね。壊れたってことで帰れたんです。今バラしちゃうから。いやわかんないですよ。これでも壊れてるかもしれない。この後やってないんで。そうですね。はい、なんかそのブーストかからんくなったりとか可能性ありますよね。いやーこれ村上選手としてはね。And the result there, lead score 97. So Murakami's lead run was a 98. He definitely had potential to win that. Look at his face, by the way. Look at Murakami's face. でも直樹さんすごいですよね。So winner Suinaga moving through to the best stage. 2台とも音が分かってる。いい音だったらなんとなくすぐ聞こえるんですけど、もう言ってた。もう言ってた。そこのもうがねまた可愛らしいですけど。牛以外でもう言うのあるんですか？牛以外でも言ってましたよ。もう言ってないです本当に。クラッチもう。All right, next run coming up now. Kazuya Matsukawa in the Toyota A85. That's right. Can make those Itsuki jokes now, although it is powered by a twin-turbo V6, so a little bit different. And he's up against Ryusei Akiba. It looks like Murakami's car has to be towed back to the pits. やっぱインタークーラーのパイプがここ抜けたんじゃないですか？パイプ抜けですか？はい、サイドのパイプが。じゃあ今牽引フックを。牽引ってことなんか壊れたんですね。あ、本当だ、なんか壊れたんだ。はい。ギアが入んなくなっちゃったとか。ね、そうですね。そうですか。Could be some sort of driveline issue if he wasn't able to shift down, perhaps. すみません、失礼いたしました。直樹さんがしれーっと書いた時は壊れたふりかもしれないっていうのを今後ね、皆さん見ていただければ。あれふりじゃねって。またふりかよって。失敗をごまかす。はい。
We're about to see our next race. Ryusei Akiba did really well at Autopolis. He's on the up. Let's see how far through the top 16 he can get here today. Qualifying yesterday as well. いやー、このね、秋葉流星がミスしなければ、もう絶対秋葉流星行くと思うんですよね。そのぐらい昨日から。Akiba making it through to the best 8 yesterday. どのぐらいだってもう本当車とド He ライバー lost to Matsukawa's teammate Ishikawa yesterday. Right, here we go. Matsukawa in the lead this time, Akiba in the chase. Here we go, first battle. This is going to be one battle where the top-down view tells all. Akiba getting a bit ahead of himself in the connector and straightening up. Looking good up until zone 2. Lead car, Matsukawa using the entire track. Now watch this right here. Flicks a bit early, has to reinitiate. That's pretty ugly right there from the chase car. He wasn't nice and smooth. He wasn't able to keep his angle all the way around. のと僕は生で見てるとまたちょっと違うんですよね。全然違いますよね。上からがよくわかりますよね。さあこの先ですね。 So let's watch it from the regular view this time. So flicks out a bit, straightens, reinitiates again. So that's not an automatic 0 in this series. But he may get a penalty for that, which is as good as a 0 at this level of competition. Alright, here we go. Once again, yeah, lead car, nice and smooth. Look at that. Holding the same angle, lead car. That's very important to the DOS system. Holding smooth angle. この後が松川選手がオンザラインかな。ギリギリですかね。ギリギリですかね。ギリギリっぽいですね。これどうなんですかね。4セクってフリーのセクターやから。 That was a very close initiation as well. そんなしないかもしれないですけど、このまあ言ったら人間の方でペナルティですね。はい、ここね。はい。さあここです。ここはちょっと分かりづらい。どうだ。オンラインですか。Right at the end too, lead car Matsukawa got a little bit ugly. 太くなってんですよ。そうですね。そうですそうです。本当に。Why did they just turn at the exact same time? It's like they were on the same little thing that rotated around. まあラインは太くなってきてますが、春山隆の目はごまかされませんからね。 There you go. The promo girls do better tandem rotations than our drivers here do today. 今両者がエア調整をしました。これで今 And score there, Akiba 99 with 10 proximity, unfortunately minus 5. Oh, that's big. Minus 5 for Akiba. Lead run, only at 96 for Matsukawa. Oh, this could have been really big for the chase car Akiba if he didn't get that penalty. It's still anyone's battle. ただまだ分かりませんからね。そうですね。松川選手何やるか分かんないですけど。さあここはしっかりと松川克也、秋葉流星も。 Here we go, next run. This time Akiba leading. It's his last chance. Akiba, can he slow down in time? Nicely done, lead car. Oh, he may have flipped this battle around. Akiba may have flipped this. Akiba went for an all-in entry all the way to the edge of the track. Held a lot of speed mid-corner. Look at that chase car, nowhere to be seen. And out of this corner too, once again, I was worried for a second that maybe he was going to go too fast into the final zone. Huge in-cut for the chase car trying to keep up. これはちょっと逆。あれこれはそうですね。かも。でもこの秋葉さんの could be flipped around the other way. It was a banger of a lead run for Akiba. ね、イケイケでしたね。それはちょっとわからない。いやこれはそうですね。ちょっとこのぐらいの距離空いちゃってるしね。まあね、Chase car having a bit of a struggle in the second half of the track after the connector trying to keep up. 97とか98いけたらいいかなぐらいですかね。
松川選手、うわ、こ Here の we 距 go 離 once でど again. うなんやろね、ポイント取れるのですかね。 Top down view. いや、後追いポイントはほぼないに等しいかもしれ Yeah, ない。 chase car looks like it's not going to get any proximity points, maybe one. さあここですね。この減点の方がね、何点かですよね、減点がね。でもすごいですね、秋葉流星見せてくれましたよね。迫力あって、スピード感あって、角度あって。Last half of the season so far treating Akiba pretty well, performing a lot better. 2人ともそうですね。2人とも5セクが悪そうですね。5セクか。でも5セクは安定した角度で走ってればそんなに減点はないですか？そうですね。はい。でもちょっと流星流されてちょっと失速加減で加速したんで。はいはい。ああその加減速の部分で。はい。加減速。So nice lead run there. 97. これはこれひょっとしてどうなるのこれ？どうなん？合計得点は？お計算ができる？できないです。2桁になるとできないですね。2桁できない。And then we have the final result there. Winner by a fairly big margin. Ryusei Akiba moving through. That was anyone's battle going into that second. しかもこれがドスなんですね。into that second run. いやそうですね。なかなかやっぱりどんなところで練習しても、ああいう So Akiba will be going up against Suinaga in the best 8. じゃないとできないから、なかなかイレギュラーですもんね。いやですよね。その中でああやってリカバリーやってすごい。Alright, next battle now. Seimi Tanaka versus Pon. It's an S15 head-to-head here. Our Thai driver is doing really well today. Here we go, first battle. Tanaka in the lead, Pon in the chase. Alright, top down view this time. あそこがチェッカーだからみたいな感じで。リカ田中。直樹さん。はい。ポン選手でもちょっとね、やっぱこの辺入りきれなかったんですけど、後半まだいけたのかなと思うんですけど、ちょっとここでやりすぎて。Pon doing a good job in the second half. Had to really get on the power to avoid straightening up over the finish line. 選手のセクター3のアウトゾーンがちょっと取れてない。取れてないですね、これ。ここの減点だから95か6になっちゃいますもんね。で、ポン選手の後追いポイントもあるけど、ポン選手もここの5セクが点数悪いかな。Final sector for Pon may be a little bit weak. 角度変化ですね。ただ田中聖美選手は間違いなくマイナス2になりますもんね。取れてないとすれば。ただセクターで振られるのは逆にマイナス So 2 lead になる car かどうか Seimi ですね。 Tanaka may be getting a 2-point penalty for missing that zone, though, zone 2. It seems from the top-down view that he missed zone 2. でもまだわかんない。まだわかんないです。はい。まだわかんないだろ。ケースとそうかそうありますもんね。はい。まあでも So Pon a little bit ugly in the chase, but lead car Seimi Tanaka may be losing 2 points. さあ今点数が出てくるのを待ちますが、その間今ちょうどポン選手今リアタイヤ。いやポン選手うまいもんね。うまいですね。ああ出ましたね。ああやっぱりマイナスに。すごいじゃないですか。 Pon doing really well today. A 96 chase with 105 points with 9 proximity. Seimi Tanaka's lead run only at 96 and a minus 2. 通過ということで。いやこれは That minus 2 could make the difference in this battle. 田中聖美選手とかはいい追走来ますよ。あのセミが来ますかね。はい。こうだと行くしかないんで、まあ時田さんの言う騒いでるになってると思います。言うて。でも確かにやはりドスの点数ではポン選手あまり良くなかったので。そうですね。はい。まあそうなってくると田中聖美選手この追走遠いですからね、どこまでやってくるか。気合入ってんじゃないですかね。この人もスイッチ入ったら As they return back to the start line. This time Pon will be in the lead. Once again, it still comes down to the second battle. そうですね。もうファン多いもんね。Close enough. 彼の追走は。これはもうちょっと田中聖美のいいところ見てみたいですね。Here we go, second run. Seimi Tanaka, that minus 2 will be weighing heavily on him coming into this second run. It could make the difference. Right, here we go. Pon in the lead. Seimi in the chase. Second run.
It seems like Pon has figured something out. First half of the run, though, side by side, Seimi Tanaka doing a great job. Look at that parallel drifting. But right here, look at this. Lead car Pon pulls ahead. Seimi, though, goes very shallow. Oh, kind of ugly in the chase. Keeps it clean, though, over the finish line. Great start, although lead car Pon, the entire run doing really well. ポン選手の先行の得点にもよりますよね。ポン選手のロスの点数がいくつかによりますよね。そうですね。でもゾーンもきっちり取れてるし、後追いは多分10点ぐらいは取れてますよね。はい。ポン選手 On board there with Seimi Tanaka in the chase. Real side-by-side action in that first half of that battle. 12点とか入ってるのかな。どんぐらい入ってるんだろう。いやでもそれぐらいは後半があってこれほぼ取れてないかもしれないですね。インで近づいただけなんで。それによって後追いポイント10とかだったらもしかしたらやばいですよね。そうですね。前半は絶対取れてます。かなり取れてます。ここもビタビタで。はい。もう3セクまではフルじゃないですか。そうですね。だから333で9は絶対取れてますよね。でここが全然なんで1かまあ 0.5 とかなってきて、If only chase car Seimi Tanaka could do the second half of the run like he did the first, the win would be a lock, but that result there not too sure. Pon putting down a 98, Seimi Tanaka 9 proximity on top of a 95. So that's a 6-point difference in favor of Tanaka. Oh, so the winner of that battle between those two, Pon, moves through to the best 8. Very close battle. So it turned out that 2-point penalty to Seimi did not make a difference. The score gap was even bigger than that. Great result from Pon. He's on it today. We'll be seeing him in the best 8. さあ、ここは来ましたよ。来ましたね。 All right, here we go. Final battle of the best 16. This one is going to be a bare knuckle fight. Matsuyama versus Yokoi. Matsuyama in the Supra. Yokoi in the Chase and the Sylvie. Here we go. First battle. Remember that scene in the movie Cars when Lightning McQueen is sitting in the back of his trailer going, I am speed. I am speed. Speed today is Hokuto Matsuyama in the Supra. It's kind of unusual to see Yokoi so far back. Of course, Yokoi, often one of the fastest drivers in the field. でやっぱりトラクションも完璧に負けてますよね。やっぱその辺がシルビアっていう部分。 So Yokoi's been having rear traction problems for most of the weekend. It looks like he hasn't really figured it out yet. 逆に北斗選手が速すぎるっていうのもありますね。ああ、なるほど。でも本当単走でも大悟と北斗だけ113キロぐらい出てるんですよ。なるほど。 あとは横井選手が厄年前役ね気持ちわかる結構いろんなところでぶっ込んできますもんねめちゃめちゃ面白いですけどいや自分も横井選手もね So it really seems Yokoi hasn't really figured out how to get the traction down. Yeah, very bumpy rear end of this car yesterday, even more so. It looks like he's tried to dial out some of that bounciness in the rear, but hasn't been able to do that. Whatever he's done to the suspension or his tyre setup hasn't really made a difference. Well, great score there. Matsuyama 98. Yokoi 97 with only 0.5 points. So chase car with the lowest score is not what you want. And turn. すごいやと思います。
もう文句ないぐらいの走りでしたね。でもこれ中村選手、次はそのものすごいスピードの速い松山選手が後追いじゃないですか。その速度調整って横井選手に対しては結構難しくなってくると思うんですけど、その辺はいかがなんですか。Yokoi is not in a good space right now. He's going into this lead run with a point deficit. 合わされるような感じになるかもしれないですね。ああ、なるほど。あとこんだけ点数差がね、っていう考えると、まあ普通に走ればっていうところですもんね。そうですね。でも無理しない。調子出てないような気しますね、横井選手。なんか僕もそう思いますね。まあ何か抱えているのかもしれないですね。そうですね。Here we go, second battle. What can Yokoi do in the lead? How aggressive is Matsuyama going to get? Here we go, second run. Very fast. I think that's the fastest battle we've seen so far this weekend. Nice angle from both these drivers. Matsuyama reeling in the lead car a little bit. No mistakes from either of them so far. Look at that, Matsuyama coming in with, Matsuyama coming in with bigger angle and catching up to the lead car at the same time. Yokoi really has traction issues this weekend. ベスト8に上がってくることになりますね。これでもパワー的にもやっぱ松山選手の方がパワーあると思うので、そう見えますね。全然ちょっと運転的に車的にも楽そうですよね、合わせるのが。そうですね。なんだろう。かといって別にすごい今横選手が遅いわけでもないんで。いやそうですね。And we have the result there, Matsuyama. 107 versus 98. Matsuyama already had the point advantage going into this battle. So the winner, Matsuyama gets the win over Yokoi. Both these drivers putting down 2 great runs in a row. いやでもかなり But the winner moving through to the best 8, another Team Toyo car, Hokuto Matsuyama. He'll be going up against Pon in the best 8. さあというわけで、ベスト16が終了しましたので、ここまでの解説、中村直樹選手ですが、もう終わりですか？もう終わりですね。まあ2023年シーズンを終えて、また2024年シーズンに向けて、まあ最後にファンの皆様に一言お願いいたします。So that is the top 16 run and done. We've had Naoki here doing the Japanese commentary for the best 16. But next we have this guy here. It's Hibino, who's right behind me. Hello. Hello. He'll be giving his commentary for the best 8 onwards. So here is your best 16. Fujino versus Kawabata. Also, it has been shown that Kitooka was the winner of that battle with Ishikawa, where he was crashed into and pushed into the wall. Unfortunately, he won't be continuing. That means Matsui will get a free run through to the semi-final. Then we have Suinaga versus Akiba, another S15 2JZ head-to-head. And then Pon, our Thai driver, versus Matsuyama in the Supra. そしてベスト8の3組が末永選手対秋葉選手、ベスト8の4組がポン選手対松山北斗選手という対決へと移っていきます。さあ今ですね、ベスト8 1組目、これ東洋タイヤ対決ですね。そして監督、この明るさ的にもだいぶこう夕方時間が過ぎていまして、少し暗くなってきましたね。そしてスペシャルゲストをまたお呼びしてお So り for ます。 the best 8 onwards, we have Hibino here doing the commentary. If I hear him say anything funny or interesting, I will translate it for you. これをカフを上げてもらって。And being Hibino, I'm sure he will have something funny or interesting to say. So best 8. First battle will be the warm-up that you just saw, Fujino versus Kawabata. So Fujino already has taken out the championship on numbers. It's just cruising from now on. But of course, imagine getting a championship win and a first place in one day. Might as well get both. Why not?
だった正直。日々の選手次第で全然違うところに行くでしょ。一番ね嫌なやつ So Team Toyo Color demo run coming up right now. そうですね。松川を落とすかどうかですもんね。さあというわけでここからですね、ベスト8以降の解説は日比野選手によろしくお願いします。さあまずは日比野選手、藤野選手対川端選手ということで東洋対決、すでにですねこの2023のシリーズチャンピオンにかなりこう大きく近づいている藤野選手に対して川端選手対決ですね。いかがですかこの対決は。いやもう川端の勝ちでしょ。それはなぜ？いやもうさっきの走りも気持ち入ってます So head-to-head battle between these two, both of them D1 Grand Prix champions in the past. So going by their performances so far this weekend, well, I mean, Fujino won yesterday. やっぱり野生児入ってますよね。入ってますよね。はい。捕まえるぞっていう。絶対これ気持ち入ってる。Demo run time. Although it is a battle, the frenemy head-to-head. Here we go. What a great battle there from these two drivers, Fujino versus Kawabata. They were so close together when they came in front of the judging stand. It almost blew the piece of paper off my table. I haven't seen that happen so far. The definition of twin drift right there. The lead car, Fujino's, already won the championship for this year. So the pressure is off. Despite that, threw it in just as hard as anyone else. 角度も浅かったし、そのあたりはちょっとね惹かれる部分あるんですけど。でも監督ここまでの追走の中でセクター4かなり寄ってったのこの追走が初めて。そうですね。多分ね車のなんか That's a big throw right there for the lead car, Fujino. 多分あそこまで行くの前に走らせ方が2人とも同じような走り方。 Similar spec, obviously, on both these cars. The 2JZ powered GR86s. And lead score Fujino at 98, Kawabata 93. Kind of low, but with 12 proximity points gives him a 105. It's 7-point difference. Toyo, T-O-Y-O. There you go. さっき早かったからそのまま行けばいいですよね。でも藤野選手もうまいからな。でももうトラクションのかかり方が同じだから結構。でも藤野選手はここまで自分が後追いをするときは結構安牌な走りを続けてきてるんですよ。まあこれで勝てますよねっていう走り方をしてるので。確かに。だから Quick tire pressure check after one run. They are allowed to do that in D1 Grand Prix. だから我々としては初めてこうしっかりやんなきゃいけない藤野選手の追走を見ることができるかもしれない。ああそういう見方確かにそうですね。そうですよね。で中村直樹はもっとエア下げてビート落ちればいいのにって祈ってますからね。さっきからずっとそれしか言わないんですよ。まだ藤野がチャンピオンじゃないんで。失格があると。終わるまでわからない。だから藤野は勝ち続けてくれ。なるほどなるほど。どっかでねやらかすっていうやつね。In Japan, when a boy and a girl go out on a date and they wear the same style of clothes, it's called pair look. And that's what we have going on here right now. This time Kawabata leading. Fujino in the chase this time. 7-point difference. Alright, here we go. Second run. Now I'm sort of wondering right now, did we just watch a replay of the first run, or was that the actual battle right there? Of course I'm joking, it just happened right in front of my face, IRL, but still, that was almost an even run compared to the previous one we just saw. ね、ドスの得点というか追走ポイントは多分さっきと同じ12とかつくのかもしれないですけど、ね、ドス点がちょっと高いかもしれないですね。なるほど。
追走ポイントが先ほど10ポイント。Fujino versus Kawabata. This time Kawabata in the lead. That's Fujino in the chase right there. 川端選手も結構ついていったなと思っても10ポイントでしたからね。そうなんですよね。はい。 So wouldn't it be interesting if this ended up being an even score? Actually, I just saw in chat, just someone said sudden death, question mark. It could potentially happen. In D1 Grand Prix, we don't have sudden death battles in the best 16, but we can have them from the best 8 onwards. Oh, that's a 12-point difference. 14 points for Fujino. That's a 14 out of 15 possible proximity points. And there it is there, a 5-point difference. Fujino gets the win over his teammate Kawabata. 5 points, one step closer to taking out the championship and first place here today. The Team Toyo Tires team is loving it. もうこれは川端選手も最終的に解説席に呼びましょう。みんな最後みんなここにいるんです。そうです。ここで日々の後ろに立ってもらって君たち何をやってたんだって。監督の呼びたいドライバーみんな呼ぶっていうね。僕が見たいのはもっとベテランドライバーの活躍を見たかったのにって。僕が知ってるドライバーが全然もう世代交代が行ってて。いや本当に若い子上手なんですよ。そうなんですよ。はい。もう簡単にやってそうなんですけど、めちゃめちゃ技術いるんですよあれ。なのに簡単にやっちゃって。So we have our first top 4 driver. It is Fujino. He will be going up against Matsui. You can see here right now on the screen in the RX-7. Matsui just doing his solo run. Of course, Kitooka's JZX100 not able to repair that car in time for the battle with Matsui. So Matsui will be moving through to the semi-final to go up against Fujino. 声もいいので最高です。ありがとうございます。Thank you。余計良くなっちゃった。余計良くなっちゃった。いやでも勝村君の声もいいね。いいよね。そういう話聞きますよ。すごい聞きやすかった。本当にありがとうございます。さすがプロっすね。ありがとうございます。そして今これ松井選手はもう So unfortunately Kitooka not able to make the battle due to the damage on his car. Winner Matsui, lucky for him, moving through to the semi-final up against Fujino. 今緊張してますから明日以降ね。そうですね。ちゃんと病院行っていただいて。でも今回本当にね、お台場でこんだけコンクリートボールあって、日々の選手とか今までいろんなとこぶつかってきたと思うんですけど、ね、北岡選手だけなんですよ。だから本当にね、こんなにね、接触がないレースってなかなか珍しいな。そうですね、そうですね。So it sort of makes me wonder what's going to happen to Kitooka's car for next year. One of the reasons why he's stuck with the JZX for so long is because he hasn't had the budget to build a new car, is what he told me. But in the JZX, all the important stuff is in the front end. So it should be, well, as it is for most drift cars, honestly, but it shouldn't be too difficult to repair as long as nothing's too bad. The body hasn't been tweaked too much. 10年前、秋葉流星いくつなんですかね。わかんないですけども、高校生とか本当に若い感じでしょうね。日比野さん、秋葉流星ってどんなドライバーですか。秋葉流星君はお茶目な子っていうイメージですね。いろいろな面で。なるほど。イケメンででもね、本当にね。Right, next battle coming up right now. S15 head to head. It's Suinaga versus Akiba. もう本当にみんなのこう目を集める。でもなんかいろいろなドライバーに聞くとやり Akiba having a pretty good end of the season, doing really well in Autopolis a few weeks ago. There's actually been a fairly short gap between the Autopolis round and this round. それは思いますね。今年の追走のうまさっていうのがまあまあ光ってますよね。ああ、なるほど、そうですか。オートポリスもそうだったんですけど、フルマーク。Suinaga's car with the green trim. Yokoi's car with the red trim. But of course, we won't be seeing Yokoi again today. なるほど。10年前18ですよまだ。さあ。今度は行きますよ。ベスト4の3組目、先行が末永正雄、後追いが秋葉。Next battle of the best 8. Suinaga leading this first run. The blue S15. Akiba red and white in the chase. Here we go. First battle. Akiba's been doing really well this weekend. Let's see how he does in this battle.
Akiba, the biggest. I'm getting so excited, my mic's clipping. The biggest dive we've seen so far here at Odaiba. Watch this from the top-down view. I think he might have moved his rear view mirror on the door with that move. Let's watch this again. The flick back. Watch the chase car. Here comes the dive. What an exciting battle. これは今日一近かったぐらい近かったですよ。近いし、迫力あるし。 Now here's one replay I am definitely keen to watch. こんな運転できるんですね。 Yokoi, sorry, not Yokoi. Tsunaga in the lead. このセクター4を逃さない Throwing down a really fast run. Well, watch this. ここで縦にうまくこう走らせて、で Very close. No, he didn't touch rear view mirrors. It just looked like it did. Very close run. なんか直樹なんか言ったんですけど、やっぱシルビアの方がトラクション実は悪いんじゃないかなとか言ってたん Someone で in すけど。 chat said Yokoi is too busy finding new ways to lose. Wow, that's rough. And there you go, Akiba, 15 proximity points, max points in the chase. みんながこれがザ D1 っていうところですね。Something I should point out, he got 14 points in his best 16 battle yesterday for proximity. 本当は日々のさんの走り見たかったん But です he's けど、 backed it up today with a 15. 日々の対秋葉流星とか見たかったんですけどね。 So Akiba Ryusei, max proximity points. いやでも本当に今の追走はすごかった、でドスのポイントで1ポイントしか違いませんから、これ末永正雄選手としてはもうビタビタの追走プラス、ドスの点でも上回っていかなきゃいけないと。そうっすね。 Chase run Tsunaga this time. He's going to have to work insanely hard to beat this guy here, Akiba. トラブル多い車だったなってイメージなんですよ。最近壊れてないですよね。だからやっぱり追走も残るし、結果も出てる。これすごいな。進化してますよこの1年で。今度は入れ替えてとなりますね。先行秋葉流星。秋葉流星の Akiba full 15 points in the chase. That's going to be hard to beat. Tsunaga's going to have to do something really well. Will Akiba get psyched out in the lead? Here we go, second run. The chase car Tsunaga didn't really have an answer. Look at that. Oh, kind of getting ugly. Losing angle, gaining angle. Akiba getting quite wide there, but still maintaining his speed. Once again, pulling away from the chase car. Chase car unable to catch up. Tries once again right at the end, but starts to fall back a bit. Here we go, chase view, brought to you by Potato. By Potato. この完全には寄り切れていないようなそんな映像には見えてきますね。あんまり取れてないですね。さあまずは一 Well, hey, look, it's better than nothing. フルマークを取ってきた秋葉流星ですが、先行になってもすごい速いドリフトを見せてくれました。いや本当ミスしないですね。本当に安定してる。やっぱりこのね上がってくる人たちね、やっぱこう安定感があって何かやるんじゃないかってちょっと思っちゃうんですけども、今ミスしない。しないですね。うまいな。まああと気温も下がってきてると思うんで、やっぱフロントタイヤが温まりが良くないんですよね。で今末永選手フロントちょっと逃げたんで、やっぱりちょっとハンダ気味になっちゃってるのかもしれないですね。はい。さあチャットの方でも流星ノリノリだねとかね。流星覚醒したと。So Lika Ryusei on it today. 皆さんと同じ気持ちになってますが我々も。And chase car 4.5, no answer to that lead run. Also lead run Akiba 98. So great lead run, huge spread there, 195.5 to 209 in favor of Ryusei Akiba, moving through to the semi-final. 今だって1万1000人見てるんですよこれ。常時で。常時で。すごいですよね。アクセスですよ。もうトータルで言ったら3 Akiba returning to the hot pit, fist in the air there. He's doing really well. みんな注目してますね。そうなんですよ。さあ秋葉流星ノリノリでピットに戻っていく。いやーこれちょっとノリノリやな。これいい走りですよ。でもやっぱ次のヒーローが生まれるためにもね。そうですね。確かに必要ですからね。勝つっていうのは大事ですからね。本当そうですね。
いや楽しみだな。さあただこれベスト4の1組目は藤野秀幸対松井幸雄、そして秋葉流星が今上がりましたから秋葉流星の相手を決めていきます。まずはポン選手、そして moving through to the final battle of the best 8. It is Pon versus Matsuyama. Another guy in S15 seems to be on it today. Is this guy here, Pon versus Matsuyama? This is going to be a tough fight for Pon. Matsuyama has consistently shown very high speed. Matsuyama losing to Naoki Nakamura yesterday in the top 16. Here we go, first run. Pon in the lead. Top down view this time. Pon, not bad for a lead run. You can see there Matsuyama starting to catch up very quickly. Backs off a little bit just to maintain a safe amount of distance, give himself some leg room. Catches up again. Yeah, this Supra very fast everywhere on the track. 松山選手やっぱり車速差があるんで1コーナーの入りを合わせてますよね。Pon on the handbrake there for a long time, just trying to keep the rear end of the car extended out enough to hit that zone and not get penalized. で急いだ感じですもんね。ちょっとドステが落ちてる感じ。でもここの最後はもうビタビタできますね。ここはもう全部いってますね。これ本当にね上から見てるドローンと僕が前から見てるのとちょっと違うんですよね。But still, though, great lead run from Pon at 97. Matsuyama 96 with 11 proximity points. So a full 10-point difference. どうですかこれ11点差。なんてスポッターだったらなんて言います？もうまあとにかく1コーナーで離されちゃうんで、そうか小さくいくなって言いたいですね。113キロぐらいいくんですよ。絶対もう5キロ以上速いんで、絶対に誰よりも速いんですよ。第5とこの車だけですから。めっちゃ速いですね。だから本当にスタートしてから Matsuyama Supra rolling up to the start line. He'll be in the lead this time. 11-point advantage after one run. 絶対に辺は捕まえていきたいですね。なるほど。さあというわけで、今度入れ替えて先行が松山北斗、とにかくスピードが速い。そしてポン選手が当然スピードがあるんですが松山北斗のスピードについていけるか。トラクションもいいですもんね。ビタビタでいくよって車できてますね。Pon says there, I'm going to get right on his door. We'll see if he can do it. さあまもなく両者が動き出します。Pon from Thailand. In the chase this time. Matsuyama in the lead in the Supra. Here we go, second run. Matsuyama using the entire track there in the second half. Pon, big effort. Matsuyama going right, just barely on the edge of that zone there. Very deep to the second zone. Pon doing a good job to maintain his speed, but yeah, right there has to straighten a little bit. The angle, as they say in Japanese, kaku kaku, kind of wobbly. We go on board with Pon. 日比野選手はいかがですか？どう見ますか？そうですね。どうしても離されちゃう分だけ小さくいっちゃって、transition shift up the gears. Yeah, there's a little hesitation. You could see it in the steering wheel. He just hesitated for a second as the car began to straighten up. Kept it under control though. さっきちょっとふらついてるんですよね。はいはい、やっぱりそれフロント逃げてる感じがしますし、ちょっとね手前で振っちゃ So Lika Matsuyama in the final sector. あの辺はドスの点数が riding the line around the edge of the track. So close to going over the edge, getting a penalty. 走っていく松山北斗の走りです。さあこれはとにかくポン選手としては
しっかりと後追いのポイントをたくさん取っていき Matsuyama 11-point advantage going into this battle. That's a lot to make up for Pond. 捨て身でいくしかなかったですから、ああいう感じになっちゃったのかなと思いますけど。さあ今上空からの映像をご覧いただいてますが、審査ですね。1ゾーンに入ってるかどうかと、So the judges having a quick look at the replay. あとはこのポン選手、このセクター4でちょっとまっすぐなんですよね。そうですね、追いつこうと思ってね、一回まっすぐ。 You can see there Pond to a bit of a straighten. ここがね、これオンザラインですね。 It's not a problem though. He didn't straighten completely. He just lost a bit of drift. さあ得点が出るまでに少し時間かかっていますが、多分今審判員の皆さんはセクター4の先ほどゆっくり見てましたからね。そうですね。大体ね、なんかね、線から出てるかなと思うと上本さんが大体定規持ってですね、あそこのモニターにこうやるんで、そういうのが今にないんで、多分もう決着はついてんじゃないかなと思いますけどね。大体ね、前の席の人たちがね、騒がしくなるんですよ。わちゃわちゃしやすますからね。そうそう、わちゃわちゃしてるんですよ今。出ましたね。 And a 7.5 for proximity, not bad for Pond, but in this case it's only 4.5 point difference. Matsuyama had an 11-point advantage going into this battle. And there's the winner, great effort from Pond, but the winner, Matsuyama, moving through to the semi-final. 引き出しの多い車っぽいんで、なんか速いじゃないですか。そうですね。だから相手に合わせやすいんじゃないかなっていう余裕がありそうですね。さあというわけでベスト4で揃いましたよ。本当ですか。はい。まずは藤野秀幸対。So we have our best 4 here for round 10 in the final. こっち面白い。 The guy who's already won the championship, Fujino. こっち面白いですね。B ブロックっていうのかな。この右のブロック面白いですね。He's going up against Matsui in the RX-7. And then we have Akiba versus Matsuyama. That should be a good one. どう上がってきたらこれ監督面白いと思いますかこの4名。まだですね、藤野選手 In the meantime, check out the comments. You can see our moderator Nav has put in the Race Queen socials. If you want to check those out, if you want to have any of those Race Queens are your favorite, you can find their Instagram and things like that there. さっき直樹が言ってたんですけど、藤野さんが完全優勝でシリーズチャンピオンっていう方がもう誰もが納得する。でもその走りをさっきからずっとやってるんで、正直一体いつミスするんだろうと。全然 So ミ in the スしない final から。 here, we have 3 Toyo tired cars. Fujino versus Matsui, and then Akiba versus Matsuyama. So which of those will make it through to the final here for round 10? やるんじゃないかと。いい意味でですよ。そうですね。そうですね。でここで秋葉流星がですよ、バンバンバンって優勝したらですよ。もうこれは秋葉流星が今日お台場のヒーローになるわけじゃないですか。新しいヒーローを作るのもこの D1 業界大事なことだと思うんで、間違いないですね。なんかそういう部分では秋葉流星がヒーローになってほしいなとも思います。そうですね。いろんな思いを込めて監督としてはそう思うと。さあそれに対して日比野選手はどう思いますかこのベスト4のメンバー。そうですね。So we're going to keep Hibino here, giving his little comments all the way through to the final. もう本当に最近上手だと思うんですよね。本当に車も壊れないし、オートポリスでもね準優勝してるんで、本当にここで優勝なんかしたらもうみんな若い人の目標になると思うんで、そうですね。D1 にねチャレンジする人も増えるかなと思いますね。確かに。はい。そしてこれ今ここからリバティタイムですね。はい。リバティタイムですよ。So as we get ready for the semi-final, it's going to be a very short break here. It is Liberty time. 日比野さんは乗る方じゃないといけないんじゃないですか。僕が2021年にあれ本当は僕乗ってた。 Going by the color and the prototype wing, that it sort of looks like what Matsuyama will be driving in about 10 years. お台場で爆音いいんですか。本当に。今日だけいいんですね。そう今日だけいいんですよ。いやすごいな。すごい迫力あるな。あれ日比野選手が乗ってる時は3ローター。いや4ローター。もう初めからです。なるほどね。馬力もあるし、音もかっこいいし、半端ない爆音だよね。すごい
いですよ。もうあの状態でグッドウッド言ってますからね。あ、そうだ。 Does the Lambo have headlights? もっとシャコタンにして走ってましたから。 I'm out here asking the real questions. なかなかないですよ。マシンはなかなかないですよ。グッドウッドの雰囲気ってどうなんですか？もう10万人が注目してくれるんですよ。もうハッピーですね。あれ1回だけ1回できるのは？いや1日に2回です。1日2回。はい。だからはい。これちなみにこれ今グッドウッドの話僕ら簡単にしちゃいましたけど、グッドウッドって何なのって話ですよね。グッドウッドって僕説明するんですが難しいっすよ。イギリスでやってる車のイベントなんですけど、私有地の中でやってるんですよ。そう、一人の個人の持ち物の中でね。で、まあいろんなクラシックカーからスーパーカーからまあ全員が出ようと Where's last year's Tone girl? I don't see her socials. Well, she's not. She's last year's girl. She's not this year's girl. だから例えばニューロ走った車ですよとか、レーシングカーも C カーだったり F1 だったりいっぱいあるんですけど、でその中で日本のチューニングカーが行くっていうのはなかなかないことです。僕もレーシングカーで RC4 持ってって僕は行かなかった。 Alright, so the finals here should be interesting. Fujino versus Matsui. And Matsui in the RX-7, he hasn't had the best year. I'm sure he'd like a decent result, at least a podium at the final round. And then Akiba versus Matsuyama. These two guys have probably done the most hot driving so far this weekend, and they will be going head to head. 日々のって知らないからダメって言われてたんですよ。だけどそのリバティの semi-final should be starting fairly soon. 本当に僕と仲いい子が行ってくれてグッドウッドまでで話してくれて、この車はもう本当にフォーミュラ D っていうもので走らせてるドライバーがいるからそのドライバーでなんとかやってくれみたいな、それを直談判してくれたんですよ。だからお試しで乗らせてくれた感じですね。そうなんですね。 The time here right now in Tokyo, it's just coming up to 5 o'clock. かなりいい走りをしています。すごいねこの車。もうやりたい。これさっきちょうど社長が来てですね、話しましたけど、1000馬力あるんですね。これね、馬力あるんですよ本当は。トルクってどうなんですか？こうアクセル踏んだ時にすぐグワッてこう扱いやすい感じある。やっぱりちょっと軽いギアにして走らせてる。やっぱり2J だったりとかと比べるとトルクの部分ではやっぱりちょっと薄いんで、その辺はもうギア比でなんとかカバーするって感じですね。だからもうピックアップがいいんで、もう本当に回して走る感じ。レーシングカーみたいな感じ。本当そういう感じで作ってますね。火出てるもんね。はい。見た目がかっこいいね。ちびっ子たちが火出てるって言いますもんね。いやその辺本当に加藤さんがね見てかっこいい車で走ろうぜっていうのがすごくねあるんですよ。はい。なんで本当にこのお台場でシャコタンってやばいんじゃないですかっていう話はしたんですけど、やっちゃってますね。やっちゃってますよ。でも下吸っちゃってんじゃないの？だって吸りながら走ってますでしょ。だってかなりこうバンピーじゃんここ。これ本当。加藤社長は人を喜ばそうと思ってるって自分がやりたいことをやってることに対して人がついてきてますからね。本当そうっすね。ただめちゃめちゃ金かかるでしょこれ。金かかりますよ。本当に。デモランするだけでこの2台持ってきてこんだけね走らせてっつったらめちゃめちゃお金かかる。もうファンがいっぱい来てますからね。やっぱりね見たくて。リバティファンが。もう応援してくれる人たくさんいますね。これ今度追走なんですか？追走するんですよこれ。すごい。さあこの暗さの中で追走。これやばそうだな。大丈夫か？ライトついてないですよ。ついてるの？ムルシ見えないなあれ。ついてないよね。これは真っ黒だ。危ない。調子悪いですね。ムルシがなんか調子悪い。さっきもね追走こんな感じだったんですよ。多分オーバーヒートがひどいみたいで。こっち側の青いやつのエンジンは何なんですかこれ？これ多分そのまま変わらないんじゃないですか。これ NA のものにターボつけて1000馬力してるみたいですね。これも？はい。そうなんですよ。1000馬力出てるみたいです。V12 エンジンにV12 エンジンをターボ化してます。すごいね。1000馬力。すごいね。すごい車ですよ。で V12 じゃないですか。で肩バンク6気筒あって。1個ずつに HKS の V プロがついてる。肩バンクずつ V プロ1個で管理してる。
難しい。スモーキーが昔センチュリーのエンジン使って V12 かあったんでね。やりましたやりました。やってましたので。さあ最後はこれですね。定常円やったけど大丈夫。定常できないんだ。できない。危ない。お客さんはだいぶ喜んでくれた。絶対に。これを見ている1万1280人の方も、リバーティーウォークの車の凄さをみんな分かってくれたと思う。そうっすね。本当すごいんだよこの車。しかもこれ監督よく見てくださいよ。これマツダのレナウンカラーです。あ、なるほど。の色違い。787のね。787B の。さあそして。今ですね、ユキオファースト選手が斉藤大吾選手の周りをぐるぐるぐると回ってリバティーウォークの特別席の前で今最高のかっこいい、すごいっすね。もう壊れちゃいそうですけどね。ちゃんとリバティーウォークの VIP 席の前で見せてやってる。もうだって煙で見えなくなっちゃってどこ行っちゃったのかなと思って。かっこいい。火だけしか見えないんですよ。燃費悪いだろうなこれ。いやー本当リバティさんね派手に見せてくれますね。おもろいね。昔でもこの火が出るのはかっこよくて、マフラーの出口にスパークプラグみたいなのつけてわざと火を出すってありましたよね。面白い面白い。あとなんか B レーシングはよくこのなんとかファイヤーっていうのでなんかボタンを押すと火が出るような装置作ってましたよ。やってました3人引いてやるからね。あれ点火の時間をあれずらしてるんでしたっけ。なんかありましたね。さあもう今ちょうど放送席で、まだ映ってない。野村さんが今来ましたけど、野村さんこっちで喋りたいんですって。じゃあ今多分カメラ来た。よっ特別ゲスト。さあというわけで放送席に一瞬の特別ゲスト野村健さんです。ああ寒い寒い懐が。野村さんこっちで喋りたいんですよ。今日さ。富士の買ったりするじゃん。もし日当いくらなのあいつ。昨日100万もらった。おっと今日100万もらえるでしょ。金の話ですね。そうシリーズ取ってあいつそうなると次のオートサロンね金のネックレスに20ぐらいにして黒いサングラスかけてポケットに手突っ込んで多分ね東洋で喋ってると思うよ。身なりが変わってくるわけですね。絶対変わるね。俺なら絶対ねこうなるよね。なりたいね。チースチャンピオンでいいっす。黒いサングラスにするもんだった。黒色って。野村さんここまでの鬱憤を今晴らしてます。鬱憤を晴らしてない。向こうはねだいぶね喋る言葉が制限されるとですもう下ネタダメ。ねえこっちもいろんなこっちも制限されてるとです。I'm not even going to try and translate what he's saying because it's just 天の声が typical 聞こえますからね。normal kid. 見たこのただで見とる人たちがこう悪口書くんでしょ。 He's come over here, he's jumped on the free stream. もう好きだって。でも Right everyone, so that was the Liberty Walk time. いつもすごい皆さん Lots of smoke and fire. You can always rely on a rotary to provide nice big flames from the exhaust. Of course, that was the Liberty Walk S15. Quad? I think it's a quad rotor turbo, I think it was. It's not 3 rotor, it's 4 rotor, isn't it? 下ネタお願いしますとか。はい。野村さんパチンコや。Alright everyone, this is your chance. This is you. Here, this is chat. Okay? 野村健さん何歳だ。天才。 It is a 4 rotor. There you go. Say hello. Make chat move. If you want to make it move, there you go. 怪我したんですよ。怪我した懐かしいね。日比野さんサングラスどこのですか。これねクスト店岡クストスさんがね。クストスのサングラスあるね。あるある。Hola. そうなんだ。おっと怒られてますから。これマサのやつ。 So this is you, chat. You are here at Odaiba with us, watching the drifting. So this is you. Your name is coming up here. That means you are here too. Okay? It's kind of cold though. I don't know if you want to be here or not. I'm wearing like 4 or 5 layers. It hasn't been this cold for since last year, I guess.
プロポと3、4積んで走ってたの見ました。 So it's you. Let's have a chat. You want to say anything? Here we are. As we get ready for the semi-final, it looks like they haven't come out yet, so we still have some time. Terve, hello from Finland. How cold right now? I don't know. Maybe about, I don't know what it is in Bald Eagle units. It's about 9 degrees. I think it was actually. Let me check. You're comfy in bed, man. I wish I would love to be sitting somewhere warm with a doona or something. It's 10. No, it's 10 degrees. And I don't know what that is in. Hang on. 10 degrees Celsius in Fahrenheit. It is 50 degrees right now, Fahrenheit. Nori in D1 win. Do you know how expensive it is to run D1 Grand Prix? Do you have any idea? Join my Patreon now. 10 degrees while sitting still is not ideal, right? That's the thing. Like if I was walking around before and it was fine, but we're just sitting here on this like look at this pipe chair, which is too narrow for my enormous ass. Digging into my side. Look, it's digging into me here. I didn't get one of the bride seats, but look, the rest of these guys here, they've only got like 4 of those bride seats. So. Yeah. 2 degrees in Denver and dropping. Yeah, well, I'd imagine it's starting to get a bit cold everywhere now in the Northern Hemisphere. Ask Masa Bando when Nob drives the GT500. I don't know if he'd like that. Is it breezy? Luckily, it's not that windy. Look, if I just hold up a piece of paper, it's like, look, it's not blowing around. It's a little bit. It's not too breezy, luckily. The stands are still full of people. You know, the tickets all sold out here, and everyone's been here since the morning. I'll tell you what, when I arrived this morning, I came kind of late. I came on time though. I was on time for when I was supposed to start work, but I was a little bit late. Stands already full. So many people just showed up, you know, like 8 in the morning, and they've been here all day. There was a bit of a gap in the middle of the day, like that 2 hour 20-minute gap. If you did want to go and take a break, it would have been really good to just walk over there to the Odaiba City Shopping Centre. It would take about less than 10 minutes to walk there. There's restaurants and all sorts of stuff over there, and obviously you're indoors, so you could be warm for a while. 折戸さんも体育会系の会社だからはいとか言って。Can you explain the hamburger technique? That's a bit of an old thing. We haven't talked about that sort of thing. It's a suspension technique. Here we go. Here's a shot from the drone. So this is where we are in Odaiba. That was just facing north towards the Tokyo big site. And there, from this shot, you can see just the Tokyo skyline. It's kind of the southern part of Tokyo. It's not quite as spectacular as if we could aim a bit further around to the north. In the background there, also that's the Fuji TV station building. All right, we are about to start the semi-final here. We have 3 battles to go here in round 10. Fujino versus Matsui, and then Akiba versus Matsuyama. Both of those should be pretty hard-fought battles. The weather is cold, but our hearts are hot here at Odaiba. まずそこだけです。で、松井幸雄選手はやはりですね、本当はやっぱ先行の時に速さがあったはずなんですけど、キャッチされてしまう確率が結構多いんで、もっとぶっちぎってくれればまたちょっと違う展開があるんじゃないかなと。そうですね。松井選手の後追いよりも Rolling up to the start grid, we have our first battle. Fujino leading this first battle. He's already won the championship for this year on points. But
But of course, I'm sure he'd like to get a perfect weekend. Winner yesterday, winner today, and championship. That'd be a thing to do. 今回ね、だからその辺がどれだけ修正できるかなっていう部分、藤野選手絶対ミスらないんで、やっぱり Here we go, next battle. ちょっと無理しないといけない。 First battle of the semi-final. Fujino leading this first battle. Matsui chasing. Matsui hasn't had the greatest season so far. I'm sure he'd like to end the season with the podium. Here we go. Fujino in the lead. Oh, Matsui kind of getting left behind there after the connector. Here we go, first run. Side by side, almost parallel. Matsui starting to lose a bit of angle to try and keep up. Now watch this right here. Lika rockets away. Matsui wobbles there. Again, another straight to try and keep up. Nothing wrong with Fujino's lead run. He was holding angle that entire time. もうこれに型にはまってるんでしょうね。走れば走るほど何回でもこれがもうできちゃうんでしょうね。 That was close to being a touch too. The chase car did a good job to stop in time. Look, didn't even lock up the brakes. Great braking control. Just trying to get a couple of more proximity points out of that run. さすがの名手藤野としても、これだけ暗くなってくるとだいぶ前が見えないっていう情報ですね。年齢でやっぱりちょっと僕同い年なんですよ。俺もう5年以上前からもう夜見えないです。本当は夜が得意なはずが。Potato cam. 夜は慣れてる時はやっぱり Just goes to show how crazy it is on the inside of these cars. Smoke, lights, noise. It's got to be hard to see the track in these conditions. そう、多分似てると思います。じゃあ後追いの方が見えないんじゃないですか、もっと。後追いは前に車がいるから別に前に合わせればいい。なるほど。そうか。もう先行が難しい。And there's our score there. 97 for the lead run for Gino Matsui and 94 with 9 proximity points. Not bad. He did a good job there. So a 6-point difference. Good effort from Matsui. But going by Fujino's efforts so far this weekend, it's going to be a tough battle. 6はね、余裕はないですね。ないですね。6だと本当に先行で1個ミスるとマイナス2入っちゃうんで、どうしてもね、やっぱり10ぐらい欲しいですよね、楽になるなら。本当にザ・お台場っていう感じになってきましたね。そうですね。このテンションが暗い中、かっこいいな。D1 車両が走る。本来はここに日比野さんがね走っていつも。いやー、残りたかったですね、本音で言うとAll ね。right, here comes the second battle between Matsui and Fujino. This time Fujino in the chase. It's not looking too good for Matsui. There is still an outside chance he could win this, but Fujino's been performing very well so far. What a great chase run. Fujino in the chase had an answer to every single move that the lead car did. Parallel there, dives in a little bit, just stops just in time. Once again, flicks back. Lead car taking a fairly shallow line there to try and go as fast as possible. Chase car has an answer to every single one of those moves. 了解、はい了解って言いながらも、この距離感ずーっと本当にミスしないよね。はい。ブレーキもうまく踏みながら対処してますよね。All right, I think we have a result from this battle. 焦りとかないんですかね。ね、本当ですね。穏やかだし、その Matsui doing everything he can. 中村直樹とかはもう追走の前にうわーって車の中でテンション上げてきますよね。そういうのないですね。もういつもなんか静かな感じで。だけどたまに横転とかしちゃうんで、どういうスイッチがあるんだろうなみたいな。でも今日本当に乗れてるね。すごい。11.5. And Matsui did get a penalty. Some people were pointing that out as well. I wasn't sure, but it was a -2 to Matsui. Fujino getting the win there. 7.5 point difference.
and moving through to the final here today. Can he make it a perfect sweep weekend and year? 紅葉タイヤの VIP も喜んでますよ。いい PV も取れたしね。完璧やな。やばい。さあただこれで今松井選手はもう3位が決定しましたね。Two battles to go here at round 10. Our next battle coming up right now, Akiba versus Matsuyama. そうですね。なるほど。松山選手がでも松山選手はまだ単走6位。でもそうですね。単走6位ですね。はい。さあ松井選手が3位と。そうですか。はい。いうことになりました。表彰台だ。それよりもこの決勝の相手がどっちかっていう方がもう一番気になります。そうですね。さあ秋葉流星対松山北斗ということで、松山北斗選手も少し前は新しいドライバーとしてものすごく注目を浴びましたが、ここまでマシンができてマシンが安定してくると a bit of a mild underglow going there in the rear. ですね。もう常に追走いるので。I'm going for first. 強い速いというイメージ。Says Akiba. He hopes. さあただ監督やはりその秋葉流星の勢い、そうですね。これが松山北斗に対してどこまで通じるか。でももう北斗も若いですよね。そうですね。まだ若手ではあるんですけど、もっとも若い人がいっぱい出てきちゃったんで、若手にならないですね。Here we go, first battle. Akiba will be leading this run. まずは先行は秋葉流星ですから。 15 proximity points early today, maxing out proximity. Also 14 yesterday. He's been great in the chase. How's he going to do in the lead? Here we go, Matsuyama in the chase. Oh, and Akiba looks like he's cracked under the pressure here in the semi-final. 日比野選手、今どうですか、秋葉選手の先行の走り。進入からの2ゾーンまでは別に問題なかったんですけど、立ち上がってから。So lead car, no problem so far. Lead car Akiba, but from here on, look at this. Flicks a bit too hard. There has to straighten and reinitiate. Wasn't a full straightener, but he may still get a penalty for that, and also ends up running wide in zone 3. 振り返すところのあそこの。近すぎた部分はあるかもしれない。It just looked like he was a bit too keen to get that flick on the connector. Ended up losing speed. So right about here, look at this big flick there, but a bit too much. Has to straighten up to keep the car going. Step the back out again. Ends up holding too much speed into the last corner and going off the edge of the track. So that was a fairly simple mistake there from Akiba in the lead. ドライバーとしてはセクター3のところで横並びでマシーンが入ってくると、それを見てたりするとちょっと自分の本来のポイントがずれたりとかもするんですか。でもね、もちろんなる選手もいるんですけど、もうここぐらいのレベルだとなってないと思うんですよね。Should be obvious again from this top-down view. Great run up until about here. Watch the transition back. Too much angle. Gets his line wrong. It's a simple mistake there, just getting a bit too keen to flick the car back. It's a simple mistake for Akiba in the lead. It cost him half an entire run. 接触があったかどうかなんですよ。いや見た感じなさそうですけど。でも秋葉なんかドライバーとしてはあそこの振り返しっていうのはそう難しいポイントではないような気もしますが。いや本当にあそこを車速を上げていこうと思うとすごく起こし方っていうかあれを丁寧にいかないと。やっぱり車速も上げれないし、振り返しを奥にしたいんで、そういうライン取りをしっかりやるために、やっぱりその前の入り方っていうのが大事なんですけど、少しミスってるんで、そこで帳尻が合わせれてないかもしれないですね。1コーナーのそのアウトゾーンは取れてるんですけど、そこからちょっとミドルから中入っちゃってるんで、どうしても車速が遅くなり、ラインも小さくなりっていう、でしかもちょっとはらみながら返してるんで、ちょっと場所が悪かったかなっていう部分もあるかなと。さあしっかりと前を見て次の戦いに備えている秋葉流星、そして次は先行になってきます。全然余裕そうじゃないですか。平常心で。 Next run about to start. This time Matsuyama will be in the lead. そうですね。ただ秋葉流星も今先行で結構速さは出てますよね。110キロぐらい出てますよね。
だけど本当にこの路面が今冷えてるんで、そこまで車速出てるかちょっと分かんないですね。なるほどね。もうね本当に暗くなっててですね、肉眼でもだんだんね、こう僕のモニターと肉眼がだんだんついていかなくて、僕が老化してきましてなかなかついてこないんで、それ以上に僕見えてないですからこれはね本当にもう皆さんのねこのコメントともにですね、コメントを見てると、あ、当たってない当たってない、あ、そっかそっかっつって。さっき野村さんが来た時と、監督が喋り出した時だけですよ、ガー動いたのは。あ、そうなんですか。そうなんですか。なるほど。まあね、今日は谷口信輝さんの代打で来てますから。ちなみにこれ今秋葉選手、これ今湯気が見えてますけど、あれ、そして今出ましたね。マイナス7。なんだあれはもう。Result there for the first round with Akiba -7. あと多分どっか出ちゃったんじゃないですか。So I'm guessing that's -5 for a straight and also -2. No, sorry, -5 for going off the track and a -2 for the zone, or it will be the course out and the straight that got in that -7. 多分まだわかんないですよ。もちろん松山選手だってミスらないとは限らないです。限らない。That's a 15-point difference there. Matsuyama with a 97. 選手のボンネットから湯気が出てまして、それをチャットでね今皆さん聞いてましたけど、あれ冷やすために水を出して、それがちゃんと気化して蒸発してるんですよね。ウォータースプレーですね。はい、そうウォータースプレーですね。さあそして The second run this time, big disadvantage to Akiba, who's in the chase. He's been performing the best in the chase position though so far this weekend. Here we go, second run. That looks like that may have been a collision from Akiba, getting a bit too excited. ちょっと昔の日比野さんじゃないですけど、こういうのなかったです。いや、もう離されちゃったから行くしかねーってちょっと小さく言って。All right, let's watch the top-down view. ここですね。Chase car Akiba, watch this. Matsuyama, no problem there. Yep, that's a pushing collision right there. これじゃダメだな。Akiba running into the front tire. あれで振り返したら大変なことになっちゃうよっていうところですよね。そうですね。やっぱねこのストレートスピードで先に Let's watch it again. Matsuyama once again showing great speed on the entry. And right about here, watch this chase car pushes the front tire. Matsuyama spins off. でもなんかねここまでいかないと多分勝てないんですよ。そうですね。本当そうですね。本当この多分松山選手には。気持ちはわかりますよ。 So that incident there entirely on Akiba. 次松山選手走れますから。そうですね。And it wasn't that much of a hit. So it looked, I'm going to guess that Matsuyama should be okay to make it through to the final against Fujino. これがセクター3、ここですね。ちょっと接触があって、ここで振り返すと大変だったんですが、ここはなんとか逃げていきます。松山北斗。いやでも足まで当たってなんであれですね。そうカウンター切ってる時はちょっと心配ですね。そうですね。 We'll wait for an official result there, but. せっかくの決勝戦なんで。 Pretty sure that should be the result there. So they didn't show it on the video, but Akiba doing some angry burnouts after the run ended. どうしても負けたくないと思うんで。その中で相手がさらにトップスピードが速いですから。そうですよ。どうしようもないですね。でもなんか勝負ってやっぱりこう。 Right, -10, sorry, -20 for that collision there. Akiba versus Matsuyama 64. Although the points don't really matter at that stage when they're that much of a gap. もう本当にいい経験してると思いますね。1回2位にもなってるし、で毎回もうツイスト残るっていうもうポジションも取ってるんで、であと。 So let's see if we can get a final score and make it official. And there it is, 139 to 169 in favor of Matsuyama, who moves through to the final. Now, I don't have the numbers in front of me, but I'm thinking that this might be the championship first and second place going head-to-head in the final. I'm not entirely sure. Because Fujino has already won the final on numbers. 先輩なんで、いろいろドリフトこれからどうやっていけばいいですかって相談を受けたりもしました。そうだって言ってましたもん。インタビューしに行ったら僕上から乗ってたんですって言われたもん。そうなんだ君かっつって。そうなんです。だいぶ
And on top of that, it's a Toyo Tires head-to-head in the final here at D1 Grand Prix Round 10, last round of the year. So this is going to be the last battle we see until the 2024 season. これ東京タイヤ対決になりますね。いいじゃないですか。もう VIP 席は大盛り上がり。いいじゃないですか。 20 past 5 here, already dark in Tokyo. ツイッターにかけますからね。And we have one battle to go. さあこの対決がどうなるか。トヨタ対決。トヨタ対決。So here is your final battle run. Fujino versus Matsuyama. We just saw win against Akiba. ああ、そうですね。シリーズチャンピオンが。ああ、はいはい。いいっすね。すごいっすね。初で全部藤野さんが持っていくという。うわ。ただまだビート打ちしたらですね。決勝戦でも。でももうこれであれだ。松山北斗だから絶対ビート打ちをしたとしても松山北斗が今度シリーズチャンピオンってことでしょ。ビート落ちをしたとしても松山ビート落ちしたら中村直樹はもうないわけですよ。ないだからビート落ちしたとしても中村直樹に。 So we started the day with about 5 drivers potentially able to take out the championship. One of those, of course, was Naoki Nakamura, who did not qualify here. He had 2 terrible solo runs and ended up not qualifying, so that knocked him out. But we ended up with Fujino getting his second championship win. And he is now in the final against Matsuyama. Potentially going to make it a clean sweep weekend. First place yesterday, first place today, and a championship all in one day. ちなみに先ほど見ました？見た。なんか S 隊優勝したって。そうですね。おお、すごい。いやだからこれで S 隊優勝したから来年から S 隊行きますよってなると S 隊と D1 結構被ってることが多いんで。確かに。はい。その場合にはここに小暮隆を呼びたいと思いますから新しいレーシングドライバーをどんどん呼んでですね後ろから正面衝突のそういろんなドライバーを呼んでいろんな人が D1 を盛り上げるということにしたいなと思います。確かにね。はい。さあというわけでですね、ここから決勝に向けて今これほら書いてある小暮さんっていっぱい書いてあるじゃないですか。小暮さんってもう知らないでしょ。知ってる？知ってます。スーパー GT で。で小暮さんはですね。Alright, so those of you who are in a time zone where this is not a convenient time for you to watch, thank you so much for still being here and watching. We still have one battle to go. 酔っ払ってないですよ。小暮さんはおいいよ食べな声をかけについてすいません。 I wish I had someone else here. I wish there were 2 English commentators. It'd make things a lot nicer. Of course, I like being with you, chat, of course. But it'd be more fun to have someone to bant with. なるほど。リアタイヤを外して雨周りの確認をするみたいです。なるほど。まあ一応確認はタイヤは変えますよね。 That's a little bit of damage there on Matsuyama's Supra from that collision with Akiba. Should be okay though. It looks like they're changing to a new pair of rears. Are they new or are they scrubbed? No, they're a brand new pair of tires on the back. この松山北斗選手決勝をかけて向けて今タイヤつけてることは無事だったんでしょうね。そうですね。もうタイヤつけてるということはおそらく何も問題ないと。あとバンパー修理。深刻ではないように見えますね。外装を直しています。そうですね。この外装がちょっと時間がかかるかもしれません。いやというところで今両者が決勝に向けて作業をしているというところですが。さあというわけで今ですね、皆さんにご覧いただきました。そしてピットレポート、聞いてもらいましたけれども、どうやら足回りは大丈夫と、いうことで、まあ外装のその接触の Alexi, I am 100 meters away. Well, hey, look, come over here. Do you have a mic? You might need a mic. I've only got one. All right, so here's some highlights from earlier today when we first started in the top 16. This was Takeshi Mogi versus Hideyuki Fujino. And I got to say, he was uncomfortably close to taking out Fujino. 追走がうまかった。これあれですか、パドック側ではピット側でやっぱり大盛り上がりでしたよもちろん。やっぱり茂木選手人気あるんですね。人気ありますよ。頑張れ頑張れってみんな言ってましたもん。わーですよ。同じ芝タイヤなんで。はい、確かにそうですね。さあただここはやはり藤野秀幸もう王者の貫禄 So as you can see, Fujino did a great chase run and took out that win. この時点で
ほぼほぼシリーズチャンピオンを手中に収めていると。ここで直樹ががっくりした時ですね。そうリアルにいましたよね。がっくりっつって。だけど彼だけはちゃんと先を考えてるからビートを中に出しましたよね。The next one we saw Pop versus さあそしてこちらがポップ選手対失礼。this is ポンちゃんですね。no, this is Pon 田中誠美選手 versus Seimi Tanaka. ですね。Also a nice close battle. そしてこ We れ have が Yokoi versus Matsuyama. ビッタビタでしたねこれもね。これでも横井選手がなんかいつもの横井選手じゃなかったような気もするん Yeah, ですけど。 Koi not really performing at his best this weekend. 昨日も今日もなんですけど、本番にはうまく走れてないんですよ。練習の時上手なんですよね。だからなんかメンタルなのかわかんないんですけど、なんか本番で Team Toyo demo run. Fujino and Kawabata going head to head. And it was at this point that Fujino ended up winning the championship after winning this battle. 川端選手もね良かったんですけどね。いやーベスト16最高でしたね。かっこよかった。さあこれがゾーンに入ってたと思ったんですけどね。藤野選手が一枚上手でしたね。安定感ありますねやっぱりね。今日は川端の日じゃなかったな。さあチーム東洋対決。そして、これが This is the battle Akiba versus Suinaga. 流星となっていきます。すごかった This is the one that Akiba ended up winning to move through to the semi-final. 秋葉流星のいいとこ見せてたもんね。ここしっかりと近かったよね。これ一番良かったな。そして今ちょうど Great chase run. 東洋さん、トヨタさん CM 撮影準備今のうちですよ。This run Matsuyama versus Pon. さあそしてこれはポンちゃんと Pon doing everything he could to try and keep up with the super fast Supra. ポンちゃんもねでもすごい頑張りましたね。 Matsuyama though too fast for the S15 to chase. This one here, Matsui in the lead, Fujino in the chase. この中で日比野選手乗ってみたい車とかあるんですか？やっぱり一番速い GR Big effort for Matsui, but also Fujino just being very fast this weekend. どれだけ頑張ってもあんな車速出ないんですよ僕ら。 He got the win to move through to the final. And also this run, Akiba versus Matsuyama. Akiba colliding with the front of Matsuyama's Supra there, forcing him to spin out and losing that battle. 車速すごく稼げてるのかなみたいなことを思ったりとか。さっき中村直樹選手は GR86 の中では、ポップ選手の GR86 に乗りたいって言ってましたけど GR86 の中ではそうですね、あの車なんかポッと出ていきなりすごい走りするんでもう何やってるのかなって気になりますね。そう言ってました。他の車は大体わかる。わかるあれ何っていう感じですよね。ついてる車パーツも大体藤野と川端はわかるけど。 Alright, we are just getting ready for the final now. We have our pit reporter there, Kawasaki down there in the pits. So they're doing some final tyre change and maintenance work on the Supra. 村上選手の86とか。あの車もね、まあもちろんドライバー上手なんですけど、すごいなんか綺麗に動きますね車が。もうなんかもうなんか変な動きがないんですよ。いつもベターっとして走ってるんで安定してるなーっていう印象ですね。Chat says, someone tell D1 we need more night battles. I concur. I thoroughly agree with that. It definitely does add a bit of excitement. 修復作業を見てますけど、先ほどやっぱりホイールきついてましたよね。 I think it's especially good in a venue like this where you don't have to drive a long way to get home. 大きな事故ではないと。トラブルではないと。そうですか。ポツンと座ってますね。あれじゃないですか。川端選手じゃないですか。いや。藤野選手。もう決勝戦ホストなんでね、同じチームなんで気持ちよく走ってすっきりしたいと思います。気持ちよくっていうのは全部勝って気持ちよくという。はいそうです。いやとんでも藤野さん、これ藤野さん勝っちゃったらもう全部持っていくことになりますから、はい、明日からもう何にもいいことなくなっちゃうと思いますよ。大丈夫ですか？大丈夫です。やってきます。はい。本当にね、今日勝ったら半年ぐらい仕事をしなくていいですよ。しなくてもいいぐらいですよ。そうですね。もうなんか仕事したくないんで、はい。これで勝つと、パーフェクトを取ると。はい。いやーなんかもう余裕の顔なんか余裕のオーラが出とるね。もう本当腹立つね本当に。絶好調だな。絶好調だもん本当に。
もう隙は、藤野さん何もないですね今隙は。何もない。はい、隙がない。隙間なし。はい。隙は意外とあるんですけど、北斗が隙を見つけられるかだけですね。はい。お、言ってますね。でもね、こっから見ててその緊張感とかを感じられないんですよ。全然感じない。すげえ落ち着いとるもんね。めっちゃ落ち着いてる。ふーんって。落ち着いてます。仕方ですか。緊張。相変わらず。はい。藤野選手がこんなに喋るの初めて聞きました。はい、いや僕は口下手だと思いましたけど、もう目が早く巻いてくれって言ってたんで、この辺でいい決勝戦を期待してます。ありがとうございました。はい、わかりました。さあというわけで藤野選手の話を聞いていただきましたが、さあ日比野選手。はい。So obviously Fujino there, the pressure is off him. He can smile now. The championship is his. He came first yesterday, and now he's in the final here for round 10. I was saying to him, if you get a clean sweep today, you won't have to go to work for like 6 months. You can take the 6 months off. So D1 Grand Prix doesn't usually start until fairly late in the year. Usually about May is when they start. So they'll get to take a bit of a break. But especially Fujino, he can just relax a bit. だから結構なんですかね、2人ともメンタル To do that, he needs to get through this guy here, Matsuyama. ってなってるじゃないですか。だからいろんなタイプの選手がいるんで、やっぱこういうところもね、やっぱスポットライト当てていただいて、やっぱこういうなぜねこんだけメンタルがね強いのかっていうところも。Of course, Fujino coming first yesterday. Matsuyama ended up getting knocked out in the best 8 by Naoki Nakamura, who went into the final against Fujino. これ日比野選手どう思います？エアロの修復にこんな時間かかりますか？いやプラプラしてね剥がれちゃうとやっぱり巻き込んでしまったりとかでミスにつながるんで、その辺しっかり今触ってるとこ違いますよね。今多分タイロット触ってますよ。ああそうですね。やっぱり気になるんですかね。これ今タイロット長さ調整してるんで、ひょっとするとやっぱステアリングセンターず The chat asked about 5-minute rule. They haven't called them yet, so そうですね。ワイズファブがついてますね。ついてますね。青いやつね。this is between rounds. They usually give them a fair bit of time between the semi-final and the final to get ready. And also that collision wasn't the fault of Matsuyama on top of that. So they're just giving them some prep time, make sure everything's okay for the final. Someone in chat said, are you back next year? If they ask me back, I come back. If they don't ask me back, I won't come back. Basically. Of course I enjoy doing this. It's fun to travel around and go to D1 Grand Prix events and do the broadcasting for it. It's up to them. I don't mind either way, honestly. いや北斗選手それやらないですね。はい、ちょっと今本当に問題ない選手の顔色ではないですね。監督どう思いますかこれ？じゃあもう全然問題ないっていう感じじゃないですか。本当ですか？多分。いや逆にさっきの直樹選手がね言ってましたけど、直樹選手なんか自分がこうミスした時に車がトラブったっていうふりしてしれっと帰れる時があるんですって。観客の前だと。あトラブったなんかおかしいなって言って雰囲気で帰るんですって。じゃあこの後やりすぎて失敗するのと比べですねこれね。いやだから逆にまあなんかなっていう感じの雰囲気を目指してももう全然これもほら笑顔も出てるわけじゃないですかね。だから逆にですねまあもしかしたらって逆にこう突き与えておいて、どっちが先行ですかこれ？藤野さん？藤野ですね。だからまあちょっとその辺で後追いもさあ行きましょうっていう。そうですね。突き与えている。なるほど。今じゃ藤野選手の隙を作ってるんですね。そう。なるほど。Alright, so just a little bit concerned about that tie rod. さあ今確認をして where he collided with Akiba. But Matsuyama back in the car. So hopefully we'll get them up to the start line soon and get this battle going. The final battle in round 10 and also the final battle of the 2023 season. 本当ですか？Will they ever do more pit walks in the second channel? Maybe. 86のエンジンを自分でやってるんですよ。86のエンジン。自分でやってるんですけど、カートショップでやってるんですよ。なぜか。ちっちゃい台に乗せてて、全然エンジン台に乗らないんですよ。本当にね。
本当になんかもうね、日比野さん、でも日比野さんとかに憧れてるんですよ。どこにですか？いやそれ。ビデオオプションを見て育ったんですよ。あ、本当ですか？だからはい。スーパー Actually, here's a funny question in chat. ビデオオプションに出れたってめちゃめちゃ嬉しくて。Is D1GP a single manufacturer tire series? I mean, looking at the top four, you'd be forgiven for thinking that it was a Toyo series, but no, there are several different tire manufacturers in D1 Grand Prix. 本当に今ね、ビデオオプション昔から見てた人たちがやっぱりドリフトだったりとか、ね、最高速だったりとか、筑波バトルとか、結構今業界の人見てますから。嬉しいっすね。日比野さんの活躍もすごい見てます。いや本当嬉しいです。だから本当恵比寿のジャンプとか、あれを一番最初にやったら日比野さんじゃないですか。よかったやっといて。あれもだから神風八そうですね。GT の中でもドリフトと言ったらっつって。本当ですか？森戸さん、谷口さんの次にも出てきますから。嬉しい。 Anyone still running Linglong? Those tires, there's various rules for what tires they can run. Some tire manufacturers haven't made tires which suit the regulations, so no. パーキングで靴置いてある時あるじゃないですか。あれ小暮さんの靴ですよ絶対。一個だけとかあるじゃないですか。なんでこんなとこに靴あるんだろうとあるじゃないですか。あれ大体小暮さんが。Will I teach my kids drift? I don't know, maybe. 大体そうです。 If they want to learn, I don't know. ぜひですね、 It's up to them. 呼んでほしい。さっき脇坂淳一さんも呼んでほしいみたいなねコメントありましたけど。Alright, looks like Matsuyama's car is on and rolling, and so is Fujino's 86. やってることは本当にすごいですからね。はい。まあでもさっきエンジンをね、小暮さんがカートのショップで組んでる話がありましたけど、僕の知り合いも寒いからって言って自分の部屋の中でエンジン組み出して出来上がったら出なくなっちゃう。そういう人います。ああ、小暮さんじゃないですよね。小暮さんじゃないです。よかったです。じゃあいいですよ。でもね、やっぱね、いろんな体験をして、でもすごいですね、松山さん。自分で。スープラはスポンサーさんのガレージいじらせてもらって、自分のワンビアとか Z とか持ってるんですよ、ドリフト車両。それはもう青空で。Alright, they are rolling up to the start line. We're about to see the final battle here for round 10. まあでも最終的にやっぱり自分を信じるんですね。やっぱね、自分でいじってきた車ですし、そこに。ちなみに日比野選手は自分でメンテナンスをされるんですか？そのジャンプしてる時は自分でやってた思いがありますね。でやっぱりその成績出さないといけないっていうちょっと環境になってくると、どうしても自分のミスで負けるのっていうのがすごくね、責任じゃないですか。そういうのがやっぱり。So we are about to watch the final battle for round 10. Fujino in the 8.6 will be leading this first battle. He has already taken out the championship on points. And he's in a good condition right now to take out a clean sweep of the weekend. A win yesterday, a win today, and the championship. That'll be pretty cool to do. さあ、なんか珍しく藤野選手がフロント温めてますね。やっぱり。はい。寒いんでしょうね。そうですね。And in the chase on this run, Matsuyama in the A90 Supra. タイヤの匂いが東洋タイヤって分かる感じになってきました。はい。なんかもうタイヤソムリエみたいな我々になってきました。なんか本当にやっぱいろんなタイヤでだんだんこれは東洋だなってだんだん。これ芝タイヤとかね、グッドライドと分かりますね。さあ、空気圧を調整してこれから最後の A quick tire pressure check before heading back to the starting grid. Looks like Matsuyama is ready to go. 藤野秀幸対松山北斗。どっちだろう。どういう対決になっていくのか。どっちですかね。日比野さんどう思います？率直にもう。いやもう藤野です。僕はどこかでこう北斗に行ってほしいなっていう。ね、駿東軍です。いやもちろんね。駿東軍。なんかここまで安定した走りを藤野選手が見せてくると、ちょっとこの松山北斗の勢いっていうのはそれはそれで勝ってしまうのかなっていう部分も。いや、行ってほしいですけどね、新入からバッチリって。All right, everyone, get ready for the final battle of the 2023 season of D1 Grand Prix. We are here at Odaiba. Fujino versus Matsuyama. これが最後の追走です。完全に学さんの声が漏れてますからね。そうですね、もういいんですよ。おしゃべりが好きですから。そうですね。ずっと喋ってますから。おしゃべりが好き。 Here we go, Fujino in the 8.6 in the lead. Matsuyama super in the chase with the Team Toyo tires. Head to head in the final. Here we go.
Oh, what happened there in the chase there in the Supra? Side by side on the entry. Nice fast entry, hits the zone at the bottom. Lead car, kind of kicked out there. I couldn't quite see it from where I was watching through the smoke. Matsuyama had to slam on the brakes at the last second, kick the rear end of the car out to stop and avoid smashing into the lead car. Lost a lot of speed, ended up getting gapped on the connector. 早く見えるんですかね、夜だから。あ、そうかな。Let's watch it again from this angle. Yeah, last second. Oh, it doesn't look like he ran into him though. Lead car didn't really move around, so it should have been a clean move there. He didn't smash into him, but as a result, losing a lot of distance between the two. Starts to catch up, but it's already looking really good for a Fujino clean sweep of the weekend. 優勝請負人と言っていいかどうか分かりませんけど、言語さんがついてますね、DG5 の足回りの。おお、なるほど。言語さんも今回帯同しているということですから。そうなんですね。山賊ですね。山賊でしたっけ？放送コードギリギリですね。ギリギリ。長野の山賊が作ってる足回り。はい、おめえ挨拶はいいから発注書送ってこいっていう人です。そうですね。だから発注書、デイジー号発注してくださいよ。 Right, there's the score there. Fujino 97 for his lead, not too bad. Matsuyama 95, also not too bad, and 8 proximity points. So a 6-point difference. It's all going to come down to the final battle. そうですよね。だから。さあ今度は松山北斗、とにかくそのスピードと迫力で藤野秀幸を寄せ付けない走りができるかというところですね。決勝にふさわしい走りでしたね、もうね、1本目。我々もずっとこう目が徐々に慣れちゃってますけど、最初から比べたらものすごくスピード速くなってますよね。でもさっき言った夜だからっていうのもね、なんかこうね、見えちゃうかもしれないですね。さあ松山北斗、余裕かましてますよ。さあそして藤野秀幸完全優勝に向かって。 Right, here we go, final battle. Fujino this time in the chase, Matsuyama in the lead. Can Fujino make it a clean sweep weekend? Here we go, second run, Matsuyama in the lead, Fujino in the chase. Here we go, second and final battle. Oh, it's looking like a really close battle this time. Fujino on the bumper of Matsuyama in the final sector. Fell back a little bit at the beginning though. Matsuyama's car, of course, one of the fastest here this weekend. 6-point difference. Oh, it could. There's the outside chance that this could be a one more time battle. でもここ北斗めっちゃ良くなかったですか？ただ一瞬藤野選手フロントは逃げるんですね。そうですね。やっぱりフロントの手応えが薄いのかもしれないです。小さく走って、でもこの後ね、ここベタベタですね。そもそもこのセクヨンに行く間の縦の転がしの藤野さんもめちゃめちゃ速いから。 6-point difference in the first battle. Could this be another 6-point difference? Second half of the run, the chase of Fujino looks pretty good though. Maximum amount of proximity points they can get is 15. 小さく回ってきます。小さく回って前がクリアで見える状態で立ててますよね。ここからすると。ほら。いやここからビューンって。ここからはついていくだけですね。Side by side in the final sector and over the finish line. Great chase from Fujino. なんだこれはすごいわ。どうなんですか？決まったんですかね。決まったしたかね。わかんない。決まった。どっちだろうな。どっちだ？Okay, looks like we have a result, so it's not a one more time. We do have a winner from that battle. I am not going to look at the monitor. 僕のはずっと今日見る目がなかったってこと。 I'm not going to look at the monitor. だって僕が通ると思って通んなかったりするんですもんね。You can hear them say the word. 勝負 means a decision. 日比野選手は。そうですね。
今日一日見てね、やっぱすげえっすわ。これね、本当にね、ぜひね、11,670人の方、一回ね、生で見に来てほしい。いやいや、本当ですね。本当選手がね、こんだけ頑張ってる姿もそうですし、迫力、音、匂い。やっぱりモータースポーツはね、生で味わってほしいなと思うんで、誰が勝つにしてもドラマがありますから、そうですね。はい、ぜひですね、この D1 をね、生で見に来ていただければなと思いますよ。ただ、どっちが勝ったのかは僕は分かりません。そうですね。どっちだろうな。Also, yeah, sorry, Shoba means like ただもうね、上本 like the result from the head-to-head battle. あれ、もう全部ね。Or 1v1. スペシャルゲストまた来ましたよ。どっちが勝ったかまだ知らないでしょ。知らないですよ。俺は知っとるよ。今行かないからトロフィーは知ってる。All right, so we're not announcing the winner yet. We're going to get them down in front of the crowd and announce the winner there. 松山北斗の先行の走りは今回の最高得点でしょうね。マジっすか、ここで出す。 So that last run there from Matsuyama in the lead, probably one of the best lead runs we've seen so far. まあ前半はね、やっぱりね、強かったよね。そうですね。2023グランツーリスモ寄せた。 All right, here we go. We have a result. The winner. ラウンド10。 Round 10. お台場優勝松山北斗 And somehow Matsuyama gets the win there. Denies Fujita his clean sweep weekend. 当たった当たった当たった2023東京ドリフトラウンド10を制した Matsuyama gets the win. Great result. He's very well deserved. There's the final result there. 103 to 99. A 99-point lead run for Matsuyama. I don't think we've seen any other driver get a 99 for their lead in a tandem so far this weekend. Only a 2-point difference. Great battle right down to the wire. ちょっともう一回さっきの先行得点ないのか。ないのか。見たいな本当に。 Such a close result there. That was very close to being a one more time battle. いやいやいや、やっぱりBut well deserved for Fujino. Sorry, well deserved for Matsuyama there. Also well deserved for Fujino, of course. Second place, first place yesterday, and a championship. 先行がちゃんと走るんで、後追いもしっかりできるっていうところもあるんですよね。はい。 Look at Matsuyama's expression. He can barely believe it. なるほど、そんな。でも水槽のビタビタポイントはじゃあ何点だったんだろうね。いやいや本当ですね。さっきのでも一桁でしたよね。あ、一桁だったんだ。 So everyone, there's your result from this battle. First place, Matsuyama in the Supra. Second place, Fujino in the 8.6. And good to see Matsui. He's pretty happy too. Third place, a podium for the RX-7. All right, everyone, if you have to leave, I understand because it is the competition is over. So I'd just like to say thank you so much for all of you who've been watching the D1 Grand Prix English live streams during the year. Of course, really enjoyed traveling around and bringing these to you, helping you at least understand a bit more about what's going on and enjoy professional drifting in Japan with D1 Grand Prix. So thanks so much. I hope they invite me back again next year to do this commentary. And if they do, I look forward to bringing the broadcasts to you then. So I hope to see you next year for the 2024 season of D1 Grand Prix. It's been a lot of fun. Great weekend. It's very cold, but a great end to the season. We saw some amazing battles this weekend. And the championship that was decided in the last round. It was very close coming into the second last round here this weekend, even closer into the last round. And it was decided, of course, the grand champion, Fujino. And today's first place winner, of course, Matsuyama. Second place, Fujino. Third place, Matsui in the RX-7. 選手と触れ合いつつ甘酒を楽しむってこれ本当に最高ですからね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、マサさん、日比野さんには、ここまでの、登場となりました。この後は表彰式となります。皆様 So from now on we'll have the award ceremony. We're going to leave it there for our broadcast from here. それでは後ほどまた会いましょう。 Thank you. Thanks, chat. See you next year. Bye.
それでは改めて D1 グランプリ表彰式に移りたいと思います。改めて発表いたします。2023グランツーリスモ D1 グランプリラウンド10お台場優勝したのは松山北斗選手です。おめでとうございます。さあそれでは見事優勝いたしました松山北斗選手のまずは表彰、優勝者の表彰に移らせていただきます。はじめに追走トーナメント優勝の表彰です。大会アンバサダー野村健より贈られます。それでは見事優勝いたしました松山北斗選手にトロフィーの授与となります。おめでとうございます。さあ続きまして松山北斗選手に賞金が贈られます。さあ同じく野村健さんより賞金100万円が授与されます。おめでとうございます。さあそして金メダルの授与です。同じくプレゼンターは野村健さんです。さあ今金メダルが授与されました。皆さん大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。それでは続きましてJAFカップの贈呈です。 FIA ドリフティングコミッションプレジデント村田様よりJAFカップが贈呈されます。さあそれでは今見事優勝いたしました松山北斗選手にJAFカップが贈呈されます。それでは村田様フォトセッションに移りたいと思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。さあお二人トロフィーを一緒に持っていただきまして記念撮影をさせてください。さあ今回からこのお台場ラウンド10ですが JAFカップ見事に JAF の名前がつきまして見事な大会となりました。さあ見事優勝いたしました松山北斗選手にJAFカップが贈呈されました。おめでとうございます。それでは続きまして優勝チームの表彰です。優勝チームはレノレーシング渡辺です。優勝チームには大会アンバサダー野村様より優勝トロフィーが贈られます。おめでとうございます。そしてトネ株式会社から副賞が贈られます。トネは工具一筋で今年85周年を迎えました。長年受け継がれてきたものづくりの DNA は信頼のブランドトネとして刻まれています。ホームページに85周年記念コンテンツもできましたのでぜひご覧ください。今回はトネ株式会社取締役平尾元弘様より工具や部品の収納移動に優れたチャンピオンに相応しいストレージツールキャビンが贈られます。さあそれでは今平尾様より副賞が手渡されました。それではフォトセッションに移ります。はい、ありがとうございました。さあというわけでトネ株式会社からの副賞の授与式今終了いたします。さあそれでは優勝しました松山北斗選手続きまして副賞の贈呈に移ります。パナソニックエンターテイメント&コミュニケーション株式会社イメージ BU 事業開発部宮崎隆二様より
フルサイズミラーレス一眼ルミックス S5 マーク 2X が贈られます。おめでとうございます。それではフォトセッションに移ります。はい、ありがとうございました。それでは続きまして準優勝の表彰です。見事準優勝カーナンバー66藤野秀幸選手、おめでとうございます。それでは準優勝の藤野秀幸選手に賞金30万円が審判員上本さんより贈呈されます。おめでとうございます。続きまして銀メダルが審判員高橋邦明さんから贈呈されます。おめでとうございます。見事第2位はカーナンバー66藤野秀幸選手でした。続きまして第3位の発表です。第3位はカーナンバー7番松井幸雄選手です。おめでとうございます。それでは松井幸雄選手には銅メダルが審判員の春山隆さんから贈呈されます。おめでとうございます。見事第3位松井幸雄選手でした。続きまして単走優勝の表彰に移ります。単走優勝はカーナンバー66藤野秀幸選手です。おめでとうございます。それでは単走優勝の藤野秀幸選手には金メダルが審判員の小口義則様から贈呈されます。おめでとうございます。さあ続きましてJAFカップの贈呈です。 FIA ドリフティングコミッションプレジデント村田様よりJAFカップが贈呈されます。さあそれでは浦田様よりJAFカップが贈呈されます。それではフォトセッションお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは続きまして副賞といたしまして利根株式会社取締役平尾元弘様より自由自在にドリフトを決めるチャンピオンに相応しい自由自在に動かせるミニローラーキャビネットが贈られます。おめでとうございます。それではフォトセッションに移ります。
はい、ありがとうございました。さあというわけで、本日この JAF カップオールジャパン2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズ単走優勝、そして、追走優勝、こちら藤野選手と、そして松山北斗選手の2名ですね。11月24日開催の2023年 JAF モータースポーツ表彰式で表彰されます。また 2023D1 グランプリシリーズ1位から3位シリーズの1位から3位の選手はですね、2023年 JAF モータースポーツ表彰式に招待をされます。またこの表彰の模様は11月24日金曜日 YouTube ライブにて生配信がありますので、ぜひ皆さんそちらをご覧いただきたいと思います。続きましてベストメンテナンス表彰に移らせていただきます。この賞は D1 グランプリの車両検査を優秀な成績で通過した車に贈られます。それでは本日のベストメンテナンス賞です。こちらはファット5レーシングです。おめでとうございます。さあそれでは見事ベストメンテナンス賞を受賞いたしましたファット5レーシングの皆様には利根株式会社取締役平尾元弘様より収納移動作業性に優れたキャビンでキビキビマシンをメンテナンスワークキャビンが贈られます。はい、それではありがとうございました。フォトセッション終了です。それでは続きまして見事入賞いたしました3名に奥の松酒造様よりスパークリングシャンパン贈られます。スパークリング2本酒かな。はい、贈られます。はい、プレミアムスパークリングですね。純米大吟醸プレミアムスパークリングが贈られます。さあそれではまずは見事優勝いたしました松山北斗選手、そして第2位の藤野秀幸選手に、そして第3位松井幸雄選手に贈呈されます。はい、皆さんまだ開けないでくださいね。まだ開けないようにしてください。はい、この後シリーズ表彰もありますので、ここはまず開けずに記念撮影していきましょうか。さあそれでは今奥の松酒造様と一緒にですね、記念撮影が行われております。さあそれでは以上フォトセッション終了です。ありがとうございました。さあそれでは、早速ですね、マダムさん、はい、優勝者インタビューをお願いいたします。はい、さあそれでは見事にですねファイナルこの最終戦やっとね、多分今年の目標はまずここだったと思うんですが、今シーズン初優勝というところになりました松山北斗選手、おめでとうございます。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。本当に良かったです。ただ、はい、本当はシリーズすごい狙ってて、ちょっと前戦オートポリスでちょっとこけちゃった部分があって、はい、まあちょっと望み薄いかなとは思ってたんですけど、昨日金曜日ここに入って、はい、まあなんかまだいけるまだいけるみたいな感じで、なってきました。追ってたんですけど、ちょっとやっぱり、はい、叶いませんでした。でもね、まあやっぱりトヨタイヤ的なすごいいい結果にはなったと思うので、はい、そこはすごく良かったなと思います。で自身もやっぱり2回目の優勝このスープラで遂げられて、本当に
すごいいろんな方に支えていただいて、この車走らせることできてますし、それで結果も本当に伴うことができて、本当に幸せだなと思います。ありがとうございました。はい、でも今日の戦いの中では最後ね、藤野選手チャンピオンを破ってでの走りでしたから、これは一つ大きな優勝だと思いますよ、松山さん。そうですね、でもちょっと暗くてよく見えなかったですねもう最後は自分らしい走りができたかはちょっと自分でもよく分からなくて、いや、言っときます、松山選手の速かった部分があります。そこに藤野選手がついていけませんでした。はい、やっぱり速さは自分もこだわってやってきている部分なので、それが結果になってよかったと思います。はいというところでランキング2位、終わってみれば藤野選手と8ポイント差ということは、振り返るとやっぱりどうしても一番今シーズン悔しかったのがオートポリスの日曜日ですね。そうですね、はい、土曜日も全然優勝する気満々でちょっと途中でこけちゃって、で日曜日もすごい練習とかではすごい調子良かったんですけど、ちょっと形にできなくて、そこはすごい残念ですけど、来年に向けてちょっと反省して、もっといい走りができるように頑張っていきたいと思います。はいというところでランキング2位、この松山北斗、今回の優勝、これはもう本当に来年に向けてのね、素晴らしい結果だと思いますんで、また本当来シーズンさらなる上チャンピオンに向けて本当に頑張っていただきたいと思います。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド10お台場の表彰式を終了させていただきます。さあ、ここからは年間シリーズの表彰へと移らせていただきます。マダムさん、早速ですがこのシリーズの発表をお願いいたします。はい、2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズチャンピオン第1位、藤野秀幸選手です。おめでとうございます。シリーズチャンピオンの藤野選手には FIA を代表いたしまして FIA ドリフティングコミッションプレジデント村田様よりシリーズトロフィーが贈られます。おめでとうございます。さあ、そして今フォトセッション行われてますね。そして見事シリーズチャンピオンに輝きました藤野秀幸選手に賞金300万円が贈呈されます。賞金ボードは本大会審査委員長の小西様より贈呈されます。おめでとうございます。さあ、見事賞金ボードフォトセッションが終わりました。さあ、続きまして副賞といたしまして利根株式会社平尾様より商品が授与されます。さあ、シリーズということで非常に大きなツールキャビネットが授与されました。おめでとうございます。
さあそれではただいまオートセッションが行われております。はい、ありがとうございました。さあ副賞の利根株式会社様より大きなツールキャビネットが贈呈されました。おめでとうございます。さあ続きましてチーム優勝の表彰です。さあシリーズのチーム優勝は見事チーム東洋タイヤーズドリフトです。おめでとうございます。さあチーム優勝のチーム東洋タイヤーズドリフトには大会アンバサダー野村健様より優勝盾が贈られます。おめでとうございます。そして、大会審判員上本久志さんよりトロフィーが贈られます。さあというわけで見事チームシリーズ優勝はチーム東洋タイヤーズドリフトでした。おめでとうございます。さあ続きましてシリーズランキング第2位シリーズ第2位の表彰に移ります。シリーズ第2位は松山北斗選手です。おめでとうございます。松山北斗選手にはアンバサダー野村様より賞金50万円が贈られます。続いて大会審判員の小口さんよりトロフィーと、そして今野村さんですね、野村さんが今50万円の賞金ボードを今手渡されました。さあ小口さんからトロフィー、そして野村さんから賞金ボードが贈られました。はい、おめでとうございます。さあ続きましてシリーズ第3位の表彰です。シリーズ第3位は中村直樹選手です。おめでとうございます。さあ見事シリーズ第3位中村直樹選手。さあというわけで、シリーズ第3位の中村直樹選手にはこの後アンバサダーの野村さんから賞金50万円ですね、そして、大会審判員の高橋邦明さんよりトロフィーが贈られます。さあ今登場いたしました野村さんから30万円ですね、30万円が贈られます。おめでとうございます。さあ続きまして大会審判員の高橋邦明さんよりトロフィーが贈られます。さあというわけで見事シリーズ第3位は中村直樹選手でした。おめでとうございました。さあそれでは続きまして単走シリーズ優勝の発表に移らせていただきます。2023単走シリーズ優勝は藤野秀幸選手です。おめでとうございます。藤野秀幸選手には大会審判員の春山さんよりトロフィーが贈られます。そして副賞といたしまして利根株式会社平尾様より利根の工具が贈られます。
それでは見事単走シリーズ優勝藤野秀幸選手の表彰を終了させていただきます。おめでとうございます。それでは続きまして年間ベストメンテナンス賞の発表です。ベストメンテナンス賞は芝タイヤレーシングです。おめでとうございます。さあ年間ベストメンテナンス賞を受賞いたしました芝タイヤレーシングには副賞といたしまして利根株式会社平尾様より利根工具が贈られます。それでは平尾様と一緒にフォトセッションをお願いいたします。さあというわけで年間ベストメンテナンス賞は芝タイヤレーシングでした。改めておめでとうございます。以上で年間ベストメンテナンス賞の表彰を終了させていただきます。おめでとうございます。続きましてルーキーアワードの発表です。この賞は2023シリーズから初めて参加した選手の中から優秀な成績を収めた選手に贈られます。ルーキーアワードに輝いたのはカーナンバー8番平野タイヤバレノレーシング久米哲也選手です。おめでとうございます。久米選手には大会アンバサダー野村様よりトロフィーが贈られます。さあそれでは野村様よりトロフィーが授与されます。さあ2023年一番頑張った若手です。初参戦見事に久米哲也選手、今シーズン初ですね、今シリーズから初参戦をいたしました久米選手にトロフィーが授与されます。おめでとうございます。それでは続きましてシリーズ第4位から第8位まで表彰させていただきます。呼ばれた方はですね、前に出てきていただきたいと思います。さあそれでは学さん、シリーズ第4位から第8位まで発表をお願いいたします。はい、わかりました。さあシリーズランキング第4位は田中セイミ選手です。はい、いやー空を見上げながらねチャンピオンを狙ってこのファイナルに臨んできたんですけれども、最終的にはランキング第4位。さあそして続きましてシリーズランキング第5位そばぎり広大。そばぎり選手ももちろんチャンピオンを狙って、臨んだこのお台場でした。しかしシリーズランキングは第5位というところ。さあそして続きましてシリーズランキング第6位末永正夫選手です。さあ堂々と手を挙げて最終的には6位まで上げてきたという末永正夫選手でした。さあ続きましてシリーズランキング第7位日比野哲也選手です。さあこの辺りはもうベテランが並んでくるここになりますけれども嬉しそうです。さあそしてシリーズランキング第8位横井正史選手です。横井選手最終的にランキング8位というところで今8位のトロフィーが渡されることになります。さあそれでは4位から8位までの選手にシリーズの盾が授与されました。さあそれではここからですね、シリーズチャンピオンのインタビューをマダムさんお願いいたします。さあということで見事にですね最後チャンピオン
もうベスト16の戦いで決めました藤野秀幸選手、本当に2度目のチャンピオンおめでとうございます。はい、ありがとうございます。遅くまでありがとうございました。今このまさに今実感どうでしょう。ですね、やっぱ今年1年いろいろあったので、はい、実際実感がまだないです。シリーズ狙えるところにいるっていうのも、正直途中からだったので、はい、まあ何しろ嬉しいです。ですよね。はい。それとばってみれば昨日藤野さん優勝してるんですよ。そうなんです。今日も優勝したかったんですが、はい。いうところで2連勝を狙ってはいったんですが、単走優勝は取りました。はい。そうですね。で本当は最後やっぱり松山北斗選手ここは勝って完璧な勝ちで終わりたかったところはあったかなとは思いますが、いかがでしょう。はい、本当はそうして終わりたかったのですが、まあちょっと今日は北斗君には届かなかったです。でもまだまだですね、やはり年間通して考えればやはりこういったベテランがまだ若手には負けないぞというところ、素晴らしい強さを今年1年見せてくれたんじゃないかと思いますが、1年振り返っていかがでしょうか。そうですね、やっぱり東洋タイヤさんはじめいろいろなスポンサー様、やっぱ何より1年間車のメンテだったりとか、まあ、仲間が支えてくれてたおかげで、まあ、乗り切ることができたので感謝したいです。はい、ありがとうございました。はいというところで、おそらくまた来年もですねこのベテラン本当にディフェンディングチャンピオンとして頑張っていくんだとは思いますが、この先本当にどんどん勢いのある若手が出てきますからね、こういったところを相手に本当にまた来年も素晴らしい走り期待しておりますし、今年1年間本当にすごい走りすごい戦い見せてくれましてありがとうございました。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。見事にチャンピオンに輝きました藤野秀幸選手でした。ありがとうございました。さあそれではスパークリングセレモニーに行きたいと思います。奥の松酒造株式会社第一営業部高橋剛様より純米大吟醸プレミアムスパークリングが贈られます。さて、今純米大吟醸、はい、今手渡せますね。さあ見事優勝シリーズの、はい、まずは松山北斗選手、そして藤野選手ですね。はい、藤野秀幸選手、先にランキング2位の松山選手それはもう本当にノアちゃん好みで渡したんじゃないだろうな、もう。さあそして高橋様より、今松山北斗選手、はい、そして第3位の一番持たしたくない人に、今日は誰にかけるんでしょうかね、はい、本当にね。さあそれでは、はい、見事3名の皆様、まずはこの後シャンパンファイトに向けて準備していただきたいと思います、はい、さあ振って準備よろしいでしょうか。やばいぞ、いきますよ。いいですか、はい、準備よろしいですか。まずはフォトセッションですね、はい、そうですね。はい、さあまずはシリーズ3名の方にですね、奥の松酒造株式会社様より純米大吟醸プレミアムスパークリングが授与されました、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。振って今日はいいですよ。もう振っていきますよ、はい、皆さん思いっきりお願いいたします。それではシャンパンファイトどうぞ。いったー、藤野にいった中村直樹、もう本当に、はい、ほぼ子供みたい。ああ、いった、やっぱり横井選手にいったなんでだ、なんでそこ行くんだか、やめろよと、もう勘弁してくれと。いやー、なぜか中村選手はそうですね、シャンパンファイトはもう横井選手にかけると、はい、ああいいですね。なんか
飲んでます。マナブさん、2023年素晴らしいこのシリーズの戦いが行われたんですが、この場を借りてですね、2024年、この辺りの少しお話できるところがあればと思うんですが、まずは来年のすぐ1月東京オートサロンがありますね。この東京オートサロンの中でもやはりキックオフデモなんという形でまた、会場でのドリフト、していこうというところでありますんで、まずここから始まってまいりますから、こちらの方を見に来ていただきたいなというところではあります。それから例年とは違いまして、もう早くもですね、すべてスケジュール、来年のスケジュールがもう出ております。ですからもうどこか今日見に来た方はね、またお台場来年一応予定入ってないんですけども、これ最後は一応お台場の予定かなということだけは言っておきますけれども、もうとにかく来年のスケジュールを見ていただいて、どこかまた来ていただければ本当に思いますんで、こういった特設コース、それ以外の高速サーキットコース、いろいろございますので、その中から一つ、またどこか見ていただけると嬉しいなというところでございます。2023年のこの走りの中から2024年新たなヒーローが生まれそうな、そんな感じがありましたね。もう若手、それから中堅、ベテラン、結局はこのベテランがチャンピオンを持っていきましたけれども、若手の勢いはもう多分止められない、そんな感じに多分来年になってくるんではないかなというところで、新しいなんか D1 がちょっとですね、この2023年見えてきたな、そんな感じがいたしますんで、もう2024年度24年目の D1 グランプリシリーズが非常に楽しみになってまいりました。さあというわけで、今日もですね一日素晴らしい実況をしていただきました、鈴木学としてですね、皆様に最後一言頂戴したいと思います。さあというところで2023年23年目の戦いが全て終了ということになりました。本当にですね、ベテランも中堅もね、そして若手が出てくるもいろいろな形で変わってきたこの D1 グランプリシリーズなんですけれども、来年がまた一体本当にどういうことになるのかはもう全く予想もつかないんですけれども、とにかくですね、いつも今日ライブ配信で見てる方もいっぱいいらっしゃると思いますが、生でやはり見に来ていただきたい。ぜひですね、サーキットで、そしてこういった特設コースで生で見に来ていただきたいというところをお願いしたいと思います。ですから今日昨日本当に寒い中、大変な中ね、見に来ていただいた今日この会場にいらっしゃる皆さんには本当に感謝いたします。本当にありがとうございました。そしてまたぜひ来年も見に来ていただきたいと思います。皆さんのお越しをお待ちしておりますので、どうか来年の2024年 D1 グランプリシリーズよろしくお願いいたします。1年どうもありがとうございました。さあ学さんありがとうございました。コース上はですね引き続きコースウォークを行っております。場内のお客様は引き続きどうぞお楽しみください。ライブ配信を見ていただいた皆様本当に最後までありがとうございました。また来シーズンもぜひよろしくお願いいたします。この後はプレミアムインタビューです。さあそしてコースウォークお楽しみの皆さん、これからですね皆さんと一緒に奥の松酒造プレゼンツみんなで甘酒乾杯を行います。ぜひこちら皆さんと一緒に甘酒で乾杯したいと思いますので、審査員席前にお集まりいただきたいと思います。繰り返しお知らせをいたします。この後甘酒で乾杯を行いたいと思います。これ選手の皆さんから考えたアイデアで実現しておりますので、ぜひこの会場にいる皆さんご参加いただきたいです。審査員席前で、行いますので、ぜひ皆さんお集まりいただきたいと思います。さあそれでは2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド10お台場、以上でこちらの放送席からのコメント終了させていただきます。本日は本当に寒い中最後までありがとうございました。It's a contest that offers the best Gran Turismo players in the world a chance to compete in professional racing. ゲームの勝者が本物のレーサーを目指す前代未聞のプロジェクト。Your kids are scrawny little gamer kids. It's not gonna work. Well, that's where you come in. This is where you end up when you don't have a plan. I'm doing it. This is not a game. You miss the line on the track and you could die. I'm not sure if I can do this. You've got to prove to everyone that you belong. 世界一過酷な
夢への挑戦。 I know you're scared. You are in this race. I've raced it 1,000 times. I know this track. Come on, get in the fight. Yes, sir. グランツーリスモ。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青をトヨタイズ。さあスタートしました。もしかしたら100点狙い。うわー来た来た、すごい振りすごい振り、返していく返していく、いった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 中村直樹先頭、後追い秋葉流星、それでもいったそれでもいったそれでもいった、近いところ優勝中村直樹。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。85周年おめでとうございます。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they're refined. The real deal.
Cusco.